りましたので、全員コーチが揃いましたので、始めたいと思います。まず文書に関する確認をですね、行いたいんですけれども、まず山本さんの文書、1980年代の吉本市長における改憲都連会、それと私の参考資料、広報ノート1、それと、いいですか、そして三上さんのが14から16ページ、高橋さんのは今日は別にありません。それとあと全体のですね、この今回の式次第。これはちょっと一ついいかな、提案。はい。できるだけね、原則とか協情的な枠とか作らずに、もうその都度臨機応変に柔軟に議論をさせてね、これだけぜひお願いするよ、あなたにね。そうは了解です。少しでも変なね、介入の仕方をしたらもうやめるからね、本当にね。いい？とにかく原則なんかなしで、融通無限に自由自在に、もう勝手な議論をするっていうことをぜひ保証して。わかりました。いいかい、それ絶対保証してくれなければこの後の議論しないぞ。はい。いいかい、木形君にはそれだけ絶対お願いするからね。絶対原則を前に立てない。枠を立てない。はい。自由自在にその都度臨機応変に、もう偶然性に委ねながら、四方八方、あっちへ脱線し、こっちへ脱線しっていう形での議論をね、やらせてくれることを絶対に保証して、はい、いいかい？はい、わかりました。では一応それを君に言っとかないとね、はい、もうすぐ君が議論を潰すからね。では時間にして今高橋准司講師の方からそういう提案がありましたので、提案に従って行いたいと思います。よろしくお願いします。もちろんこの基本的な枠組みはこれでいいけどさ、はい、だから議論の流れに関して変な介入は絶対しないで、概念という言葉を使わないでね、いいかい？いや、それはできない。概念整理っていうふうな言い方は絶対しないで。もちろんそれはできない。いいですか？それはできません。概念整理は使います。いや、そうじゃなくて概念って意味合いを固定するなっつってね。そういうこと。それはいいです。概念ってのはやっぱり開かなければ。開かなければね、そうだよ。はい、そうです。君の勝手にかけた枠組みの中での概念整理はするなってこと。いいかい？我々の議論にそれを当てはめるなってこと。もちろんそれだけは絶対お願いするよ。一応もう一度整理します。で、そういう提案がありましたので、それに従ってございます。では始めてください。よろしくお願いします。俺からいくか。今回はね、いろいろな問題があったんですけど、僕は2点だけね、共同原則のところを絞って、できたらいろいろ、時間もいろいろありますのでお話ししたいというか、で一つはですね、吉本さんの共同幻想論がですね、幻想という概念とか上部構造の概念とかいろいろ考えて提起してきたことに関してはもう共通のある程度の話になってるっていうんで、もう細かいことは言いません。そこまでの話で、やっぱりそこから一番大きな問題はね、一つはやっぱり共同幻想の領域がマルクスのもちろん初期にあるわけですが、結局株構造とある程度別の世界だっていう、これヘーゲルの国語論のね、批判という経典相互でこの相互の中にある言葉なんですが、要するにある独自的な展開を取るということの問題と逆律ということですね。で、吉本さんの逆律論ももちろんここから来てるわけですが、このことによってですね、理論的実践的にどういうようなこの共同幻想を課題にした国家論の問題としたときにどういう実践的な問題が生じるのかって、理論と実践というわけでもいいんですが、そこのところでですね、僕もぶつかってきた問題って現代でも依然として難問であるような問題についてですね、いくつか議論したい。で、それはですね、どういうことかっていうと、共同幻想論の後ね、一番吉本さんが実践的に展開したのは南東論の世界だったんですが、で南東論の時ね、吉本さんがものすごく長期の射程で国民運動とは関係がないというぐらいの視点でですね、南東論の話を展開している場合と、僕らの沖縄闘争の実践的な展開がどう関係する、当時の全体の運動ですけどね、どういう観点を持てるのかっていうことで、結局
ずいぶん悩んで理論的に決着がつかなかったと。でまあ正直言ってですね、今回の山本さんの国津波論をいろいろ読ませてもらって思ったのはね、吉本さんが南東論を展開した後の挫折を違う形で引き継ごうとしてるんじゃないかというふうに思いでですね、でそれはそれで面白い試みだし、僕もやっぱり南東論以降の展開ということをねずっと考えてきてます。共同幻想論が南東論で発射以降の問題ということで考えてて、でそれにもう一つやっぱりそこから急に麻酔目状に移った時に非常に大きな意味でその世界的な意味で幻想の解体過程というかですね、そういう領域の問題とどう対応したかということこれは絡むんですが、でそこのところで、まあ、吉本さんと自身と結構話をしてもですね、なんで政治運動やらないかというと、要するに具体的なことでいろいろ起こってどういうふうに問題解決がつくのかよくわからんという、まあ、要するに端的に言えばやっぱりその重層的非決定というか、いうようにですね存在しているその政治の中のその、まあ、あえて言えば理論と実践ということでもいいし、あるいは現実的なものと理念的なものでもいいんですが、そういうものがですねまあ、従来で理論と実践の統一とかですね地方合一というようなイメージではやっぱり、ね、違うんだということをね、まあ、提案して、それに対する解決策ビジョンっていうのはどういうふうに方法があるのかっていうのに関しては、まあ、ようわからんというかちょっとわからんから政治運動に加わられるんだっていうような言い方をしてる話もあってね、でそこのところはまあ僕にとって今再び今脱原発運動ってかなり実践的な運動をもう一回やってるということもありまして、でどういうような形でそこのところが絡むんだろうかっていうことで、この共同幻想論の読み方のですねそこの2点ぐらいをちょっとお話をさせていただきたいと。で多分この共同幻想と要するにの中で、まあ、あえて言えば上部構造とね、まあ、下部構造という言い方でもいいでしょうけど、国家領域とその市民主権領域がねまた別の展開をしてしまうということに関してはこれは還元しないという言い方をこれはしてるわけですし、まあ、吉本さんの重層的決定という概念に対して重層的決定という言葉をわざわざアルセリに使ったのもね、そういうそれは別世界の展開をたどるというで広い意味ではその都市的にはその連携するんでしょうけど、広い、まあ、具体的な意味では展開をしてしまうということに関する定義があるわけですね。でこれは別の意味で難しく言う話ではなくて、そこに歴史的な介在過程が入っているからだっていうことで、もちろんこの背景にはホールバッハの相互否定論という哲学に対して阻害論を提起した吉本さんのね以降の問題が入ってて、でこれはなぜそういうことかっていうとマルクスのですね国語論のその後の展開の中では、まあ、これ山本さんも使ってますが述語が主語と転倒してて述語から迫るという言い方をした時にね、やっぱりどっかでまだ国家と社会が連続しているという観念がですねまだ段階ではあってですね、で連続してるからこそ市民社会のさまざまな述語がね主語をそのままで展開できるっていう運動、まあ、現実の運動が絶えず展開してるっていうのはこれ反面正しいわけですし、それ自体は全然間違いじゃないんですけど、一体それだと共同幻想自体の課題を解決できるのかっていうマルクスの理念の体系ヘーゲルの体系をね転換できるのかっていう形になった時に逆行してる問題っていうことがあって、宗教の批判が政治国家の完成までいった以降の転換の問題ということに関してね社会国家論みたいな発想を移行するっていうか、でここへねマルクス主義というのは中身を抜きに今度はそこにプロドク論をボンとくっつけた国家論なんで、ここへくっつけた時に、中身は要するにそのまま決定論ですから、そのまま連結させちゃうというね。でここが
マルシン国家論が幻想論を始末してしまった後の中身がないというか、展開ができないということの非常に大きな問題だけど、非常に大きな影響を与えたっていうのは、初期のマルクスの法哲学関係説まである程度読めばね、連続性の上に問題が考えられているというふうに読めなくもないという、そのまま取ってしまえるというね。でそういうことがマルクシーの中に割と受け入れられてきて、マルクシー国家論がね、それなりに歴史的にルールされた原因でもあるんじゃないかっていうことをもう考えてまして、そうするとこの関係がないということをね、どの脈絡で理解するのかっていうこと、これはまあその後の逆律ということとも関係するんですけど、でこの2つが実はですね、共同幻想論が一番誤解されたところであると同時に、またねマルクスのその初期のその政治論の解釈のどう受け継ぐかってことで一番問題になったところでもあるし、であとある意味では実践的に最も難しい難所で、我々の難所でもあるわけですね。我々は当然普通に連続性のそういう概念としては、原理的なもの、理念的なものっていうのは割とある面では連続性関係できるっていう、そういう考え方が理論と実践もありますし、地方行でもありますから、割と馴染んだ思考というかね、そういうのは当たり前のような感じになってるんですけど、ちょっとそれは違うんだよって言った時に、どういう方法を持ってですね、そこの間を関係づけることができるのかって、その場合何だろうということがありましてね。でそこのところを僕はやっぱり共同幻想論の見方の中で一番難しいんだけど、ここが問題、政治的な問題で一番難しいんだろうなというふうにぐっと言ってるわけですね。でこの問題はね、大体みんなですね、政治学のやってる連中はここのところをあんまり、大体ここのところで逃げちゃうんですよ。あんまりここで追求しないんですね。ですから例えばルソーのそのところでやっても、やっぱり市民社会の意識というやつでいろんな国民の意識がね、国家意識を形成、国家意識のそのことに行くという、まあ言ってみりゃ歴史には国民の意識のその総和というか意識の集合によって共同意識が作られていくというこの考え方っていうのは半分の真理なんですけど、じゃあそこにですね、なぜ一般意識のようなものが介入してしまうのかって、一般意識がなければ不可能なのかという、一般意識という概念はそこのところでどういう形で登場するのか、あるいはどういうふうに関係するのかということに関して、これはみんな大体政治学校をやってる連中はルソーのそこのところで一般意識を割と簡単に引っ張っていくんですけど、その場合にどこのところでそこが関係するのかということに関してね、きちっと論理的にあんまり展開できてないと。でこれは上山俊平さんもしてもそうですし、橋川文蔵もナショナル運動もそうですけど、ナショナル運動って言った時に一般意思の概念っていうのとこの個別意思の総和というところをね、構造のやっぱり難しさというか、そういうことに関してはやっぱり基本的にそこで起こるさまざまな問題っていうところに関して回避してるっていうかね、そこは言及できてないということがものすごく大きな問題なんではないかっていうように僕には思ってて、こういうことをちょっと考えてるわけです。で僕はですね、今日はその点で山本さんの言ってる国津上がそういう時も一般意思の理論の展開でずっとやっていく場合と個別意思の展開でそれをやっていく時との間で、一般意思論の展開の中でいうとやっぱり現代のそのマスイメージ論以降の意識の解体過程みたいなやつをねどういうように乱闘論的な世界が結びつくのかというような問題が一つあるんですが、もう一つやっぱり現実意識との具体性っていうのはもともと理論と実践っていうのは別個で進んで別個の世界でやってどっかで連携させ一層みたいなところで連携させるしかないのか、あるいはそれは別の形で進むということになって、理念や政治家の行動みたいなのがやれる範囲っていうのはもう違うんだという、むしろそんなことはあまり理論のやってる話とはやっぱり自分の中で、自分の自己思想の中でやっぱり連携させる以外に方法がないので直接的には連携はしないというふうに、考えた方がいいというふうに思うのかね、その辺のところが僕は一番考えてきたところなんですね。で僕自身の判断から言えばですね、理論と実践の統一とか中国統一みたいなふうに理論と実践の多様性みたいな考え方がね
やっぱり有物論はそれを強引に実践からの統一というか決定論ですからそこへやりますけど、ここにもし構造的な分離があり得るのならですね、どういうようにこれ対応できるんだっていうことで、僕はこれはある程度その別々にやるしかないんじゃないかな。実践の中でやっぱやれるっていうのはむしろ絶えず現実の運動に対する反応で、だから実践的なものっていうのはその時代の具体的な政治的にここから出ることに対する反対闘争ということでやっぱりいいんで、反対闘争の現実性みたいにしかできないんだ。でそれ以上のことはできないんで、そういう形で政治表現の現実のさまざまな運動を集合させるというあり方のね、実践の政治運動や組織の問題と理念がそこに関与することによってある共同幻想性を超えていける、転換できていけるっていう、そういう方法の問題はね、で理念的に全く違う次元でやってること自体がやっぱり結合するっていうか、現在性として結合するというような形をですね、おのずとそれはむしろ実践的なものの反省意識みたいなところから登場するんじゃないかというふうに僕は思ってるんですが、そういう形でですね、今共同幻想論が問題になっている理論的な課題ということにはそこのところをものすごく考える必要があるんじゃないかと。で実は軍事管理論的な展開っていうのは南東論以降の展開で非常によく了解できるしよく分かる世界なんですが、その時にやっぱり共同幻想の解体というもう一つのですね70年以降のマスイメージ論の世界をね、そのところでどういうふうにそれを射程に入れてですね課題をするか、つまり死後の世界と要するに以前の世界というね、そういう近代と国家の向こうと国家の以前というやつを結合するときに以前の世界というやつが現代的に進行していることにどうなるのかという問題をやっぱり少し考えるたいで、僕はその時にねもう一つやっぱり媒介という現代的なやっぱり共同言語の媒介の問題としてやっぱり現代国家の問題というのがあってですね、でこれは反対性に賛成する人もここを媒介にしていくというような意味での問題というのはやっぱり憲法の問題がやっぱあるんじゃないかということでですね、これをどういう否定的に媒介にしていくかということで日本の憲法の問題ということをいやおなしにやっぱり考えたら得ないというそういう観点で共同幻想論をもう一回発展していく余地があるんじゃないかと。だからあえて言えば山本さんのそのプリツカビ論と的な発想とね、僕はこう新たに考えているのは媒介としては憲法論みたいな言ってみれば公正的権力論みたいなんですけど、こういうものとかですねどこで結びつくかというどういう媒介できるかということをですね考えて、それをもう一つ吉本さんの死後の世界のイメージからの結合とやとねイメージしながらやっぱり共同幻想国家の共同幻想に代わる共同幻想を違う共同幻想を作り出して構成転換させていくということのイメージをそう考えてまして、で実践的に当面やってる運動との関係ではそういうふうに考えていくしかないんじゃないかと。ですから逆に実際の芸と運動の過程の中ではね非常に個別的な意思の集合による運動というところにかなり徹底的に意識的にやってですね、じゃあ全体性の概念みたいな一般史の問題はね全くそれ運動の中ではそういうふうに求めてはいけないという違う方に考えるしかないんじゃないかというふうにで、そしてそれの結合がかなり要求されて今でも依然として実政治運動の中でおける党派の問題と全体概念一般史の領域の問題で出てくる政治問題と具体性の中から出てくる政治問題がねやっぱりぶつかって非常に矛盾して殺到するっていう現代的な運動でもやっぱりあるわけですね。ですから今回の深川の選挙でも結局なんだっていうとやっぱり党派性の問題が一方で背後で出てくる問題で一般史のねこういう問題どういうように解決できるんだろうかっていうことを運動をやりながら必ずそうするとでも党派の問題を無視できないっていうのは一般史の問題をどう考えるかということがそこにあるからなんですよね。それがなければ別に党派なんてねなくてもいいというでそうじゃなくてそういう媒介を我々がどのように媒介を考えられるかっていうだから党派として出てくる神に対してですね共同意思に対してね違う共同意思を対峙するときにどういう方法がその現実的な運動の可能性っていうかそういうことだけで対抗できないっていう側面をどうするかという問題がいつもあって
その辺のことを僕はやっぱり今のことの中で考えているというか、まあそれぐらいのところなんですね。であとは十分議論にしていただきたいというふうに思ってるんですが、あんまり体系的な話というよりもそういう議論の中でいろいろお話をしたい。多分吉本さんのその悲壮とその卑俗というやつがなんで悲壮と卑俗を作ったのかというのもね、多分理論的なこと実践的なものがね、ダイレクトに統一しないということを逆にしたり、あるいはある面では違うものとして存在しているということのですね、構造があるからこそやっぱり吉本さんはまだある面で悲壮ということにね、こだわったわけで、卑俗と悲壮ということを対峙したわけで、あれなんで一つの悲壮なら悲壮の中に一元できなかったのか、あるいは卑俗なら卑俗の中に一元できなかったのかっていう問題はやっぱりそういう最後の親鸞論でも展開していったね時のあり方の問題になるわけですね。ですから感性的基盤が例えばヘーゲルの宗教的なものを超える、その意味ではマルクスの異物論的な考え方に私はずっと立ってるんですというふうにしながらですね、一方でやっぱり感性的人間、現と具体的な人間が何々として現れるという時の制約ということに関してね、幻想でしか超えられない、反省でしか超えられないという問題はですね、やっぱりそこで幻想の存在ということを非常に信じているというか、あるいは大事にしているという吉本さんの考えがね、こういうことをじゃあそれ一体どういうように我々は個人の中で連携していったらいいのか、あるいは社会運動全体の中でそういうものはねどういうふうに相関係性を持てるのかというところであって、多分マルクスが経典草稿の前に書いてるわけですね、ヘーゲル国王論の批判40あれが2年ぐらいですかって経典草稿は44年ぐらいですね、ちょっと後のですから、ある面でヘーゲル国王論批判哲学批判から初期のユダヤ人問題までの展開は極端に言うとここからにおけるフォイル派的段階と言ってもいいんですね。まだ有物論的な世界に対峙するとそこから突き出てもう一つあるいは別個の問題だっていろんな問題提起をしてるわけですけど、そしたら彼がその関連論の世界の中でそういう関連的な世界が展開されてきたというか、実質的なそういう幻想の世界が展開されてきたというふうに言った経典草稿以降の問題がね、初期のマルクスの国家論の中であんまり生かすところでマルクスは終わっちゃってるという、ヘーゲル除雪で終わっちゃってるみたいな感じがありましてね、その辺をやっぱり意識して僕らが共同幻想論も吉本さんは書いたんだろうなというふうに。でなんでやっぱりそのヘーゲル国王論批判の続きみたいな形で吉本さん国家論を展開しないでこういうね共同幻想の構成を取ったのかっていうこともきっとそこに関係してるんだろうなということで、そういう呼び方をしてますというところでいろんな課題があるんじゃないかということで、僕の意見これぐらいのところでちょっとあとは議論まず1番目のですね、その理論と実践のところなんですけども、マルクス主義がもう根本からマルクス研究者も含めてね完全に誤ってるのはホイルバッハテーゼの誤訳なんですよ、だから理論と実践の一致なんていうのはホイルバッハテーゼに書いてない、つまり理論と実践は一致しないって書いてある、一致しないからそこのところをちゃんと考えなければいけないんだっていうのがホイルバッハテーゼなのに、ここをですね誤訳のままやりきってる、あるいは誤訳のマルクス主義の認識に基づいて、実践主義的に問題を設定しちゃってるっていうことが一つなんですね。でこの問題は実はどこの問題に引っかかってくるかというと、構造主義が登場してくる非常に基本的なところの問題点としてありまして、それでレヴィストロースがですねサルトルの弁証法的理性批判をするときに立脚した立場が理論と実践の一致なんていうユートピアは存在しないんだと、それでそこを要するに自分は野生の思考という形で切り開いて考えていく、その時の概念としてその関係プラチックっていうんです。これフランス語ではプラチックっていうことなんですけども、その関係プラチックの世界を構造的に解明するんだっていうふうに言うんですね。で今度逆に弁証法的理性批判でサルトルは一体何をやろうとしたのかっていうと、プラチックなどという寝ぼけたことの日常性に言っちゃダメだと。
目的意識的にプラクシスの世界で自分たちは行動しなければいけないんだっていうのがサルトルの弁証法的理性批判の趣旨なんです。ほんでこの弁証法的理性批判のこの翻訳がプラクシスとプラチックが全部混同されてそのまま翻訳されている。それから野生の思考はちゃんと仕分けできています。これでアルツセールの理論、それからフーコーも理論、それからブルデューもそうなんですけども、これプラクシス、実践とプラチック、慣習的な行為あるいは実際的な行為は全部仕分けしてあるんですよ。でこの議論をですね、僕がいくら言っても相変わらずアルツセールの翻訳の中で山本はそういうことを言ってるけれども、俺たちはまた実践という概念で訳すというふうに固執している、あるいは妄想に取りつかれているマルクス主義的思考の実践主義で、そこの背景にあるのは幻想的に何かっていうと、要するに世界を変革するんだという妄想にとらわれたその正当性から自分の呪縛を解放できないっていうですね、そういう問題が全部くるまって、僕からすると非常に初歩的な翻訳の事件から翻訳の世界、それからマルクス的な思考に基づいた実践の世界を含めてね、非常に何て言うんですか、転倒が一般化しているということですね。でこれ僕どこで気づいたのかというと、ブリリューがホエルバハテーゼの翻訳をした時に僕誤訳したというふうに思ってですね、それで原点をドイツ語僕はそんなにできないんですけども、必死になってやりながらやったらドイツ語ではプラクティークという概念でやってます。これでプラクシスではないです。でここはカントの実践理性批判、ここから語訳が始まってるんですけども、カントの実践理性批判もあれもプラクティーク批判、つまり日常的な慣習的な行為への批判なんです。でここのところをちゃんとつかまなきゃいけないっていうポイントがあるということと、でそうすると先ほど言ったように目的意識的な形である実践行動と、それから日常的な形でなされている実際行為の変革変容と、この問題は次元が全然違う。でここはさらに人類学的にはですね、マーシャル・サーリンズがその概念をきちんと仕分けして、そして概念コードからプラクシスとプラチックが規制されるということをやって、でこれは毛沢東的な実践をして認識して再認識して再実践するという、そういうロジックの単線的なことではないんだということで提示されたのが、概念空間概念コードの転換が実践の在り方やプラチックの実際行為を変更するというか、あるいは変容するということに関わってくると、こういう議論になってくるんですね。そしてその実際行為のところに関わっているのが、実は僕の言い方ですと共同幻想プラチック、共同幻想に基づいて実際行為を行うということと、もう一つフーコーの権力関係におけるいわゆるパワー関係の実際世界がそこのプラチックの世界に関わってきている。ですから要するにプラチックを変えていくという日々の行為なり、あるいはその運動なりが戦略的戦術的に設定された目的意識的なものとぶつかったり共感したり無視したり対立したりとかって、そういう諸関係を経ながらそこにいわゆる変革なり変容の実際性を作り上げていかなければいけないっていう、基本的にちょっとそこら辺がベーシックなんです。今三上さんの話聞きながらちょっと思い出したのは1970年前後69年の佐藤砲兵組織決戦の総括の中から、半旗なんかもそうだったわけだけれども、いわゆるソビエト論が出てくる、ソビエト運動論みたいなのが。で意味が何だったのかなっていうのを今三上さんの話聞きながらね思って、あれをその個別実践の総和みたいなもので全体をね変えていくっていう、いわゆる根拠地論風な解釈で捉えたとすると多分間違いだろうと。
で今の山本さんの受けて言うとね、ソビエト論こそがむしろ、そのプラクシス論じゃなくてプラティック論のね、むしろ先駆みたいな形で読めるんじゃないかなっていうふうに、むしろね、そこのところに意味があったんじゃないかと。つまりさっきのね、三上さんの言い方で言えば、個別意思の総和としての一般意思っていう形ではなくて、その一般意思そのものがいわばその個別的なものの、つまり今の山本さんのあれで言えば一般意思が、いわばプラクシスになるんだとすれば、その個別的なものがプラティックになるわけでしょ。でそのプラティックとプラクシスがいわばこう逆転する、まさに逆立するんだね、さっきの三上さんの言い方で。その逆立っていうものをなんていうかな、正すというか、その逆立を見抜くということの意味として、むしろあそこでの運動の意味みたいなのを考えるべきであった。ところが残念ながらそういうふうにはみんな考えなかったね。結局やっぱり一般意思のレベルにおけるプラクシス論やね、全部政治的プラクシス論や回収してやっていうふうになっていたんだけど、そうではないだろうと。でね、じゃあちょっともう一言だけ。でこの問題が僕はもう一つ今の三上さんの話聞きながら思ったのは、これは後で僕の時にまとめて話してもいいんだけれども、やっぱり吉本さんのね、特に疎外論という形で言われてきた例えばマルクスの読み方であるとか、あるいは共同幻想の方法的基礎にあるものでもあるわけだと。もう疎外論の読み方の問題につながるだろうと。で非常に率直に言うと、吉本さん自身疎外って言葉を使ってるから、ある意味ではやむを得ない部分があるんだけど、吉本さんが疎外論なんだと言った瞬間にね、吉本さんの議論というのが誤解されてしまったんじゃないのかなっていうふうに僕は感じるわけです。僕はあえて言うと、これ後でちょっとまたお話ししますけれども、疎外論っていう代わりにね、和論って言ったらどうだろうっていうふうにで、そういうふうに思うようになったのは、実は最後の診断の、特に教理上の診断という最後の論、造語版で最後に付け加えられた教理上の診断を読んでいる時に感じた問題として、どうも吉本さんのああいう議論というのを疎外論という形で読むのはちょっとずれちゃうんじゃないかと。むしろ例えば岩論であるとか、なんだろう、逸脱論とか、なんかそういうふうな言い方でむしろ表した方が本当はいいんではない。ただそこのところにおそらく今日の主題にもなると思うんですけど、70年代から80年代に生じた吉本さん自身の一つの理論的な展開の問題もあって、でそれは僕の言い方で言うと、これ共同幻想論以降の吉本流明の思想的課題とは何かっていう問題につながるんだと思います。でそれはちょっとまた後で少しやりたいと思います。岩本さん。というのはね、いわゆる僕は要するに無党派的な形での学生運動を展開していきながら、まず最初に違和感を持ったのが大学解体、そんなことは絶対にありえない。でこれは吉本さんが言ってるように、世界が破滅するっていう形でその文学者がですね、妄想にとらわれて、要するに文学の反革運動をやる、そこへの吉本さんの批判があるわけですけども、要するに大学解体は絶対にありえない。でそれはなぜかというと、試験の粉砕は可能だけども単位制度の解体ができなかったんですよ、どんなにも。だから試験粉砕をやって、その試験粉砕も最終的に試験を要するにボイコットしてノーとしてじゃなくて、全く逆で全員をとにかく有にして全員を通しまいる、そういうやり方で僕はその試験の粉砕闘争ってやったんですけども、その果てに単位が解体できない。それから一緒にやってたその先輩から全部含めて、卒業という時点になった瞬間にダーッとそんなだれ的に、要するにその大学闘争の収集過程に入っちゃう、ね、それでもう一方で三律化闘争があって、それから同時に中核の街頭路線主義があって、それで帝国主義反対、あるいは帝国主義解体、こんなことできるわけねえだろうっていうですね、
そこの無党派としての実感的なものなんですよ。そして僕が設定したのは教育家庭闘争、つまり日常的に自分たちがやっている講義それ自体を変えちゃうという形で、今まで大学教師たちが要するに認定してた大学教官を非常勤を我々学生がセレクトして大学側に認定させる。でしかしその単位認定は要するに日比谷の要するにそのデモ講師に来た人間に単位を通す。で講師にもらったら単位を落とすというですね、そういう反転した暴力的装置関係をやるわけです。そうするとそれは全然闘争にはなるけどね、実践的な闘争系ではないけど何の解決にならない。それの要するに壁にぶつかったっていうところから僕は要するにマルクス主義であるとか政治的実践行動をこの党派を信用しちゃダメだ、それから共産党は信用してないからもう採決とか信用してませんけども、新左翼党派も信用できない、そうすると本当の革命行動革命的実践というのは一体何なのかっていうんでメキシコ訓練まで流れていくっていうこういう状況になっていくわけ、ね、でその時に唯一頼りになったのが反旗派が吉本さんと接点しながら革命それ自体を考え直す、あるいは今三上さんが言ったように感性的な領域を考えるとか死の問題だとかその小橋移動がどうしたとか中地がどうしたとかですね、こういうことが大事なんだよということはただ唯一反旗派が我々無党派に問題を提示してくれた。でそこの延長上から今僕いつも言ったその目的意識的戦略的なその逆に言うと位置づけですよね。位置づけが逆に非常にはっきりしてきたということになります。でそうすると例えば大学教師になって大学で何か動かそうとするときにおかげさまで大学教師の諸関係を動かすのいともたやすくですねできるということは手にすることはできた。でもそれは羅漢的に言うと主人のディスクールっていうですね、その相手を隷従させていくディスクールでしかないんですよ。だからあるところの操作は可能であるけれども、操作によってある決定事項を右から左に動かすということは可能であるけれども、その構造全体が抱えている問題なりの解決には全く結びつかない。でその契機は作れる。でそれが多分僕は政治革命の後の社会革命って言い方にマルクス主義的レーニン主義的にはなったんだと思うんです。だけど大事なことはちゃんと社会革命という現実的生活を変革するんだというところの射程に置いた上で戦略的過渡的に設定された政治革命で、それが大統独裁になるのか国家権力奪取になるのかあるいは選挙で勝つのかってそれ多様な形になると思うんですけども、そういうことをあるその基準から考えなきゃいけない。その基準から考えるその基準の本質的なところをマルクス的なドグマに基づいたんじゃダメで、吉本さんの言ってることをそれからマルクスの本質的なところの理解との接点からつかみ直さないとこれそこは正確につかめないぞっていうのが問題の意識の設定で、逆な言い方すると左翼が吉本さんを無視しつけるのはやっぱり根拠あるんです。で唯一反旗派だけが党派から見ればブレてた。でも我々から見れば非常にあと一つの可能性の地平を提示してくれた、こういうことなんです。これねもう一つあれですね、モンさんね、権力論のところで日本このずっと君主改名起源論へこう行きますね、吉本さんの。で当然それは一般維新のその構造自身を歴史的に問題にするということにある程度なるわけですから、それは当然天皇制以降の問題、日本の中で確立されたね国家を要するに、その経済社会構成の説明でもって現実意識から反対するという一つの
三人定例的なね、予物論的なやり方じゃないね、これじゃもうぶつかったということで、幻想の歴史性として、ある意味で天皇という神の確立された神以降の展開をね、もっと以前から突き崩していくというような形で、むしろその展開しますよね、ずっと。で、逆に言ったら、律令国家制にしても近代の立憲制にしてもね、それ自身はそのヨーロッパから輸入した部分とか中国から輸入した部分がね、それほど難しくないというふうに見てますよね。でそこに背後にあるその共同幻想性の行動が見えなくて難しいね。でこれをだから先まで行ってその解明しようというのが吉本のここで、これよくわかるんですが、その時にね、その最後のところに行った時に結局その資源のところに行くと吉本さんがその自然から自己を阻害したものに対する恐怖があって、それを縛ろうとするのが日本の方だという言い方をしてるところありますよね。方の資源だという。でそれはね、その結局意志という概念で言えばね、この自己意志をその固有の力として、社会革命で吉本さんマルクスの初期のところでは結局類として個別のこの固有の意志の力が個別のままでありながら類にあって承認されるとかいろいろやってますよね、その社会革命の概念で、ね、これはイコールでいいんですが、これがその意志の世界の中でというか幻想の世界の中でね、あるいはとしたら意志を自分の意志として取り出すというか、あるいは自立する、最終的に自己の意思確認していくという権力との概念ですけど、権威としてね、つまり固有の力として自分の意思という意思の自由ということでもいいんですが、それ自体がその取り出せていくときに、でも人間はでも意思を自分の意思を取り出したとかに何か媒介してるわけですから、神の意思になって天皇の意思になって現れてくると、これは人間は出てくるから得ないと。でその時にね、その資源の形態が日本の場合にはやっぱりその自分の外にその自分の意思の権威を委ねてしまうというね、その宗教のからくりみたいなものの一番の資源として日本的自然思想というところでは自然からの離脱に対する恐怖としてそれを縛ろうとするという日本的自然思想みたいなところを言いますよね。でこれに対抗できるとしたら、その意思の自由っていう概念を自分でもう一回取り出せるというようなこういう権威という概念をやっぱり、だからその天皇みたいなことで預けない日本的自然思想をこの粉砕できるかっていうか、ここを変えられるかっていうこの問題がね、僕はやっぱり遺伝としてあって、で吉本さんは自立っていうふうに提案している時の問題はね、これは要するに社会的な意味で固有の力を出すというだけじゃなくて、幻想の領域で意思論としてそういうものを意思の自由っていうとそういう形で展開するんだっていうことの問題があって、僕はこれはね実はここに根本的に我々がヨーロッパの近代でいいんですけど、その思想をどういうふうに受け入れるのか受け入れなかったのを含めて、このところの問題をね、僕は今は憲法論のところでここのところの根本概念がはっきりしないと、結局近代の天皇制もね、権威の権力を分けてこの連続性の中にあって生態論で考えられる発想の一番根本的なものを欠落してるっていうのは、そういう精神の自由っていうか精神の自立性というかね、この問題をやっぱりあって、この国つかみっていう概念をずっといくときにはね、こういうものを究極のところでイメージしてるのかどうかっていうことをちょっと言いたかったんです。今のね三上さんの話よくわかるんだけれども、あえてね言うと、実はそこでもう一つね、もう一つあるんじゃないかと思うんですよ。それは何かっていうと、そもそも意志という概念そのものをね廃絶しちゃうっていうかね、むしろ意志という概念を始末しちゃうと、意志という概念も消滅させてしまう、なくしてしまうという発想もあり得るんである、つまりその個別意志対一般意志という形で意志論の枠の中で議論をするような、その枠組みそのものを消滅させてしまうっていう問題が実はもう一つあるんじゃないかと思うんですよね。で実はこれが僕は1980年代の吉本さんのね思想的な革新の問題、意志論の始末
っていう問題が僕は吉本さんにとっての80年代の一番革新的な課題だったっていうか突きつけられた。だからそれはもちろん誤解がないようにあれですけれども、吉本さん自身は医師論を始末するっていうふうに単純に考えてるわけではない。ただ医師論っていう枠組みそのものを、つまりそれまでの吉本さんの、例えばさっきの疎外論っていう言葉を使わないようにっていうふうに言ったことも実はそこと関係するわけだけれども、やっぱり吉本さん自分で言ってるように、その疎外論も含めてずっと60年代にカール・マルクスを書いて以来の流れの中では、やっぱりヘーゲルから始まってマルクスへ受け継がれたその意思論、あるいは共同意思論みたいな、この枠組みっていうのは確固としてあったと思うんですよ。ところがね、80年代に70年代から80年代からかけて吉本さんにさっき展開が生じたと言ったけど、この展開の大きな理由っていうのは、医師論なんか始末しちゃえっていうね、猛烈な思想的圧力がね吉本さんに押し寄せてきたっていうことだと思うんですよ。医師論なんかいらないよと。僕はそうじゃなくてね、つまり医師論を立てなくてもいい可能性がそう言ってもいい、あるんじゃないかということを一生懸命探した。でね、それを吉本さんにまず突きつけたのはやっぱりフーコーの問題だったと、僕はやっぱりフーコーは吉本さんはそれまでやってきたようなヘーゲル・マルクス流の医師論の枠組みじゃない形でね、問題を立てることができるし議論することもできるんだよっていう可能性を非常に強い形で吉本さんに突きつけたんじゃないかと思う。それからそのこととね、ちょっと突拍子もない結びつけ方に感じられるかもしれないけど、もう一人実は吉本さんに医師論なんか始末しちゃえっていう猛烈な圧力をかけた思想家がいたと思う。それは親鸞だったと思う。つまりフーコーと親鸞というこの2人の思想家との対決の中で、今まで吉本さんがやってきたような医師論の枠組みとは違うねやり方で、医師論の枠いらない、もしかするといらないのかもしれないというふうな圧力っていうのが、でこのことにどう答えるかっていうことは僕は80年の吉本さんのね、一番革新的な課題だったんじゃないか。です。一つ医師論の始末の仕方としてね、アルツセールの理想批判があるんですよ。でそれは要するにその一般医師、その個別医師医師のね主観系が結局経済的な交換論に乗っかってるだけの理想的、もっとはっきり言えばもうインチキ理論だってことを論証した論文なのよ。でこれは僕非常に大事だと思ってて、つまり論理構造として医師という実体性なり守護的なものがあるんじゃなくて、関係性の中でしかなされていない理想の理論だっていうね、そういう視点でアルツセールがある意味で構造関係的にそのルソーを批判した。それからもう一点すごくこれ僕はジュネーブに行って実感したんだけども、ルソーってやっぱり浮いた社会主義者なんですよ。ね、で要するにやっぱりね、本当に孤独だったんだろうって分かるんだけど、とんでもない社会主義者がジュネーブっていう場所にねぴょこっと飛び出てきた。これでそれはどうしてかっていうと、これは僕の勝手な解釈ですよ。資本の強烈な動きに対して彼は対応できなかった。ルソーは。なるほどね。でその資本がダイナミックに動き始めていくときにもうそれに己のそのなんていうのかな、繊細さとなんていうの過剰さみたいなのが対応できなかったっていうようなね、そういう僕ルソーの姿が一つあったんだと思うんです。でそれがねどうなっちゃったかっていうと、ジャン・ジャックとそれからルソーを区別しちゃったっていうフーコーのルソーがね、だから自分が分裂していくわけです。でそういう中で社会主義的なユートピアの理想を立てないと、ルソーはとりあえず持たなかったみたいな、ちょっとそういう問題が一点、その西洋っていうふうに一般化できない、僕の言い方ですとジュネーブというパブリックな権益がパリやそれからロンドンが構成していくソーシャルな動きに対して、要するにルソーを阻害したという、これちょっと
生活して体験的に実感してることなんですよ。ね、でもう一つ大事なことはその意志ですから僕は意志の始末をどうするかというと主語的主観的人間的な意志ではなくて述語的な形での意志としてその救出するということが要するに共同幻想論を国家の意志から切り離す非常に重要なポイントだというふうに僕は見てるわけね。でその時に場所の述語的な意志の世界をつかみたい。でそれが国つかみ論場所論になるんですよ。でそしてそれはどういうことどこが一番あれなのかというと僕おそらく日本と吉本共同幻想論を読んでた限りではやっぱりそこ分かんなかった。でその時先ほど僕はその市民社会的あるいは一般史的なものはジュネーブというパブリックな世界を見て分かったのともう一つはこの場所に関してはやっぱりメキシコの要するにアステカにおける古代的統一世界とアステカの古代統一世界以前のね前古代的な領域を僕の友人のアルフレッド・ロペス・アウスティンが実証的かつ文献解釈的に神話解釈としても明らかにしたんですよ。ね、でそれはどういうことかというとアステカ王国が成立するそのアステカのケツァコアットルのその冠のところに象徴的に全部共同体が設定されている。つまりこの共同体を潰さなかった。で潰さないでこれを統合させてアステカ古代国家を確立した。でそれが要するに近代のインディオ出身のベネト・フアレスの近代国家の憲法制定から社会主義のそのカルデのそのなんていうんですかメキシコなりの社会主義的な編成の国家の中に統合されていくわけ。そこに反乱したのがチアパスの武装蜂起でチアパスの武装蜂起は明らかにそのアウスティンが言うところのこの古代アステカ国家の統一性ではなくて前古代のこれカルプリっていうんですけども前古代の個別の共同体が持っている場所の多元性を保障するというそのロジックなんですよ。だから出雲的なもんだね。出雲的な。だから逆に言うとマルコスは国家権力奪取をしないわけです。そうだね。だからチアパスで完全に要するに閉鎖して、戦車隊も警察隊も軍隊も入らないような形での領域を作って、しかもそこの生産構造を換金的交換経済的商品の農作物ではなくて、トウモロコシという生存作物を中心とした状況に切り替える。でさらに面白いのはその支援者をメキシコ国家に募らない、世界の何百万人に携帯電話とコンピューター使ってその支援を取るわけ、それでメキシコと国家政府とそれからそのマルコス・チアパスのこの世界との共存、いわゆる共存っていうのが要するにもう一種の独立ですよね、この体制を作った。でそれを僕はヒントにして古事記を読み解いていったらば、だからそれが山本さんのその天つかみと国つかみの関係古事記の要するに非常に多元的な論理とそれから日本書紀の芦原中国の社会国家的統一的論理との全く違う神の体系とロジックがあったということの発見なんです。そこでね一つちょっと聞きたいっていうかなんだけど、今のルソーの話非常に面白いんで、僕は今の山本さんのルソーのね話を聞きながら思い出したのはドイツにエルソ・カシラっていう哲学者がいたんだけれども、このカシラがジャンジャック・ルソー問題っていう小さな本を書いて、これすごくやっぱ面白い。ルソーっていうのはさっきねルソー分裂してるって言ったけどカシラのルソー論も問題にしてるのはルソーの分裂なんだ。ただしこの分裂で人格的な分裂ではなくて民主主義者というふうに言われるルソーというのが一方にある。これは個別意思から一般意思っていう。ところが社会契約論ルソーの社会契約論を読むと非常に重大なことが書かれてる。何かっていうと個別意思を一般意思へ一旦譲渡すると一般意思から個別意思を返してもらうってことはできないんですね、ルソーの議論で。
つまり一般意思に個別意思が一旦譲渡されてしまうと、個別意思は完全に一般意思に吸収されて消滅をしなければいけない。そうするとこれ一般意思の万能論になるわけですよ。一般意思が全てを支配すると。でその個別意思は完全に一般意思の下でに従属させるどころか、一般意思の中に全部解消されてしまうと。でこの点を進めていくと、ルソーっていうのは最も恐るべきファシスト、全体主義者である。つまりルソーは民主主義者だというふうに一般的に言われてるけど、実は最も恐ろしいファシスト、全体主義者である。その両面性をルソーっていうのは持ってるっていうことを言ってるのがこの頭のジャン・ジャック・ルソー問題ね。そうするとまさに今の問題、山本さんが言ったね問題ってこの問題だろうと思うね。要するに個別意思と一般意思の交換関係っていうのは不可逆的な要するに交換関係になってしまう。でなんでこういうふうになるのかっていうと、今その交換のモデルっていうことで、要するにこの不可逆性ってどっかで似てるような商品と貨幣の関係ですよね。商品と貨幣は、貨幣によって商品なんだ、例のあれですよね、100円でカルビーのポテトチップスは買えますが、カルビーのポテトチップスでは100円は買えません、あしからずというコマーシャルが昔あったけど、多分あのコマーシャル作ったの国本慎一郎なんだよね、おそらくね。なんだけれども、この不可逆性と今言った一般意思と個別意思の不可逆性っていうのはちょうど対応してると思うんですね。だから山本さんの言った実は個別意思論の背景にあるのがある種の交換の論理であるということもこういうふうなところで明らかになるだろうと。でね、そこでもう一つ、実は要するにヨーロッパにおける主体というものの根拠づけの最大の論理っていうか文脈であった社会契約論、契約論的な文脈、契約論的な文脈があることによって個々人が主体という形で根拠づけることも可能になったし、主語的意思ってさっき言ったけどそういうものも可能になる。ところが今言ったように実はそうした主体を根拠づける社会契約論的な文脈っていうのがその背後に全部交換関係っていうものがあるというふうに考えると、その意思論の根拠って崩れちゃうわけですよね。じゃあその崩れた先に何を見るかっていう問題で、僕は今山本さんの話聞いてるとねちょっと思ったのは、例えば交換関係じゃあもう意思論なんていらなくて交換関係だけを表に出していけばいいんだっていう、ちょっと単純な言い方になっちゃうけど、これは僕構造主義なんじゃないのかなっていうふうに、ある種の単純な構造主義的発想と。でもね、そうではなくて、この構造主義的な発想ってのは僕はある種の構造一元論だというふうに考えてもいいんだと思うね。でそれに対してむしろ交換関係っていうものが何ていうのかな、閉じられたリニアな交換関係ではなくて、相互にさまざまに無限に複雑な媒介を遂げつつ開かれているものと考えると、むしろ一元的というよりは多元的なね世界観っていうか多元的な世界認識の可能性を開くという方向にも向かうんじゃないかと。もう山本さんはそっちの方へ、そうするとね、山本さんの考え方と今言った構造一元論的なね考え方との関係っていうのが今一つちょっと見えなかったんだけど、その辺はどうですか。これは実は僕は吉本さんの議論をね考える上でもそこの問題があるような気がしてるんだけれども、交換関係が、等価的交換関係で、価値形態の、一般性普遍性を構成した時に、社会空間が実定化されるんですよね。そうね。そうするとその社会空間が実定化されると交換関係の関係性が優位性に立つから、使用価値であるという個別性が、要するに写生されて捨て去られる。で捨て去られるんだけれども、しかし使用価値なくして
実際的な関係世界って成立しないんですよね。それはそうねね。でそうするとその時に大事なポイントはその個別的な使用価値的なものあるいはもうちょっと言うと有用化価値ってユーティライゼーションバリューって僕なんか言うんですけども、その有用化される価値というものを実際的に作っていくユーティリティのね、そう有用性のその世界は実は場所に基づいた文化の共同幻想の世界のもとにあるんですよ。ね、でこれは神の原理がその社会空間がその受け取る神の原理と原理が違うんです。でアステカで言うとその神の単純な原理は要するに神は全体神という形で想定されるんだけど、全古代の神は半身半蔵で片一方は神様で片一方人間なんだよ。ね、でそういう形で神の共同幻想性が要するに社会空間的なものを作り出していく、あるいは等価交換的なものを作り出していく共同幻想の論理と、それから今言ったユーティリティなり有用性なりその有用化価値をその保障していく形で作られてくる場所の多元的な共同幻想の位置は違うものだってことなんです。そうするとそこに働く意思はね、異なってくる。だから芦原中国のその日本書紀に働く共同意志と、それから古事記のその高間原幻想に働く、あるいはその国津上共同幻想に働く共同意志は原理が全然逆になる。その戦いが古事記の世界では描かれていてね、それで日本書紀ではその戦いは全て芦原中国が統一していくことの矛盾なり反乱という形でしか現れてこない、記述されない。でさらにですね、そこで決定的な転換が起きてくるのは例の神武天皇の后である、つまり追元宗のスメラミコト天皇制的共同幻想の追元宗であるその后の父親、これが大物主の古事記から事代主の日本書紀に切り替わる、つまり物からことに切り替わる。そこから今度ちょっと話が飛んじゃうんですけど、広松渡のことを見直していくと全く広松渡はひっくり返った。全然マルクスも分かってなければ僕から言わせると物色論も分かってない、っていう話になってくるわけで、つまりそれはどういうことかというと、関係性の設定のロジックの中で最初からマルクス主義者はその設定がひっくり返ってるんですよ、僕から言わせると。ね、でそれはどういうことかというと、社会という現実が構成された構造も見てなければその生成も見ていない。でさらに起源という問題に入ったらば全然射程に入ってない。そこを吉本思想っていうのはその位置をね、非常にその本質論からクリアにマルクスとその保護が起きないように、僕それ相当意識的になったと思うんですけどね、マルクスとちゃんと並走するようにして思考を切り開いたというふうになるわけ。だからちょっとまた乱暴な言い方になりますけど、吉本とマルクスを同時に踏まえてないものはもう一切信用できないっていうのはもうそれはそうだと思う。これもう世界基準としてそうなんです。だからもうジジェクだとかネグリだとかもう話になるのは吉本呼んでねえじゃねえかっていうね逆に言えばそういう言い方なんです。さっきの議論で言うとね、吉本さん最後の、親鸞で、の一番最後にだと、自念の思想というところまでいくじゃないですか。で結局自立の思想というか、自力ということじゃないけど自立意志論というか、世界とのその関係をね、あそこで最終的にその処理したのかどうかってことに関して僕はちょっと疑問があってね、やっぱり吉本さんは自立論というか共同幻想論の中でもう一つにやっぱりあった背後にやっぱり自立論
っていうのは非常に重要な60年代のね思想の骨格にあって、これはやっぱり吉本さんの自由っていう概念をなぜ使わなかったかっていうこともあったんだけども、そういう形で考えててね。で俺はむしろ権力との関係の下で吉本さんがやっぱり自立っていう概念を立てた背後には日本的な自然思想とのからの自由っていうか、それとの対立っていう概念がずっとあって、でどうしてもやっぱり他力の思想っていうこととある種の親鸞の逆の言ったら天皇制との絡みであったのかもしれないけれども、そういう日本的思想とのね絡みみたいなものをずっと意識してて、そこのところに関しては僕はちょっと吉本さんが最終の段階でその自立論をね、だからそこでしょうね。ここは僕はしっくりしたとは思えないんですけどね、そこはどうですかね。だからこれ最後の親鸞の読み方になるんだと思うんだけれども、あえて言えば僕はね、やっぱり60年代の自立論の文脈というのは最後の親鸞に至ってね、僕は大きくやっぱり展開したというふうに考えざるを得ないんじゃないか。自立論を捨てたっていうふうに言ってしまうとねちょっと問題なんだけれども、さっきの言えば意志論を始末するという言い方とも関わってくるんだけれども、つまり今日改めてちょっと考えてみたいと思っていたのは、なぜ1970年代の後半から80年代にかけて吉本さんは最後の親鸞という本をね書かなければいけなかったのか、本を書かなければいけなかった吉本さんのモチーフってのは何だったのか、僕も一回、これで書いて自分なりに考えたわけ、これはまさに最後の親鸞は最後の吉本流明でもあるというふうに、この中で書いたわけだけれども、果たして最後であったのかも含めてね、しかしあそこに何かある吉本さんの思想的な経歴の中で言ってもある異様なものがね、覗いているような気がしてならないわけです。でそこで覗いているものと例えば麻酔明治論、あるいは重層的な非決定、それからさらには肺明治論へとつながる80年代の吉本さんの議論というものがどういうふうに関わっていくのか、この最後の親鸞について論じた本の中ではその関係がいまいち僕の中では分かっていなかった、分からなかったっていうことだから最後の親鸞とほぼ同時代になる麻酔明治論なり重層的な非決定なり肺明治論なりというものの間の関係というものを考えていくときに、僕はあえて言えばやっぱり吉本さんの中にある非常に大きな思想的旋回というかね展開があって、でそれはもしかすると吉本さんにとってある一つの危機的な状況であったのかもしれないとさえ思う部分があるわけだけれど、それは今三上さんの言い方で言えばあそこで始末してないっていういうことになるのかもしれないです。感性的な意思という言い方でね、最後は吉本のその感性的基盤に対して、幻想の内部でいろいろ具体の社会の具体性の中で人間がねどう現れるかということに関しての時に、むしろそれはその直接性としての意思論みたいな自立論っていうのはむしろそうではなくて帰ってくる過程の中で成立するという、そういう考え方での意思論の組み替えはねダイレクトな意思論ではない、意思論っていうのは一説帰ってくるという意味での意思論ではあることは確かだけどさ、でもなんかあっこでその吉本さんが最後の親鸞の自然思想というの絡みでね自然の概念まで持った時にね、やっぱり天皇制も含めて日本の自然思想の持ってる自分の意識を自己束縛あるいは意識を委ねてしまうというね、これそこに権威に委ねてしまうというか、そういうことの持ってることに対する吉本さんなりのやっぱりまだそこのところはそういうふうなところで始末してないというふうに俺はずっと、最後7、8年ぐらいの時の、8、9年ぐらいの時の吉本さんのとの親鸞をめぐるね宗教の話のインタビューをした後の僕のこれ印象だったんですけどね。だから一番最後にもう一回出してた糸井なんかが出してた一番最後の親鸞論みたいなのあるじゃないですか。あこでも最後に自然の思想との勝利をどうしたのかっていうのでそこをずっと読んでてもやっぱりそこは
疑念というか吉本さん自身はそこへ委ねてないというふうに思ってはいたんですけどねまあいいですよそれはね。無党派はですね、吉本さんの自立の思想を党派との対決のツールとして読んだんですよ、我々は。だから左翼的な形での運動とその引き回しに対してどうやって自分たちの闘争をなんて言いますか、存続できるかっていうね。でだから実際にここにいればさ、街頭闘争だぞデモだぞってこう動員かけてくるわけですから、そんなことやってたら学内の闘争形態できないよっていうね、その時に自立の思想でもって我々は党派と対峙した。でも自立の思想がじゃあ我々のその活動形態ね、闘争形態に答えを出してくれるかっていうと、そこは今度大衆主義と日和見主義に入るんですよ今度、吉本さんを持ってきて、これ吉本主義者がほとんどそうだ、要するにそんなことしちゃって意味ねえんだみたいな形で俺は意識が目覚めてんだけど、その目の前の闘争なんかそんなことはどうでもいいんだみたいなネグレクトな吉本主義者が入ってくる。でそことも闘争しなきゃいけない。だからそこで何が問題となってきたのかっていうと、現実的にその国家というものとそれから大学のその教育制度というものの現実は我々の中に不可避に存在している。そことの対決を回避することは絶対にできない。そこの要するに切り開きをやる時のその何て言いますか、自分たちの無党派のそれをあえて意思といえば、その意思はかなり持たない行動ができない。でもそれを投棄したらアウト、ね、でそこのところのジレンマの中でなんていうのかな、我々はマルクスを読み広松を読み吉本さんなんかをこう読みながら一生懸命こう模索してたっていうのが実際なんですよ。まあそれは僕自身もそうだったし、まあ僕も党派の側にいたわけだけど、でもやっぱり同じようなもんですけどね。でそうするとね、だから別な言い方すると吉本さんが空港との対談で一論を出してきた時逆に言うとびっくりしたなんでこんなところで改めて一論が出てくるのみたいなね。でそんなの逆に言えば始末したのが共同幻想論だったんじゃないのみたいなのがあったんですよ。だからあれそうすると幻想論って一論なんだっていうね。でその時に僕が掴んだのはそれは死後的意思ではなくて実語意思なんだっていうふうに逆に掴み直した。だから別な言い方すると現代的に幻想技術をきちんと組まないと要するに闘争形態を組めない。これはもうそうすると左翼に限らない、企業活動でも役所の活動でも住民の在り方でも幻想技術という世界をちゃんときちんと踏まえてやっていかないと今の閉塞状況を突破していくことはできない。単純だね。だから今度このちょっと三島由紀夫のね改めて文化防衛論をちょっと読み直してたんですけど、文化前ねなんか最初読んだ時はさなんか読みづらいんだけど、なぜかっていうと文化っていう概念がね我々のマルクス主義的なこうそういうかねある種の思考とね合わないところが概念なの、でもあれね文化って防衛って幻想っていう概念なんだと、で幻想をね否定的に捉えれば宗教になるけどね肯定的に捉えれば文化なんだと、幻想っていう概念をねでもっと包括的に幻想という概念でちゃんと読み直すとスラスラスラと読めるところがあるわけ、非常に読みやすいわけね。だからまあこれ中上の世界のでもそうなんだけど、結局何を彼がやりたかったって、要するに幻想を要するに紡ぎたかったんだってね、要するになんか文学ってものもそうだけどさ、要するに物語っていうのは幻想を紡ぐわけだから、でそれを幻想って概念に対する否定的な意識が要するに強すぎるからというわけで、幻想イコール空想って概念がね強烈だからみんなちょっとねこれをなんていうのかそこで議論の波乱起こるわけで、素直に幻想は幻想として読んで。幻想の中にはいろんなものがあってね、人間の精神のそういう作用としてそういうものの広い意味でね文化とも解釈できるし宗教とも解釈できるし現れね文学で、ね、いろんな出方があるとしても
そこのところは割とスキル読んでマルクシー的なその地平概念がの影響がやっぱりある面でこう落ちればね、もう一回今幻想論っていうのはきちっとした形でごく普通の言葉として流通されていくね。今までだと文化とかいろんな宗教だ文化とかいろんな言葉で翻訳されてなんか非常に読みにくくされた言葉の体系がね、変えるといいと思いますけどね。ドイツのライプツィヒにね、行った時に日本思想シンポジウムやるんで、僕は吉本さんの報告をやることになって、それでドイツ人も分かるようにということで共同幻想論の一部をドイツ語に翻訳をしようとしていろいろ考えた。で最初に旗とぶつかったのは幻想っていう言葉をどうドイツ語に直すかっていうことで、僕は何の気なしに最初イリュージョンっていう、ドイツ語のイリュージョンに当たる言葉を同僚に提案したんだけど、いろいろ議論してるとどうもイリュージョンじゃないよと。吉本さんの幻想はイリュージョン、イリュージョンっていうと錯覚とかね、否定的な意味になるわけじゃない。否定的なんだよね。ところが最終的に議論していく中で吉本さんの幻想っていう言葉は決して錯覚とかね、ネガティブな意味がない、もう含んではいるにしてもそういうイリュージョンというようなネガティブな形で処理してはいけないだろうということで、最終的に結局ね幻想って言葉の訳語としてイマジネーションになったんですよ。それは誤訳。僕はじゃあなぜかというと、幻想概念はイマジネールなものと象徴的なものの両方の差異を超えてる概念。なるほど。シンボリックとイマジネーション。ね、だから別な言い方すると共同幻想なり幻想が分節化されると創造的なもの象徴的なもの、現実的なものという楽観的なそう楽観だね。世界になってる。ここでイマジネーションは必ずしも楽観的な意味で使ったわけではないと思うんだけれどね。楽観的な意味でのイマジネールだったらね、僕もそれははっきり間違えたと思う。というのはね、なぜかというとマスイメージ論、だからハイイメージ論、マスイメージ論はこれはイマジネーション論なんですよ。なるほど。だからね、今一つね、だからそこのところの話もしたいわけね、今日ね。現代ってのはさ、ある程度科学的合理的なね思考もあるし機能的な思考も強くなるから、その面で見るとやっぱり幻想っていう概念がその社会の中で占めてる位置がね非常に理解しにくくなるけど、逆の意味で幻想という言葉自身がね何を対象にしてこう考えられてるかということに関してはこれからより分かりやすくなるんじゃないかっていうふうなこともねある面でこの我々は今思うとマルクシーの洗練の影響っていうかその周辺にね、あって実践理論だとかやっぱり有物論の影響っていうのが知らず知らずのうちかなり強烈にその時代の中にあったからね、幻想って概念をやっぱりなかなか使いこなせなかったごく当たり前にそこにやっぱり吉本さんがね気がついたってことでやっぱり吉本さんすごいなと思う。そうなんだよな、そこはもうねだから結局半径の内部でも最後でみんな何が読め何のとこでこう納得されなかったのかっていうとやっぱり決定論的な思考がねみんなあってね、でどうしてもやっぱり俺らも最後頭にきちゃっても恣意的自由なんだって言ってみたけどね、これでもなかなか認められないというかもうこういうそれである程度原稿を切り離してみたいなことまで発想してもなかなかねあれで、なかなかそういう意味である種の決定論的な思考みたいなとかがね、でそうすると幻想論ってどうしても今まで副次的なものであるか反映論であるか副次的なね、だから僕らある程度この言語によってみとはねでも言語論があったわけだから表出論があったわけだからある程度ねそういう意味で言葉の思想っていうか広い意味で幻想の概念みたいなのは割とそれで理解できるよね。そんなとこ理解してない人はなかなかねこういうふうに考えられないですよね。要するにね60年代に吉本さん共同幻想論を書いた時点であれは言語美でもいいわけだけど、この時点ではねさっきの逆立の問題とも絡むんだけれども、あえてすごい単純化した図式にするとその60年代の吉本さんの幻想論はやっぱり幻想と実体のね二元論というか二元的な関係というのをなんていうのかな
やっぱり繰り込んだ前提にした形でねどっか議論を立ててるところがある。でむしろ吉本さん自身ももしかするとその60年の段階ではね気が付いていなかったのかもしれないんだけど、実は吉本さんの幻想論の中に含まれている本当の意味でのね思想的射程っていうのは明らかになったのは僕は80年代なんじゃないかと。でそれはどういうことかって言って今三上さんが言ったことだけれども、要するに幻想っていうものの持つ意味がね大きくやっぱり変容し始めたのは僕はやっぱり日本の社会でいうと80年代、つまりその幻想と実態の二元論っていうふうな問題の立て方を必要としないようなねある種の社会的リアリティっていうか実定性みたいなものが生まれてきたと。まあこれは例えば消費社会論の問題であったりシンボリックなものの持つ意味であったり、それからもうちょっと後になればもちろん情報論の問題も情報メディア論の問題も出てくるわけだ。そういうものがわーっと80年代には押し寄せてきて、その幻想と実態っていうものを社会的現実っていうか社会的リアリティの認識の中でその区別する必要がなくなっていくっていうふうな状況が現れた時に、僕は本当の意味での吉本さんの幻想論の射程が見えてきたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。さちょっと3時半だからちょっと補足的にいいですか。だから幻想表出と言語表出と心的表出ってね、だから3つの表出世界の次元の違いなんですよ。でこれを単純に心的表出論を自己幻想論だなんてやっちゃうと大いなる曖昧になっちゃうわけ。だからそうするとこの心的なものとね、それから言語的なものと幻想的なもののこの等価の主査性を構造的に踏まえるということが要するに表出理論の基本なんですよね。でそうするとこの幻想は要するに別な言い方すると今さっき気づいたんだけど、これ翻訳やっぱりできない。まあそうだね、逆に言うとむしろ我々日本の側の文化な理論として幻想という概念を世界に普及させるべきだと。で交番だとかカラオケなんていう言葉がつなぐんじゃなくて、理論的なそのかなりの本質概念としてやっぱり幻想というのを世界にこれやらないと実にいい概念じゃないですかこれ。そうね、幻の思いの。だからなんかそこでこちら側なりの定義づけをね。でこれはイリュージョンでもファンタスティックでもイマジネーションでもないと、そういう概念に抽出されない実は日本文化の中で構成されてきた本質概念だっていうね。なんかむしろそういうふうにしないとダメなのかなっていうのがちょっと、ファンタジーって言ってもダメだしイリュージョンって言ってもダメだし、イマジネーション、僕らはイマジネーションってしたけれどもイマジネーションもねもしあれだとする、あとねもう一つついでに言うとイデっていうね翻訳語の候補も上がってきた。でもイデだとこれはちょっとね狭すぎるんだねやっぱりね。だって感性的なものセンシティブな問題が入ってくるわけだから。だから本当に難しい、翻訳不可能ですよ。というのもね、だから一つ分かったのは幻想論として逆に言えば西洋的な理論体系も位置づけちゃう、その下に。だから幻想論の中にイデオロギー論もあればそのイデア論もあれば、ね、イマジネーション論もあるんだぞみたいなね、そういう位置づけをこっちは強引に世界に出していかないとダメだってことをちょっとお二人の意見聞きながらね、これやんなきゃダメだっていうのをむしろ感じた。ちょっと休憩しますか。ちょっと中断っていうか1時間俺のところの分は1時間半ぐらいのところでここで言うと5時15分ぐらいまでってことになってるから、ちょっと3時か3時15分、ちょっとね休憩を入れませんか。じゃあ10分ぐらいですか。10分休憩5分休憩。5分でも10分でもいいですけど。じゃあ5分にしましょうか。そうですね。5分休憩で、35分からでは始めます。でも
逆にあれだよな、幻想論っていうことをある程度踏まえるけどね、今までのそれ以前の読み抜き方が、こちらの概念がある程度読みづらくしてたものがいろいろあるかもしれないねっていうふうに言って、あの当時のね、そうですね、読みやすい。幻想論が出てきた時点であれをそのまま読むことはなんじゃないかな。そうですね。だからまあ逆に言ったらそこの観点でそれを彼らは違う言葉で表現してたということをね、こっちが意識的に読み直すような形をすれば結構むしろ60年代の議論もね別の意味で読み直せるというそこへ行ける可能性もあるよね。もう個人の人に対してはもう幻想論入れないとね。練習も出てるでしょ。全然練習も出てるでしょ。編集は編集も出てる。読むようなやつだけじゃ読めんですよ。だって出雲ってのはね、場所であり、まあ現実の地名でもあるわけだけれども、同時に幻想なわけですよ。まさに幻想論が、出雲を理解するために幻想論の媒介なかったら絶対に出雲なんて理解できない。熊野だってそうでしょ。伊勢ブームっていうのはちょっと釈明された。でも面白かった。全然話違うけど、神が始まらない。神様がどんどん生まれてる。あ、そう。巫女たちがそれにバンバンキャッチする。すごいよ。つまり国つかみの正当時。だから要するに伊勢の多分ね、戦風のあれで、それからいろんな時間の中でいよいよね、新紀元が始まる。伊勢ってね、小さいの言うと300ぐらいあるんだってね、神社ね。でほとんどそれ要するに国つかみなわけでしょ。事実上天津神を祀ってるのは内宮だけだよね。下宮の豊受はもう国つかみなわけだし、伊勢神宮ってのは巨大な国つかみの集合の中のここんと真ん中に一つだけ内宮で天照を祀ってるっていう。いつもの方がまだそれ地方の神をみんなやるとかあるでしょ。そうね。神のね、西へ向かってあれして、だから宿舎である。宿舎が小さい宿舎、宿やホステルがあるけど、いやそれよりも面白いのは出雲のやっぱり各地域の小さい神社、あれでしょ、大社がある、大社は木杉大社っていうのかな。でも地元で本当はもっと大きいようにして佐田大社とか地元ではむしろそちらの方が存在として大きいっていう面もあるんで、あの頃って面白いですね。青森市はちょっと遠いとこ山本さんお願いします。まだ。はい僕の方からは一応レジュメに書きましたけども、1980年代の吉本思想における回転と展開ということで、いわばその非常に変化していく時代の変化、それから世界の変化、そこにどう対応してですね格闘したかっていう、そういった吉本さんの最もキー概念としてここで登場してきたのが、いわゆる重層的非決定という思想的な淵であり、概念化はされていないけれども、我々の思考空間、あるいはその現実空間を考え直す上でのですね、非常に重要な提示として出てきたと。でその実際はもう言うまでもなく消費社会という形で出現してきている、商品が日常生活に完全に氾濫しきった状態と、それからイメージがメディアを通じてですね
いわゆる我々の日常生活に浸透してきてある、そういう一つの資本主義の先進性、あるいはその先進資本主義というふうに言われているその状態をどうつかむかということの格闘として出てきたということですけども、それが実際的な現実としてはマスイメージ論からハイイメージ論に飛躍したっていうふうに僕は考えます。でつまりマスイメージ論の次元とそれからハイイメージ論の次元は次元が違ってくる。でその次元が違ってくる決定的なところの作用が実は親鸞論っていうのがですね、これから高橋さんが報告される親鸞論の位置がおそらく僕はここの飛躍のところの決定的な位置に本質的に入ってきてるんだろうと思います。でとりあえずその表彰として現れてきたその実際の消費社会、それからそれに付随する、情報社会、あるいは情報技術ですね、それとイメージとの関係が中心になってくると。でそこに登場してきている思想的理論的な難しさと、それから見えない現実、不可視の現在性への挑戦を図ったというふうに言えます。それから自分のことにちょっと引き寄せていきますと、それまで非常に限られていた対談が僕との学校教育をめぐる対談と、それから栗本さんの相対言論とですね、これが同時になされて対談を急にオープンに開き始めた。でそれまで非常に閉じているといいますか、非常に厳密な形で対談してたのが僕と栗本さんとによって何かスッと切れたような形でですね、この後対談が量産されてきます。ダーッと。でそれもおそらくいろんな人との関係性を掴んでいって自分の世界を広げようとするですね、つまり非常にリゴラスだった吉本さんがもっとしなやかに緩やかに柔軟になってきたっていうことのなんか非常にシンボリックな表れではないかというふうに思います。これほとんど同時期になされて同時期に本にされてますので、そしてあとは半分バカバカしい半分シビアな般若との論争ですね。それでこれはですね般若の政治論を読んでいただけるとすぐ分かるんですけども、般若はスターリンの気持ちを本当に分かってる人です。びっくりするぐらい分かってる。で別な言い方すると般若は絶対にレーニンに理解できない。でそういう体質なり資質っていうのがあって、それがこの時に非常になんかストレートにそういうふうな言い方していいのかどうか分かりませんけど、老人僕も絡んでですね登場しちゃったんじゃないかと。だけど吉本さんとしてはそこで非常に本質的な問題はここに書いてあります、その内省しながら自己観念の軌道をたどり直そうとする努力をしている永久革命論者としての般若と、それから現実の事象に振り回されて風評にたぶらかされて反射的即断で格好のデマゴギストになってしまった政治マニアであるソフトスターリニスト般若というのが分裂してきたっていうですね、非常に明快な形で捉えながら、しかし同時にこの2つの分裂は我々個々人にとっても日常的に起きてきている状況だというふうに思います。でそれからもう一つ世界認識としてフーコーとの交通の中でいわゆる社会主義国批判ということが出てくると同時に、日本こそが社会主義に近いというですね、その、現状世界認識の現状認識が日本をむしろマルクス・レーニンがレーニンと言ってませんかと、そのマルクスが今の日本を見たらその方が社会主義ではないかと。で社会主義と資本主義が非常に接近してですね近づいてきてるんだっていう状況的世界認識に入ってきています。それから親鸞論と源氏物語論と領感論ですね。で非常に文学的ある宗教的な形での新しい次元がさらに宗教論の集約としての仏教論キリスト教論天皇制論のまとめも含めて真の構造として登場してきていると。それからもう一つ例の文学者たちの反核運動に対する反核異論、それからポーランドの非常にポジティブな評価ということをですね、そして決定的にアジア的ということが
この80年5月の施行のですね、54号から61号の間に、要するに展開されて、そしていわゆるレーニン批判の最も世界的に一番優れたレーニン批判がここで登場するということになります。これはもう他の人を見てても吉本さんのレーニン批判はもうずば抜けてます。でそして、プレアジア的ということで、これは僕が設定した会議でですね、プレアジア的という形で吉本さんが報告してくださいまして、それがアフリカ的段階という形で言い換えられて施行の習慣とともに96年に提出されていくと、こういうことがなされている時期です。でこれちょっと僕の方にかなり引き寄せてやってますので、別な言い方すると吉本さんと僕がかなりの蜜月的状態と、実はそこに、百済の三流評論家が介在したことによってまた距離が取られて、でまた接近してくるというようなですね、そういう出来事が実際にはちょっと起きてきた時で、あります。ですから別な言い方をすると、学生時代なんか神様のような人だった吉本さんと非常に僭越ですけども対等に扱ってくださって、対等な議論をすることができたという、僕にとっては最大の財産がこの時に身についてなされていったというようなことをですね。でそれをもうちょっと個別に言いますと、社会主義国の停滞、それから消費社会の交流で、そこで必ず決定的な決定軸の変化が起きてくると、そして同時にソフトスタリズムのさまざまな層が登場してくるということになります。でさらにマルクス主義的な、あるいはその政治実践的な反の思想への批判として非という概念ですね、反ではなくて非というか、非権力とか反権力ではなくて非権力だとか非決定だとか非知だとかですね、そういう非のポジティブなものが出てきて、同時に現実なり現状なり変化を肯定しようとする葛藤が非常にシビアになされてきている。そしてアジア的ということの思想的視座を掴んだということがもう非常に大きな吉本さんにとっても自信となんて言いますか世界がパッと見えたっていうようなところをですね、そしてその時に今言うまでもレーニンの限界期がはっきりとくっきりと浮かび上がってきた。そしてあと親鸞との同一化という、これ高橋さんの方にもってあると思いますけど、決定的な座標が出てくる。でそこにざっと書いてきましたけども、1980年に世界認識の方法が対談も78年になされてるんですが出されてですね、そして最後の親鸞のまとめの造法が構成されて、源氏物語論、反核理論、そして山本と対談本、それから栗本との対談本、それから僕が設定しました吉本講演会で共同元素とジェンダーっていうこれ渋谷忘れてたんですけど、なんか公会堂でやってですね、この時に国家と市民社会のズレと位置、あるいは変容というのが議論されて、そして超西洋的っていう概念の方に構成されていきます。でそれから真の構造で仏教論、その後キリスト教論、天皇制論がこうまとめられていくと。それから85年に量感論、これ一種の自然論が出されていきます。そして般若との論争も入れた重層的な非決定の本が出されて、そして対談集が次々に乱発されて多発されてくる。そして先進的な資本主義論は超西洋的までという形でまとめられて、そして三上さんたちが展開した吉本龍明25時が88年になされて、そして89年に拝明治論が登場していく。で宮沢賢治がそこに記されて、またそこに飛躍していくっていうですね、大きくこういう流れです。でその中で実は世界の思想域が同時に進行しているということをそこにちょっと書いておきましたけども、いわゆる構造主義論以降ですね、1960年代の構造主義論以降のいわゆる社会科学理論の地盤買いが世界ではなされています。で僕が見てる限りでは理論パラダイム転換というのは大体1964年から1975年で大体節目でですね、大体もう提示されてきちゃってます。
でこれを日本の思想理論が停滞して海外移植の不徹底さですね。海外移植はダメなんじゃなくて、僕らせると移植は不徹底なんかダメなんで、ほとんどこれなされていなかった。最近やっとなされてつつあるなって感じがしてますけども。でその時にその前の世代としてこのレヴィストロース、これは親族の構造は1949年であり、構造人類学が58年ですけども、神話論理も71年までにもう作り出されています。それからラカンのセミネールが要するに1980年で終了ですが、ずっとなされていた。それからブローデルの物質文明論が1979年社会史ですね。でヤコブソンだとかワンベニストだとか言語学者、それからアルスセールが1965年によみがえるプール・マルクスなり資本論を読み合って、そして奥さんを殺害したのが1980年で、それで、一方ポール・ドマンのアルゴ理論が1979年とかですね、ちょっと吉本さんよりもちょっと前の世代の人たちの構造論的言語論的な世界が人類学的にこう出てくる。でほとんど同世代がですね、これが僕の先生であるエリーチ、それから、ブルデューですね。でコレジド・フランスの教授になったのがブルデューも1981年です。これはコレジド・フランスの歴史上、僕は非常に大きな革命的転換だと思ってますけども、ブルデューがコレジド・フランスの教授になっちゃったということですね。それからルーマンが1927年でフーコーが死んだのが1984年と。でさらにボードリアールも大体同世代です。でボードリアールは1970年代に消費論、社会論、記号論を含めたですね、ものを出してまして、もうほとんど作業は1970年代にボードリアールのものは終わってる。デリダが1970年にやっぱりこういう主張をほとんど出してます。でそれに対して、ドゥールーズ語り、これのアンチオイディプスが1972年と。それからハーバマスが出てきて、ゴドリエがレヴィストロースを受け継いで飛躍させ、マーシャル・サーリンズの人類学がで、ミシェル・ド・セルトの歴史、それから、さらにバーマンのモダニティ論、それからギデンズの、がポリティ出版という非常にラディカルな出版社を立ち上げるんですけども、それから遅れてクリステバットとかですね、いわゆる社会科学理論的にこの当時の人たちがほとんど同世代的に生み出されていて、同世代的な作業が世界的に同時に進行しているということです。でこれはもう教育論から記号論、言語論でバルト、グレマス、トドロフとかですね、そういうのがいますけど、それから経済人類学ではもうクロード・メイヤスだとかこれもたくさんごちゃごちゃいます。それから社会史ではむしろ第三世代というラデリとかシャルチェとか僕たちの世代と同じなんですけども、その前の世代が動いて、ブローデル以降のですね飛躍をこう成していく。で消費社会論がこれが物質文化論という形で、さらに進歩します。それから都市論が輩出、情報社会論が出てくる、それから権力論、フェミニズム論、ジェンダー論、セクシャリティ論、ポストモダニズム論と、これやっぱりリオダルは同じ同世代ですね。でそして批評理論、文化論とかですね、ともかく世界的に理論相対の大転換が70年代80年代に起きてるんですけども、ほとんど70年代に理論水準はもう出されてしまっているということがちょっと僕の言いたいことです。にもかかわらず80年代でじゃあちょっと何が出されたのかと、そこにざっと並べておきましたけど、でボードリアールが今度要するにイメージ論的なですねシミュライフとシミュレーションという形で1980年に入っていきます。でこれは記号の再論やってたボードリアールのイメージ論的な世界の切り替えですね。それからドゥールズ語りがワインチャオイデプスからミルプラトンの方へ入ってきた。それからセルトが日常性の発明発見というですね、これ日常的実践のポエティックとなんかわけのわかんないタイトルで翻訳されてますけど、歴史的なものを日常的な行為からちゃんと見ていくという論理です。
それからハバマスがコミュニケーション論、そして近代ディスク論でフーコー批判が85年と、それからイリーチがシャドーワークという形で今までの制度論をこれも飛躍させます。それが1980年、そしてジェンダー論の82年、これをまた余計なこと言っちゃいますけど、上野千鶴子が気違いだと言った上野千鶴子自身がジェンダー論も語り始めるというですね、でそういう日本の遅れた状態ですが、82年にもうジェンダー論が書かれる。だからブルデューンのルサン・プラッチックはこれがやっぱりプラッチック論が1980年で大学批判が1984年という形ですね。だからドゥールーズが映画論に入っていっちゃう。だからデュモンというですね、いわゆる経済史学者なんですけど、ホモヒエラキクスというのを1971年に書いたんですが、彼がその個人主義論考と平等人間という形で経済イデオロギー批判をと主体論の批判を入ってきます。これ僕は非常に重要な作業だと見てまして、でこの平等人間のこの本を翻訳したいんですが、ずっと前から翻訳してるんですけど、どっかが取ったままですね、これ潰してるとしかちょっと誰かが意図的にやってるなとしか思えないんですけども、版権がどこにいたか全然分かんなくてこの本が翻訳できないんですが、ものすごく大事な本です。これ経済イデオロギーをですね相対化した非常に重要な本で、これ翻訳されてないのは非常に大きな問題になっていると思います。ルーマンが社会システム論という形で1984年で、フーコの性の歴史が84年に出されてくる。で先ほどのあれに付け加えますと、知の意志っていう形で翻訳されているボロンテ・デ・サボワールですけども、あれは知が意志を持つことであって知恵の意志ではないということですね。でもう表題からの翻訳からして間違ってますが、知それ自体が意志を持つということをフーコーは議論しているわけで、それが言説理論になるんで、知恵人間が意志を持って近づくって、そんな人間論的なことをフーコーは言ってるんじゃないんだっていうことですね。でそれでこの性の歴史で自己に対する自己技術関係論っていうのが登場してくる。それからクリステーバが私的言語の革命を85年に出す。それからウリヒ・ベックが、リスク社会論、これが1986年。それからマニュエル・カステル、これもこの世代はちょっと遅れた我々の世代に近い方ですけども、インフォメーショナルシティが89年で、その後その前の年とグラスルーツ論が情報社会論という形でマニュエル・カステルの中で、提示されてくる。それからバーマンがリキッド・モダニティという近代的主体が液状化されたっていう議論が2000年から始まっていきます。でこのようなことがちょっと80年代に起きてるんですが、これは非常に僕から言わせると、ある本質的な転換の理論っていうのは、例えばイリーチのシャドーワーク論とかハバマじゃないブリデューのルサン・プラッチックとかですねありますけど、ほとんどが疑問ですねあるんですが、ほとんど表層の現状変化理論を75年ぐらいまでに開示された理論でもって、そこを現状分析的なことの世界を切り開いているという雰囲気です。でそれに対して吉本さんが重層的な非決定で、私には構造主義やポスト構造主義の思想が西洋でとっているこの方向性の方がまやかしの少ない不可避な危機感の表明があるように思われます。でそれはもはやどういうことかというと、資本主義と社会主義の同一化が厳然している地続きの地域で差異を作るとすれば、社会主義国は強制管理過剰で遅れてしまった資本主義の変質としてしか見えてないという点だと。私はそこからたくさんのことを学ぶことができているように思っていますというふうに言ってますが、勝手に僕は引きつけていますけど、僕はここら辺の論理をほとんど総合的に全部吸収したっていう、それがこの哲学の政治のこの分厚い2000ページみたいなどれか本になっちゃいましたけども、これの総括は自分なりに踏まえているということですね。でそれは本当に吉本さんが言ってるように、この資本主義と社会主義の同一化と遅れてしまっている社会主義の現実ですね。
でじゃあ資本主義の変貌が一体どうなっているのかっていうことの捉え方として吉本さんが出してきました重層的な非決定、平たく言えば現在の多層的に重なった文化と観念の様態に対してどこかに重心を置くことを否定して相ごとに同じ重量で非決定的に対応するということですと、こういう言い方をしております。でつまり対象への関与の仕方と主体的な態度なんですけども、でこの時にそれをスローガン的にですね、資本論と窓際のトットちゃんと同じ水準で全く同じ文体と言語で論ずべきだっていうこういう言い方になってきます。でこの瞬間に吉本主義的な5人が徘徊し始めちゃうということですね。でつまり思想の表出態度として真っ当なんですけども、この時対象とは何であるかへの問いが実は封じ込められてしまっているということです。でつまり吉本主義態度決定が生まれてくる根拠なんですが、要するに大事なのは要するに資本論と窓際のトットちゃんが価値は等価であるとしても意味作用はこれはっきり言って全く異なるものですね。でまた言説生産としてそれはもう全然等価ではないです。で知識人の姿勢としてこういうセッティングの態度は大事ですけども、対象としての言説域は資本論がこう切り開いた言説域と窓際のトットちゃんが切り開いた言説域はですね、概念空間も全く違う。でここのところを要するにどういうことなのかということをちょっと述べますと、これはハニア論争においてですね、対象と主体との関係において対象の概念作用を主体の概念空間に転じてしまうというまたそれゆえに論争が起きるんですけども、本当は対象としての概念空間の問題なのに主体としてなんだお前はっていう形で論争が展開されちゃう。でそれはもうハニア側はもっとそれが主体論的に出てくるわけですけど、吉本さんはそれをなんとか対象の領域に返そうとするんですが、やはり主体の態度決定のところで寝ぼけた文学者が何言ってるかみたいな議論にいっちゃう。でこれどうして起きてくるかっていうとですね、このラカンがその4つのディスクールがあるというふうに言ったここのところに引っかかってるんですけども、窓際のトットちゃんっていうのは意味するものが意味されたものを作ってそれがある対象を作り出していくっていうそういう言説生産の本なんですよ。でそれに対してマルクスは何やったかっていうと、対象それ自体の A から要するにその主体が分断されて分裂されてくる、その状態にどんな意味が作られていくのかっていうこういう議論をやってるのがマルクスとかフロイトの次元です。でそれに対して新しい生産ですね、つまりラカンであるとか吉本さんを踏まえて僕なんかが作業するのは今度どういうことかというと、そこでマルクスだとかを含めた主体が分裂してしまってる、そこにどんな意味があるかということからさらにその意味は次の意味をどうやって作っていくのかってことをやるのがこれが知の更新理論生産の域になります。でそうするとこの言説生産のやり方は全然違うことで、ちなみに大学人は何をするかっていうとですね、もうすでに出来上がっているものを対象として提示して提示された主体は分裂してくるっていうこういう状況になります。で例えば熊野の資本の読解はもうそんなものです。でこれで何が問題になったかというと、資本論が意味作用しようとした S1 の世界が全然熊野の資本論の理解から正せない。だから変革論にもならなければ資本の応用理論にもならない、単なる大学教師が分かりやすく対象としてテキスト的に示しましたよっていう程度のことしかやってないんです。でこんなものがですね、要するに優れた本棚っていう形でやってるような日本のその経済状況がもう話にならないんですけども、要するに大学アカデミズムは何かっていうと1ですね、つまり窓際のトッチじゃなんか価値ないんだっていうことを価値なしとする。それに対して吉本さんはふざけるなっていうふうに言ってるわけですね。それから2を今度は逆に祭り上げます。マルクスだヘーゲルだカントだって祭り上げる。そして3の新しい理論生産、僕がやっているような作業をデタラメという必ず言う。でそうしたその状況の中でじゃあ吉本言説は何をやってるかっていうと、吉本さん自身は1をやってます。
だけど同時にですね3をやってるんです。3作業。そしてここが吉本さんが思想家として出立するところなんですけども、2の域を開いてるんです。だから吉本さんの言説っていうのは単純な言説ではなくてですね、少なくともこの123の総合的構成として組み立てられてるんですよ。だから非常に多様な可能性と限界を同時にはらんじゃってて、それを継承する我々はそこのところでなかなか大変なことを要されます。つまり、どういうことかというと、吉本のトットちゃん解読ですね。でこれは麻酔明治論の定題論でやってますけども、これは黒柳哲子が記述した1を3であるという形で縁替えして、そして対象としての A を取り出して分析批評として2において述べていくんです。そうすると4のソフトスタリズム的な文学者のやり方とか大学教師のやり方、これはもうダメなんだということの論理構成をやってる。でこれが要するに資本主義イコール自由競争といった麻酔明治の画像と似ても似つかないところがあるというですね、少なくとも生産社会経済としての市民社会は目に見えない人為的な管理と操作を国家から受け取っているんだという形で、ここのところをそのまま残しちゃいます。ですから変化しているとは言ってるんですけども、その生産社会経済構造と市民社会、それから人為的な管理の操作を国家が受け取っているという旧来の概念をそのまま残滓として残しちゃう。つまりどういうことになっているかというと、自分の自由にならない場所から吹きつけてくる抑圧の噴流に悩まされて不安になり、どこかに安息の場所を求めているような人たちが登場するという形で、やはりですね、ネガティブな否定的批判的論理が僕からすると旧来のままなんです。ところが先ほど言いましたように2の領域のこの世界を開いてる、そこをちゃんと吉本論としてキャッチしなきゃいけないということです。ですから麻酔明治論というのは作品、いろんな必ず作品、それも正当化するために2つ3つの作品を取り上げていますけども、その自己元素の中に共同元素の介入というのを読み込んで、それへ過去へ還元するんじゃなくて、これからの課題として未来へ開かれている可能域として必死に引き出そうとしている。ところがそこの未来の可能性として引き出そうとしたところに2の領域がまだ鮮明になっていないために、要するに別な言い方すると、既存の生産経済理論と国家論にとらわれたままであるために、そこの領域が開けないということになっています。ですからS2 を未来へ開くという形でですね、曖昧にしたままに置かれちゃうんです。でこれが麻酔明治論の限界で、ところが肺明治論はここを飛び越えます。そしてそこの限界を超える2をですね表出していくことができる。だけど実はまだ A それ自体は掴まれ得ていないということになります。で別な言い方をすると、この A を掴んだのは山本であるというですね自己宣伝を兼ねていますけども、僕はこれ確実に掴んだという自負がありますけども、それを吉本さんがいなければできなかったということも、それもはっきり言えます。でそうすると資本消失からもたらされる理論生産の域ということで、現在社会の理論生産なんですが、吉本さんが常にだけど既存のものに規定されない、あるいはそこははみ出しちゃうシステムの存在があると、それからシステムが付け加える構造的な価値の評定があるんだと、あるいは高度な未知の論理というのがあるはずだというですね、こういう形をとります。でこれは別な言い方をすると、システム論としてはマルクス主義的な延長線路でウォーラスタインが世界システム論っていうのを出してきますし、ルーマンは社会システム論っていうのを出してきますけども、先ほど取り上げた同時代的な人たちはこのシステム的な世界の解明と解読にほとんど向かっているということですね。でそうするとどういうことになってくるかというと、まず社会学的な理論として非決定とそれから規制条件との関係の問題、これは今日三上さんが提示したところなんですけども、いわゆるマルクス主義の経済決定論、あるいは国家支配論、あるいは権力抑圧論、これを要するに否定して
そして種別性や取捨性への認識というものをですね出していかなきゃいけない。で要するにアルツセル的に言えば国家の権力抑圧装置に対暴力装置に対して国家のイデオロギー装置があるんだぞという形で主査化する。ブルデューの場合だと国家というのは国家資本という資本作用が作用してるんだって形で、主査化するとかですね、何らかの形でこの種別性と取捨性の認識というものを世界的な理論は切り開いています。で僕が一番重視しているのは商品的な生産様式とそれから国家的なその支配統治形態の中で社会のサービス制度的な機能が教育医療それから輸送においてこれリッチをそのまま踏まえていますけどもそこで制度的に作用している。ここが共同幻想を国家的なものの共同幻想が不能化してファンクションし得ていないのに国家的な共同幻想がファンクションし得るかのような社会共同幻想が作用しているとこういうふうに捉えます。それを支えている生産様式が教育の生産様式であり医療の生産様式であり速度のですね輸送の交通の生産様式だとこういうふうに見ていきます。でここは実は広松渡も指摘はしてるんですけども論理が全然そこ詰められてなくてそこは考えなきゃいけないって言ってるだけで止まっちゃってる。でそこはちゃんと切り開いていかなきゃいけないっていうことが言ってるんですね。それからもう一つは労働に対して賃労働に対して家事労働という形での賃金が支払われないシャドーワークというものがあってこの賃金が支払われないシャドーワークが逆転して子どものシャドーワーク乗客のシャドーワーク患者のシャドーワークとして全部支払うという形で逆転して転嫁されちゃう。そうすると賃労働と逆転した支払い等のですね構成が労働形態の中で社会を再生産する仕組みの中で組み立てられています。でここのところをちゃんとつかまないと自分たちの先ほどから問題になっている主体の意識化の在り方とか主体の日常性の在り方とかっていうところへの対象化と実践行動形態が開かれないということですね。でこの問題があります。それから非常に大きなところであり同時にミクロなところなんですけども資本主義と社会主義がイコールになってきたというこの批判理論基準ですねこれをちゃんと作っていかなければいけないんですけどもこれはどういうことかっていうともう少し戻すと国家的な共同幻想それから産業的な生産様式それから商品労働集中社会であるということは資本主義国でも社会主義国でも全く同じになっちゃうということです。でこれは社会それ自体を生産するそれを社会生産様式って僕言い方しててマルクス主義が言う社会生産様式と意味が違いますけどもこの中で要するに資本主義国と社会主義あるいは資本主義と社会主義が同じになっちゃったっていう領域をちゃんと理論化しておかなければいけないということですね。それから他方構造主義以降文化主義のおしゃべりっていうのがあってそれへの対峙が非常に大事でポストモダンの文化主義的な政治そこにスタリニズムが入り込んでくるでこの典型がハニヤに現れたり反革文学者の動きに現れたりあるということですけども、概念空間におけるですねいわゆる主体主義の限界ということをちゃんと考えないとポストモダンの非常に安っぽい政治に移行してしまうその裏にあるのは文化主義の政治だと。でこの権化が誰かっていうのもお分かりだと思いますけど唐谷公人です、でここに騙されるなということですねそれから消費社会論でこれはもう非常に多様な消費社会論が出てていわゆる高度資本主義の層なんですけども、いわゆる商品が氾濫して生産と商品が接近するんだっていうことを吉本さん言ってますがここで吉本さんが見逃してますのはこれもしょうがないんですけども商品と資本の原理が違うんだっていう領域をちゃんとつかまなければいけないと。でこれは何度も繰り返しますけどマルクスの要項経済学批判要項を読めば分かります。で資本の読んでる限りは絶対分からないという領域ですね。でも要項を読んでから資本の読みますと見えます。
でそれから共同幻想論の宗教論への構成とイメージ論への構成ということがなされてきてて、これが80年代の吉本さんの非常に大きな作業で、これは大事なところなんですけども、自己幻想が共同幻想へ阻害されない域をなんとか見つけようとしてた。で究極的に多分見つからなかったというようなところが先ほどの技術論と意思論の問題のところに引っかかってくるところですけども、ともかくこの作業としてはかなり必死にこれ掴もうとしてたっていうふうに思います。で究極的な晩年では僕が理解したけどどうも間違ってたらしい俺はっていうような言い方をただ会うためにしてましたので、やっぱり掴みきれなかったんだっていう感じはありますけども、でも残された問題としてあると。だから共同幻想論のイメージ論への拡張がなされてきて、これは自分が見る目とそれから自分を見てる目とがですね同期してくるっていうハイメージ論の方に入ってくるランドサットからの目とか出てきますが、これは情報技術とイメージ社会が作り出してきた共同幻想の新しい次元の問題ですね。でそしてもう最も大事なのはこの共同幻想論の土台としてのアジア的ということで、そして初期天皇制と農耕の村落共同体という二重性があると。それは祭祀的儀礼的宗教的な高度な制度なんだという形で、これがいわゆる祭祀儀礼を要するに問い直すという形で南東論の方に行くわけですけども、その南東論がアジア的という形で見直された時に、要するにアジア的専制国家とそれからレーニン主義の批判を通して非常に日本の本来的な共同幻想の領域を切り開こうとしたということが分かってきた。だけど僕なりに古事記を読んで、そして吉本さんの共同幻想論を読んでいくと、吉本さんの共同幻想論の中で古事記的共同幻想と初期共同幻想の違いですね、この識別がまだはっきりとなされていない。でもそれは初期共同幻想と言えるように、また古事記共同幻想と言えるように共同幻想概念がもっと普遍概念として作用しうるんだということを僕としては掴んだというふうに思っています。で一言で言いますと、古事記共同幻想というのは多元的な共同幻想です。場所の多元性が保障される。で国家的なものとはではなくて天つかみ的な共同幻想がそこに配置されます。ところが初期共同幻想というのはこれは一元的に芦原中津国で一元化されて、そこに要するに天つかみイコールスメラミコト、天皇だというロジックがここで徹底されちゃうという、そういう幻想形態ですね。でこれがもう全然神の配置から同じ類似してる神であるけれども、神の配置神の名前が全く違うという非常に日本が残している2つの異なる設計原理だということです。でここのところをいわゆるその土地固有のバナキュラーなものと、それから先進的産業的なものとの相互性相反性が共存する場所の共同幻想という形で組み立てていかないと、もはや政治もビジネスも成立しないという次元に入っているというふうに僕は思います。でこれは吉本さんのアジア的ということの論理を場所の共同幻想という形の論理として組み立てていく、そこを総合的に論理化してでいわゆる社会構成体論とか社会空間論を批判していかないとここの領域が開かれないということですね。それからもう一つは認識の対象であるのか対象の認識であるのかっていうこのカント主義とヘーゲル主義を超えていく位相として一応きちんと哲学的に定めていかなければならない。でこれが僕の言ってる非分離だとか実合性だとかっていう議論になってくるんですけども、また現象的な芸術至上主義的な純粋美学の彫刻というものをちゃんとやっていかないと大衆文化論が成立しないとかですね、これはむしろ僕なんかよりも高橋さんの方があれなんで非常に暗黙に西欧的な哲学と戦っている無意識の吉本さんがいるっていう感じがします。それから吉本の現在論にはですね
非常な問題なんですけども、商品論と本質論の癒着がなされていきます。これちょっと背明示論の限界なんですが、消費論から説明されちゃう。それからもう一つは社会概念空間がですね、普遍化されて問われないままそこに置かれてしまってます。で、ふっと社会っていう概念で問題を考えなくなっちゃうんですけども、実はそこの吉本さんが偉大な思想家っていうのは考えないことも偉大ですから、その吉本さんが考えないところをですね、考えていきますと非常に本質的な問題が見つかってくると。でそこで僕は資本という概念をマルクスとの世界で見つけていった。さらに場所という概念を見つけていったということです。で例えば場所論はどういうことかっていうと、マスイメージ論の知性論がそうですね。それから背明示論でも出てきますけど、この知性論は場所がネガティブに消えちゃったということをちゃんと議論してるわけですね。だけど場所を取り戻そうとは言ってないわけで、でもそこの考えられていない領域を読んでいくと場所概念というものをちゃんとつかめていくことが逆写されて出てきます。でこれは心的現象論でいうと現了解論のところがそうなって、枕言葉の問題とかですね、そういうところで多様に吉本さん実はここにコミットしてます。で大事なことですけども、要するに共同幻想論と、それから権力諸関係論と、それから再生産様、生産様式なんですけど、本質的な再生産様式になりますが、この再構成理論というものを総合的に組み立てなければいけないと。でこれは山本理論の世界だぞっていうことで言っちゃいますけども、ただその時にですね、必ずカント的な先見的なものと経験的なものの総合的な規定性、それからヘーゲル的な関連主義で、さらにハイデガー的な存在論的なものが必ず牽引作用として入り込んじゃいます。でそこにちゃんと自覚的であることで吉本マルクスを基盤基準に置いていくと、非常に多様な可能性の作業がなされてくる。こういうことです。でちょっとまとめに入りますけども、要するに大事なことはその世界反革理論、超西洋的重層的非決定っていう領域なんですが、現在世界の変容をマスカルチャーや現代文学やイメージ、画像からですね、ポジティブに見ていくっていう姿勢を通して現在の我々のその主体の存在を作り出そうとしてるんですけれども、変貌した世界そのものを対象化しきれないで、旧来の国家像、生産構造の理論のまま、しかしそこに収まり得ないものを掴んではいるというですね、こういう位置を吉本さんの80年代が持ってます。だからそれは吉本さんの言い方だと、現在では世界の言語秩序とは無関係に無意識が上昇していく通路が想定できるようになったというですね。でこれは非常に大事なことを言ってるんですけども、何も言ってない。でこういうところを吉本さんのところをですね、ちゃんとやっていかなければいけないっていう、そういうことです。無意識が上昇して無関係に無意識が上昇していく通路、何のこっちゃかっていうですね、だけどやっぱりそうだろうというですね、でここをちゃんと我々は対象の世界の中できちんと、つまり間違ってないんですよ、吉本さんのこの思想的な指摘っていうのがすごいのは。でそこをちゃんと理論的に名称化していくっていう作業をやっぱり自分でまた言っちゃいますけど、やってるのは俺一人だっていうのは問題だぞと、高橋ちゃんが銀ちゃん頑張れよって分かりますけどももうちょっとこれを出てこないとですね、ちょっと日本はちょっと情けないぞっていう感じをしています。それがさらにですね、良寛論、そして現人物語論、親鸞論、宗教論で宮沢賢治論というですね、ある種の文学的な理論と宗教理論を通過して、そしてまた西洋の論者たちといやおうなく付き合ったフーコー、イリーチに対してはもう全然対話にならなかったみたいですけども、でポラニとか、これは国本を通じてでしょうけど、また塚原さんからボーデリアルとかですね、ガタリだとか、もうこういうようなものの中を通過しながら、それなりに接点を持ちながらですけども、アジア的ということを踏まえたことで背明示論に一気に飛躍するということです。で僕は背明示論はマルクスの常用価値学説史に匹敵するというふうに見てまして、
あそこにはものすごいもう課題がもうほとんど出尽くしてるぐらい出てると。でこれは逆の言い方すると、マスイメージ論で提示示唆された問題期というのは支持線においてですね、自己表出性としては全部指摘してるんですけども、支持線においては世界線ではもう理論的に開示されてしまっている領域になると思います。で文学論としてはちょっと別ですけども、そこで派生している世界の変性だとか世界論だとか停滞の状況だとか、そういうようなことはもう世界線ではもうほとんどクリアにされちゃってると。だけどそこにおける思想的な表出的な斬新がですね、背明示論が表出論と幻想論と心的現象論の三本質論から常用イメージ論、僕の言い方ですと常用イメージ論として新たな層へ開かれたというふうに言えるものだろうということですね。で反のマルクス主義、レーニン主義、レーニンそれからソフトスタリニズムの実践行動観念に対して非の非決定の立場を持って存在の別の場所を何とか見出そうとしている。だけどもう存在はもはやどこにもない。であるのは存在と切り離されたイメージ世界であり現説である。その構造主義的な理論転換が把握しきれていかないために現在論として実は吉本さんは停滞してしまう。そのネガ消失がオウム原発ということの時事表紙的なものとして登場してしまうということになっちゃった。だけど他方倫理の淵がですね常に問われているわけで、その地球の滅亡を憂える退化した倫理的反動をですね、そうしたものへの対峙であるとか、それから世界の壁への対応の姿勢というものはそこに非常に率直に明瞭に現れている。それからポーランドの基準の評価というのは非常に大事なものだというふうに思います。でそこでちょっと楽観的な言い方をすると、実はそこで捉えきれてない大他者っていうのは大他者自らが実は知らないことだということと、それから享楽というのはやっぱり満たされてはいかないということ、それから無意識というのは自愛である。つまり無意識というものを設定するということはフロイトの自愛だということをラカは言ってるんですけども、ある意味で人類の本質を包んでくれる、そういう思考であると。でいわゆる言葉の限界、それからランガージの限界、その構造の解明ということですね。でこれは別な言い方をしますと、吉本のその思想の理論的な域というのは羅漢の地平によって開かれうるんですけれども、羅漢の先の地の更新は要されて、そこで要されていくということになります。でつまり我々は、僕はいつもこういう言い方をするんですが、我々は吉本さんを読める。でこれは世界の連中は読めない。ざまみろというですね、そのぐらいの世界的な思想的な意味、理論的な意味が吉本思想にはあるんで、これも確実なんで、量感論をちょっと僕は英訳して出したんですけど、あれをやっぱり僕の知り合いの学者たち、これみんな一流ですが、で向こうの連中びっくりするわけですね。大変な論理なんですよ。でそれをやっぱりちゃんと開いていかなければいけないということですね。それのなんて言いますか、こう揺れと葛藤が80年代に起きていて、だけど本筋はやっぱりブレてないというですね、そこのところをちゃんと掴むことだろう。つまり逆に言うと限界期として本質的にフーコーの現実的なプラスチック論、権力関係論というですね、これやっぱり吉本さん思想的にしかフーコーをつかめないんで、これもうご自分でも言ってましたけど感性的に無理だみたいな言い方をされてましたが、このフーコーの現実的なプラスチック論、権力関係論ですね、それからラガンの、僕は先ほどの S1 とか S2 とかあれを現説作用だっていうふうに理解してるんですけども、その現説作用とランガージの構造的な議論、それから享楽の論理とか、こういう言葉の言語理論の限界域を述合性の言語理論、つまり言葉と心的なものとして享楽の域に関わっていくものとして開いていくということが本質論的にどうしても重要だと。でつまり日本語の言語の本質構造をですね、ちゃんと吉本表出論を持って打ち直していかなければいけないというふうにちょっと思っております。
それからもう一つ現実的政治的経済的なものとしては、やっぱり資本という概念、これがもう本当に間違ってますので、マルクスの経済学批判要項に基づいて資本論をちゃんと理解するということの作業をですね、もっと真摯にやらなければいけないというふうにちょっと思いますし、それから見えるようで見えてない場所、しかし西田がはっきりとあそこまで提示していて、この場所の論理議論を和辻だとか広松が要するに消してしまったっていうですね。で僕は前にもちょっと言ったと思いますけど、東大の学者たちの意図的政治的言説生産ってのは相当こいつらすごいなっていう、つまり許しがたいっていうことですね。これは本質的になると思うんで、本当にこれはもう叩き続けていかなきゃいけないっていうふうに実感的に思ってます。これ国語学の領域もそうだし、歴史学の領域もそうだし、哲学の領域もそうです。やっぱり熊のはびこらしてはないい人らしいんでかわいそうなんですけど、やっぱりそれはお前東大の教授だからダメだっていうスターリニスト的なもので打ち砕かないと多分ダメだろうっていう感じをちょっと受けます。ちょっとそれは半分冗談ですけど、それで制度的な生産様式の議論、それから社会それ自体が生産様式として成立してしまっている。これは1980年代の社会理論というのはほとんどここのところを明確にしてますので、それをちゃんと踏まえる。それから哲学技術的にはつまり技術がそのままいくっていう技術という一般性ってないんで、つまり分離の科学技術とそれから非分離の科学技術は論理が全然違います。でこれ原発のそのまま延長はいかない、それは分離の科学技術の延長だけであって、あるいは非分離科学の技術延長って全然ブレてますから、あんなの科学技術じゃないんで、そこをやっぱり間違えちゃいけないっていうですね、ちょっとこういうところはちょっと吉本さんがちょっと不可避にずれちゃったところですけど、でもちゃんと言説の奥深みをちゃんと読み取っていけば、吉本さんをちゃんとポジティブに生かしていかなければいけない。それから先ほど言った言葉と心的なもので、この物の域ですね。でこれが要するに神の域や言葉の域や幻想技術のところに引っかかってきて、でこれは日本の中でも非常に重要なものであるし、実はラカンはこのもののリングについて気づいていたと。でカントはそこはもう考えられないっていう形で設定しましたけども、西洋の論者たちも実はものについても、それから述合性についてもニーチェなんかはっきり言ってますけども、 S が考える、つまり一頭が考えるんだっていうですね、ちゃんと述合領域が動くんだってことをちゃんと掴んでるわけで、西洋哲学的にもそこのところを踏まえていて、それの言説生産総体が吉本思想の中に非常にクリアに出てきてる。それから西田がそこに格闘した。で和辻がそこへひっくり返しちゃって見えなくさせちゃったっていうですね、そういうような構造をちゃんと踏まえて、でそれをもうちょっと遡りますとね、近世の、蘭学から、それから蘭学じゃない儒学からですね、祖公祖来、そして国学に流れていく、この系列総体の中で消されていった議論がこのものの論理、それから非分離の論理です。でこれは今近世史をやってるんですけど、びっくりするぐらい分離していきます。で物をどんどん消していく。でこの分かれ道が宮本武蔵のちょうど戦国武士時代のです、そこら辺の言説までこう残ってます。でここも言説体系としてかなりはっきりとしなければいけない。で宣長の「古事記伝」が要するにこのものを消したですね、非常に典型的なロジックだということがだんだん最近分かってきまして、でそこの言説をやっぱり超えていく幻想技術の議論をやっていくためには吉本さんの共同幻想論を踏まえないとならない。でそれが実は我々の日常的な現在の浮遊したですね、先ほどの言葉で言うと内省しながらですね、自己観念の軌道をたどり直そうとする努力っていう
でこれはやり続けなければいけないことであるというふうに思いますし、これが若い人は成し得ないがゆえに感覚的に、浮遊している状態、液状化していく状態に入ってしまって、でその中でいわゆる政治ではない政治的なものという形で作用しているものに対するやはり政治的な自律性なる意思はやはり僕は失ってはならないし、そこのところはまだ国家というものが存続している限り、商品的な、再生産世界がある限りですね、ビジネスも生きなければ政治的なビジネスも生きなければ暮らしのその在り方もできないし、環境の汚染も進むし、この原発の愚かさも進んでいくという、そういうようなことに引っかかってくるというふうに思います。これがちょっと僕なりに捉えた吉本さんの80年代ということで、ございます。ありがとうございました。では高橋さんも続けてお願いします。はいはい。すみません、僕の方はちょっとレジュメがなくて、いろんな意味で今の山本さんの話とも、重なる部分が多いことになると思うんですけど、僕も80年代の吉本とか吉本龍明ということを、それなりに考えてきた。その非常に大きなきっかけになったのが、最後の診断という著作であったわけですけれども、さっきちょっと申し上げた疎外論の問題なんですけれどもね、僕は今このアソシエの講座で「言語にとって美とは何か」を読んでるわけですけれども、その時というかそれを読みながら今痛感していることが、その表出という言葉の理解って言ったらいいんですかね。僕自身も含めて多くの人たちが吉本さんの表出という概念を、根本的な形で誤読していたというか誤解をしていたような気がしてしょうがない。でその問題がさっき言った疎外ということにつながるんじゃないのかなというふうに思っています。でどういうことかちょっとその辺りからなんですけれども、1960年代にいわゆる幻想論という形で言語にとって美とは何か、それから心的現象論、さらには共同幻想論という形で、次々に吉本さんの仕事が、登場してくるわけですけれども、さっきもちょっと言いましたけれども、その時我々はこの吉本さんが使った疎外という概念をもちろん、言うまでもなくマルクスがとりわけ経済学哲学思考の中で使った、概念、疎外という概念を下敷きにする形で理解をした。さらに遡っていけばもちろんヘーゲルの疎外概念というのがあるわけですけれども、でそこのところで、出てきた疎外っていう概念の理解っていうのは本的にはどういうふうに言ったらいいのかな、やっぱり2つの世界、もともとの本体の世界があって、その本体の世界から阻害された領域というものが、いわば分離されると。でその分離された阻害、もともとの本体から分離された阻害された領域というのが、それが一旦阻害されると今度は反作用でその本体に対して支配力というかを行使するようになる。逆律っていうのは基本的にはそういうことであると。つまりもともと例えば人間というものがあり、そして人間という存在、あるいは人間という存在が行う活動によって何か例えば物が生産される、商品が生産される。今度は逆に生産された商品の側がそれを生み出した人間の側を逆に支配する、拘束するようになっていくと。こういう形で疎外というものを考え、また疎外に必然的に伴う形の逆律というのを考えると。でその背景にあるのは、ヘーゲルにしても、それから初期マルクスに
にしてもそのように理解されてきたと僕は思うんですけれども、やっぱりその市民社会と国家という人間性に象徴されるようなその実体性とその実体性から阻害された、まあ、吉野さんの言葉では幻想領域というものの間の人間的な関係というものをベースにして捉えていたんじゃないかというふうに思うわけですね。で吉本さん自身も例えば60年代に書かれたカール・マルクスなんかの議論を読むと明らかに、まあ、やはりそうした人間的な理解とつまりその株構造マルクスで言えば株構造と上部構造ということになるわけですけど、でも株構造に対する、まあ、上部構造の相対的な独自性ということはさっき三上さんもおっしゃったわけだけれども、やはりその構図というものを踏まえて議論をしていたんではないかと。だから株構造としての経済に対する上部構造としての宗教法国家という幻想領域というこの構図の中で疎外という概念、まあ逆に言えばその構造を支える一番基本にある概念というのが疎外という概念というふうに。さてそうした60年代の構図と、まあこの山本さんのさっきね報告していただいた内容に踏まえているこの二元性っていうものがいろんな意味でそのマルクス主義というものをいろいろ拘束して、例えばここで反と非という問題を山本さん触れたわけだけど、この二元性があるからこそ反という発想もおそらく出てくるだろうというふうに思います。ところがこのことに対する大きな展開というのが、まあ、すでに1970年代からそして決定的な形では80年代に現れ吉本さんの中で現れてきたと僕は考えている。それはどういう展開だったのか、一言で言えばこういうその二元性実体的なものと幻想的なものあるいは株構造的なものと上部構造的なものの間の二元性という枠組みの中で例えば幻想というふうな幻想領域というふうなものを考える疎外論的な発想というものが明らかに吉本さんの中で変容し始めているというのを僕は70年代の特に後半あたりからの仕事に感じるわけですね。で何も言ったかと思うんですけれども70年代から80年代にかけての吉本さんの仕事というもの、まあ、これは山本さんがさっき非常に手際よく整理してくださったわけですけれども、まあ一つの柱は古典論という柱、まあ、古典論は戦後間もなく吉本さんがいくつかの古典論を書いてるわけですけれども1971年の実朝かな源実朝によってもう一度手がけられてしかし吉本さんのその古典論の持ってる意味合いっていうのが非常にはっきりしてきてやっぱり70年の後半から80年代にかけてのいくつかの仕事、まあ、特に僕の考えでは初期火曜論であり源氏物語論でありというふうなことになるんじゃないかと思います。でこの古典論の問題は実はやはりこの時期から再び吉本さんが非常にその数多く手がけることになる詩論の問題と詩の問題ともおそらく重なってくる。それからもう一つの柱がいわゆるイメージ論と幻想論という言い方の代わりに80年に入るとイメージ論とマスイメージ論あるいはハイイメージ論イメージという言葉を使う、まあ、それは今三上さん言ったように像という問題が非常に深く関わってくること、それともう一つが宗教論ですね。親鸞論それから、マルコフ福音書論も現れるわけですし、宗教の、天皇制論もある意味では広くこの宗教論の中も含めて考えていいのかなっていう感じです。ちょっと別に考えた方がいいのかな。でここでこうした仕事を通して生じた変化っていうのは一体何なんだろうと。例えば古典論を例にとって考えるとさっき申し上げたように初期火曜論という大きな仕事がこれは1977年ぐらいでしたかね現れます。
じゃあこの食会応論の中で吉本さんは一体どういう仕事をしようと。もちろんここでは日本における詩の起源ということが問題になっている。でそれをずっとできるだけ遡って聞き換えをあるいはその舞をというところまで遡ってそこから主として和歌を中心にした日本の詩歌の歴史というところを通ってるわけですけれども、一つ僕が注目したいっていうか食会論の中で、着目したいのはやっぱり枕言葉の問題ですね。この枕言葉論というのが食会論の一番中心っていうか骨格を成しているというふうに僕は考えている。じゃあ枕言葉って何かっていうと、もともとは枕言葉っていうのは場所なわけですよね。ある場所を表す概念であった。ところがその詩歌の歴史の中で次第にこの枕言葉はもともと持っていた場所との具体的なつながりっていうのを失って純粋な習字っていうレトリックっていうか、もっと端的に言えば意味を持たない言葉、足引きのとか、足引きのって山かな、山の枕言葉になるわけで、そういうこの足引きのっていう言葉はその事実上その詩歌の中で意味を含まない一つの習字として使われるようになってくるわけですね。でこうした意味を持たない習字としての枕言葉というものが日本の詩歌の歴史において、不可欠な要素として組み込まれていくというところに日本の詩歌の歴史の、性格というかな、それがあるという議論が僕はされていると思うんです。でもこれは単に歴史の問題なのかと思うわけです。むしろその枕言葉論に着目をする形で古典論を書かれたこと自体に僕は吉本さんの時代認識、もっと端的には現在認識というものが投影されてたんではないか。それは端的に言えば詩から意味というものが消えていくという認識ですね。詩から意味が消えていく。で、このことは裏返して言えば詩というものが限りなくイメージイコール像というものに修練をしていくと。そして同時に有名な習字的な現在という概念があるように、この詩あるいは言葉から意味が消え代わりにイメージ像というものがせり出してくるという形で、詩の言語、詩的言語というもの、あるいは詩的表現というものを捉えようとする吉本さんの認識というのはそのまま彼のさっきも言ったように現在認識という、つまり吉本さんが今現にいる、この場合だと1970年代の後半から80年代というまさにその現在というものの認識の核心に関わるものを指し示していると言えるのではないか。で、こうしたそのつまり古典論あるいは詩論という側面から見ていった時に見えてくる問題っていうのは、吉本さんが現在というものを限りなく意味が消滅し、世界がイメージイコール像というものに修練していくようなプロセスをたどっているという現在認識というものを指し示しているのである。じゃあこういう現在認識というのは一体どこから出てくるのか、あるいは何がそこで問題にされようとしているのか、これいくつかの問題が多分あるんだろうと思います。ただここでは少し絞った形で言うと、ここに僕はその先ほど言ったフーコーの衝撃というのが関わってくるんではないか。で共同幻想論を書いた時に吉本さんはその固体幻想、対幻想、共同幻想っていう幻想の三層構造というものを考えて、でそれ全体をさっき言ったように一つの幻想論の疎外論の構図でもって考えようとした。だからマルクス的に言えば下部構造から上部構造というのは分離して、それが相対的な独自性を持って下部構造に対して逆立するという構図。
でその構造をそのまま幻想論そのものの中における固体幻想と対幻想と共同幻想の逆立という形で考えようとした。でこの幻想論の在り方っていうものについてはもうさっき山本さんが言ったように非常にこれ自体非常に大きな意味を持った仕事であったことはこれはもう間違いないし、我々は繰り返しそこへ帰っていく必要があるという仕事であることは言うまでもないわけですけれども、1969年に「状況」っていう著作が出ますね。これ文芸にずっと連載された一種の状況論、当時の、ちょうどドンパチやってる真っ最中の頃の状況論。僕の記憶ではここの中で初めて吉本さんはフーコーに触れているんですね。機能主義の限界感性だったかな、機能主義の感性とかっていうタイトルの章だったと思うんですね。その中で初めてフーコーに触れている。で、フーコーだけではなくて当時のその構造主義と言われた人たちに対して、吉本さんはこれは一種の機能主義ですと、ファンクショナリズムだという、批判というものを当時加えて、批判を加えていたわけですけれども、だから僕が今状況論状況を読み直してみて気になるのはある一箇所だけなんだけれども、フーコーに対してちょっとした魅力を感じるっていうふうに吉本さん言ってるんですね。僕はすごく気になったのはそこなんです。明らかに吉本さんは、その後の流れも踏まえて我々その後の吉本さんとフーコーの関係っていうのを知ってるわけだから、その後の流れっていうものを含めて考えれば明らかに吉本さんはフーコーの強い牽引力っていうか、魅力というか牽引されるものを感じた。じゃあそれは何だったのか。それが先ほどちょっと言いましたけれども、自分は共同幻想論というその議論の枠組みの中で幻想というものについて原理的に考え尽くしたというふうに思っていたと。ところがここにミシェル・フーコーというフランスの思想家が、自分がやった共同幻想論のやり方とは全く違う形でこの共同幻想ある種の幻想、共同意志と言ってもいいかもしれない。それをあるいは国家の問題と言ってもいいかもしれないですね。それをなんていうのかな、始末するというか、それに決着をつける。端的に言えば、共同幻想論は共同幻想の解体を目指すという形で書かれてたわけだけど、フーコーの著作の中には自分が考えた経路とは全く違った形で共同幻想の解体へ至る道筋っていうのが用意されているのではないのか、可能性がそこに示されているんではないのかっていうことを僕は吉本さんは感じたんじゃないのかなと同時に、このことはその吉本さんの共同幻想論が書かれた時点ではちょっと変な言い方ですけど、極めて吉本さんの立場は一国主義的な立場だったと思うんですね。日本という場の中でという意味で一国主義的な立場から書かれていたわけだけれども、実はこのフーコーとの出会い、あるいはその後の70年代から80年代の流れというのは、実はこの共同幻想論でやろうとした問題課題というのが世界思想の水準とスパークをしたというか接触をしたということを意味しているんではないか。でこの場合の世界思想っていうのはより具体的に言うと、吉本さんがずっと息をしてきたヘーゲル・マルクスというライン以降の端的に言えばニーチェでありフロイトであり、また別な読み方をされたマルクスから始まったところの構造主義からポスト構造主義というふうに呼ばれる潮流によって開かれた思想的な方法というか地平だったというふうに思います。こうしたものともろに吉本さんの共同幻想論を中心として達成された60年代の成果というものがぶつかり合うという場面がフーコーによってもたらされた。でこれはフーコーだけじゃないですね。70年代やはり70年代に吉本さんはそれまでの吉本さんでは考えられなかったような一つのその仕事の領域を開くわけで、これが書物の解体学という本の中で
西欧の何人かの思想家文学者たちの作品に、もちろん翻訳を通してではあるとは思いますけれどもぶつかって、なぜでその後吉本さんの仕事はさっき山本さんもね言ったように、多くの西欧の同時代の思想家、広い意味の同時代の思想家たちの仕事とその交錯するようになっていきます。で吉本さんの中には明らかにこの時点の現在の中で示された世界思想の水準というものと自分の思想というものを対質化するというかぶつけてみたいという欲求あるいは必然性というかそういうものを非常に強く意識するようになっていたんではないか。そしてその中で見えてきたのがある種の吉本さんの抱いてた世界像の旋回っていうか変容ではなかったのか。さっき言った終時的な現在というふうな言葉に示されるような意味が消え代わりにイメージイコール像がせり出してくるというような世界像というものが背景にあったのは僕の認識では今言ったその吉本さんの幻想論が当時の世界思想のレベルにおけるさっき山本さんが非常に的確にまとめてくれたような世界思想の中に起きた旋回の問題とスパークするところで出てきたものだったんではないのか。でそのことの一つの帰着点というのが一方で言うとハイメージ論へ行く流れ、その前提にマスイメージ論がありそれから重層的な非決定があるわけですね。で、もう一方の曲で出てきたのがやっぱり親鸞の問題だった。で特に僕は最後の親鸞っていう本を読むときに最後の親鸞っていうともうおそらくやっぱり一番よく読まれて最後の親鸞の中心的な内容として理解されてきたのはその一番最初に置かれている最後の親鸞っていう章であったと思います。ただ僕個人としてはこの最後の親鸞を読むときに重要なのはこの増補版が作られたことだと思うんですね。78年に初版が出たのに対して、それから3年後に増補版が出た。でこの増補版で最後に実は一番長い、それ以前の、初版に最後の、そうですよね、最後の診断が53から出た。一番長いとは言えないかな、微妙なところがあるけれども、でも一番長いと言っていいかな。教理上の親鸞という章が増補された。このことの意味が非常に僕は重要だと考えています。ある意味ではこれがつくことによって最後の親鸞という本は初版版最後の親鸞と増補版最後の親鸞というのは全く別な本になったと言っても過言ではないくらい大きな変化というものをこの最後の親鸞という本は経験することになったというふうに言えるんではないか。じゃあ一体どういうことなのかと。最初の初版の段階で最後の親鸞を書いた時に吉本さんは親鸞思想というものを理解する上で、教理を扱った教行信証という一般的には親鸞の主著と言われている著作、この教行信証という著作は親鸞の思想というものを本質的に理解するためには必要のない本であるというふうに初版の段階ではおそらく吉本さんは考えていたと。だから教行信証を読む必要はないと。親鸞の思想を理解するために親鸞の思想を本質的に理解するためには教行信証を読む必要は全くないんだと。教行信証はなくてもいいんだと。親鸞の理解のために明らかにこういうふうな理解に立って初版の最後の親鸞は書かれていた。じゃあ最後の親鸞の親鸞思想の本質というのはどこにあるかというまでもなくこれは「歎異抄」であり「全う章」であり、といういわゆる
き書きあるいは手紙といったような、テクストですね、親鸞の。そういうものを通して親鸞の思想の本質というのは再構成できるはずだというふうに吉本さんは考えた。ところが3年後に出たこの増版の親鸞ではそのいらないはずであった教行信証に正面から吉本さん取り組んでるわけですね。明らかにここには展開が生じているわけです。じゃあ一体なぜいらないと考えてきた教行信証に改めて吉本さんは取り組まざるを得なかったのか。そこにさっき言った問題が関わってくるんではないか。じゃあそのもろもろ先ほど言ったような経緯の中で、生じつつあった吉本さんのその幻想論というの疎外逆立をその実体と幻想の二元論のこう相互関係というものの中から具体的にはヘーゲル・マルクスのやや古い理解というものをベースにしながら行ってきた幻想論の構図というものが現在性というものの中で変化しつつあった。そのことを最終的に決着させる媒体っていうか決着させる場となったのがこの教理上の診断っていう僕はテクストだったんじゃないかというふうに考えて、じゃあどういうことかと。改めてコピー取らなくていいですね。ちょっとここで、じゃあこのページだけでいいや。このページだけちょっとだけバーッと。このページというとこの1ページですね。そうそのページだけです。いやいいですよ。だからあれだよね、70年の80年の頃にさ、あの頃の吉本さんがやっぱり一番難しいよね。ここでね。それとね、もう一つ今言わなかったけど、もう一つ吉本さんにその展開を敷いたのは、僕はやっぱり連合赤軍の問題だったと思うんですね。要するに戦後っていう意識が、激しい戦争が終わった後っていう戦後って意識が、もう一つの戦後って意識が。でそれ一番象徴したのは連合赤軍の問題があった直後に行われた谷川についての講演だったと思うんです。あそこで戦争が露出してきたっていう有名なことがあそこ戦争が露出してきたっていう言い方はちょっと僕はあれはむしろ戦後が再び露出してきたっていうふうに理解をしたいと思うんですね。あの辺りでじゃあ連合赤軍が残した問題っていうのをどういう形で決着させるのかっていう問題はやっぱり吉本さんの中ですごく大きな問題すごくあったんじゃないかっていう気がするんですね。ただ逆にね、連合赤軍の問題もそうだけどさ、結局古い社会主義って言ってもいいですよね。あるけどね、要するに自己意識のが自分の主体意識として表現したはずがね、全く別のものに変わってしまうと、そういう構造がね、続いてて、その構造への批判みたいなやつがね、どこで有効だったんだっていうことに対して吉本さんは犠牲があったんでしょうね、あの時。そういう衝撃を受けたってことは間違いないよな。どんなに善意からであり自分の意思とか主体性とかそういうものに基づいて行動することが途方もない愚劣な結果あるいは悲劇的な結果を生んでしまうという逆説っていうものを目の当たりにしたのが僕はやっぱり連合赤軍問題だったんじゃないかと思うんですね。だから非常に象徴的な事件だ。ちょっと戻ります。それでじゃあどういうことなのかということでこの、166ページの第2段落目のおそらくというところはちょっとその後のところを、読んでみたいと思います。おそらく教理という時そこが一番問題になる。これはどういうことかって悪人小季節というような考え方。親鸞っていうと善人な表往生す言わんや悪人を親
でしたっけ、逆だったかな、どっちだったまあいや、増悪論あるいは悪人消費説。でも親鸞の悪人消費説って言うと、その悪をなすがゆえに救われるってゆえにっていう発想ではないんだということですね。そういう因果関係っていうものを、つまり例えば法然なんかでもまだあるわけですね。念仏すれば救われますよと。念仏をすることによって救われます。そうすると念仏と救われるということの間にある種の因果関係というか効用性っていうのは想定されるわけですよね。何々であるがゆえにこうなるという因果性と。ところがこれあくまで吉本さんの読み方に即してということになりますけれども、そうじゃないと。親鸞が最終的に至りついた地点というのは、そういう効用性や因果性というものが一切否定される世界と。でそれがおそらく教理という時、そこが一番問題だから、教理という言葉で問題されているのは教義ではないわけですね。教えの論理ではない。そうではなくて、ある一つのなんて言ったらいいんだろうな、ある場というか、問題の場というか、ちょっと読んでみます。おそらく教理という時、そこが一番問題になるわけ。非相非属の問題とも絡みますけど、ありのままに生きている、自然過程はありのままに生きているという事実だけでいい。つまり悪っていうのは何かっていうと、我々が自然過程にあるということそのものなわけですね。親鸞の考える悪というのは我々の自然過程である、ありのままに存在しているという事実である。これが悪なわけです。あらゆる人為的な宗教性はいらない、救いの目的もいらない、因果もいらないということになれば、まさに何が宗教なのかっていう問題も含めて、浄土信仰が、称名念仏が宗教という形を取ることの意味は何か、あるいは別な言い方をすれば、そこになお宗教といえる契機というものがあり得るとすれば、それは一体何なのかという問題が当然出てこなければいけない。こういうことを考えるのが教理なわけです。これが教理だった。親鸞がギリギリ最終的に到達した地点というのは、こういうギリギリ宗教っていう、もちろん親鸞は宗教って言葉は使ってないでしょうけど、宗教っていう言葉にあたる信でもいい、信仰でもいいし、念仏を唱える根拠理由っていうふうに考えてもいいのかもしれない。そういうものが、問題になければ、もし親鸞の中に教理上の問題があったとすれば、この問いの中にしかなかったはず。ありのままにある自然過程の中にある人間存在というもの、見た目にはただありふれた人間存在としてこの世にあるありのままの人間存在に、理想そのものにおいてある種の宗教性というものが成立するというふうな形にならなければ、親鸞的な意味における宗教性というのは成立しないことになる。つまり何か自然過程から阻害される形で、あるいは自然過程から独立する形で真の世界というものが別なものとして逆立する形でその真の世界というものが作られるという形ではもはやないんだと。自然過程そのもの、ある意味では外側から見る一元的な自然過程の一元性というものの中に完全に埋没した形でしか真というのがありえないはずだと。これが親鸞的な宗教性だということですね。で、何らかの因果、目的、効用によってこの世を調出しようとする普通の意味の宗教性が全部解体してしまっているわけですから、凡俗の身が自然過程の中でありのままに生きながら、なおかつありのままに生きている中において宗教性というものが成立しうるというふうにならなければならない。これが非相非俗の意味だと思うんですね。相にあらず俗にあらずと。要するに相でもなければ俗でもない。これ要するにそれはどういうことかっていうと、形の上では自然過程そのもの、つまり俗そのものに内在しつつ、今度はその俗の中から宗教性というものの契機をつかまなければいけない。それは別な言い方は、自然過程の中にありのままに生きている人間の内部に、つまり外側にある教団とか教会とかお寺とか、そういう外部の超越的な参照点を一切取り払ってしまって、まさに当のありのままに生きる人間、この悪の世界の中でありのままに生きている人間そのものの内部に自然過程をはみ出す
形で出てくるような宗教性の契機というものが存在しなければならない。つまりこれ図で書くとこういうことですよね。こういうふうに別真の世界と現実の世界、こういう形で別に分離をされるんではなくて、自然過程の内部にこの中に一種の亀裂というかひび割れ、この自然過程そのものの内部にいくまで内在しつつ、ここに一種のひび割れのような形で出てくる、これが真でなければいけない。だからもう全然このひび割れた世界っていうのは自然過程から分離してないわけです。自然過程そのものの中に完全に一元的に内在している。内在しているにもかかわらずそこにある種のひび割れというか逸脱というか、それがさっき言った言い方では僕は岩ということだと思います。岩っていうのはそういうふうに理解しなければいけない。岩された世界というのはもともとあった世界から離れて別なものとして出てくるんではなくて、岩というのはその内部、一元的な世界の内部そのものの中にある種のひび割れであり亀裂でありズレであるというふうに、そういうふうに考えなければいけない。もしこういうふうに考えるとすると、共同幻想論の読み方っていうもの随分変わってくるはずだというふうに思うんですね。で、ちょっともうちょっと最後まで読んでしまいますけど、その段落ね、外にある教理とか教説であるとか偉いお坊さん、とかそんなものに何の頼りもならないからそのままで救われるんだという時に、そこになおかつ宗教という経験が残るんだとすれば、その根拠となるのはありのままの自然過程そのものの中に自然過程と宗教性への超越との分裂というか二重化が生じるはずだと。一切の外部への超越が禁じられている以上そうなるしかない。無理やりでも何でもこの自然過程内部に距離を作り出す、自然過程の内部に宗教性と自然過程の間の空量を作り出すというようなやり方が必要である。僕は教理上の親鸞の中に、見た吉本さんの親鸞像の確信ではこれだろうと、こういうものであろうというふうに思っています。でこのことを見出したっていうことが、僕はその80年代の吉本さんの思想というものを考える上で決定的な意味合いを持っていたのではないか。これは別な言い方をすれば、さっき言ったフーコーの衝撃の内容とも関わるわけですね。フーコーがもたらした衝撃というものは形を変えてこういうふうに吉本さんの中でエコーを共鳴しているっていうか響いていると。はい、そこはね、僕は今まで言った解釈と違なくて、吉本さんがね、幻想っていう概念にこだわったね、25時でもいいんですけどね、吐き出すここの問題でね、結局僕が最後の親鸞を仕事が何を確認したかっていうことにもなるんだけど、吉本さん自身は現実の中でやっぱり現実の制約を超える人間のね、現実の自然存在その持っている自己矛盾といえば自己矛盾なんだけど、そこから発生するものとしてのね、いわば幻想っていう概念があって、これは意志というさっき言ったけど幻想っていう概念でいいわけでね。でその幻想がたまたま類的なものを媒介にして神みたいな外部のものに、なっていくって過程はあるんだけれども、その根源自体はいつもそれはそうなんですよ。だからね、超えようとするその自然過程としては人間の存在過程としてはこういうところから発生すると。でこのこと自体は吉本さんの俺は特別ね、最後の親鸞の以前で変わったっていうよりも、むしろ最後の親鸞論でね、形を変えてむしろ阻害表出論というか彼のね、幻想論が改めて確認されたっていうふうに俺はむしろ読んでたんですけどね。ここにね、さっき山本さんが言ったね、反ではなく非だっていうところが関わってくるんだと思う。もちろんです、だからこっちだとこれがこの構造はこれが反なんですよ。これだとね、この構図ね、この構図が反、これは非なんですよ、山本さんの言い方。
要するにその反から非っていう展開が僕はここでだから要するに稲荷さんの言うのはよくわかるんです。その通りだと思いますよ。その通りなんだけれども、もし大きな構図の変化っていうのが現れたとすれば、さっきの山本さんの言葉を借りて言えば、やっぱり吉本さんの中に幻想論をめぐって反の構図からね、非への展開が起きたっていうふうに僕はやっぱり考えるわけですよね。そのね、絶えずまだ以前の吉本さんだとさ、この出てきた疎外した幻想とね、現実を絶えず照合して疎外された現実を現実の方に取り戻そうという考え方が強いじゃないですか、振り込み。でまあ幻想から帰ってくるっていうか帰りがけという形でそういうふうに言ってたでしょ。だけどその時代性というかさ、この時代性自体といったこのなんていうか宗教的なわけだから疎外される時代性としての宗教性でもいいんだけど、ここで使えばね幻想性ということでもいいんだけどさ、そうなった時にそれがその構造としての非みたいな形です還元されないというか構造成立してるというような形にやっぱりここでなったんだと思うんですよ。でこれは僕が言ったらむしろ70年のその吉本さんのプロロ書いてる吉本さんが言ってる時の非構造っていう構造が違うとかね分離してるとかね、いうことでまだここではある程度関係するんですよとかっていうふうな形で、まあ微妙なところでその決定と非決定みたいなところを残してたね、ことに関してかなりこう言い切ったっていうようなところはあるんだと思うんですよ、80年入ってね。だけども70年の時にもそういう共同幻想論自身の中にもそういう考え方自体はそういう読み方ができるはずだと僕はずっとそういうふうに読んできたんですけどね。ただもう一つ付け加えるとするとこの問題にさっき言ったその意味が消えてイメージ像の世界に行くという問題も関わってくるんだと思うんですよ。だからどういうふうに言ったらいいかな、もう一つ僕が考えていたのはその共同幻想論以降という問題で考えていたのは、国家共同幻想のさらに悲願というものがね見えてきたと。で要するに悲願の共同幻想あるいは共同幻想の悲願と言ってもいい。でその世界をイメージイコール像という形で、つまり意味のない世界で、この意味のない像イメージの世界っていうものへと帰着していくっていうことに一番最初に言ったその表出っていう問題も最終的には行き着くんではないか、つまり表出っていうのは表現じゃないんですよ。表出を表現だというふうに、表現っていうのは内から外へ出すっていうことです。でも吉本さんの表出っていうのはそうではないんだ。むしろ内から外へっていうふうな言い方の中に絶えずこう見え隠れしているなんていうかな、内容とか意味とかっていったようなものから言語表現というものを考えるような構図っていうものをむしろ解体するものとして、だから表出論の最終的に行き着くのはイメージ論なんだというふうにむしろ考えるべきなんじゃないかと。自己表出っていうのをそういうふうに考えるべきだと。そうかそうか、分かった分かった。さそこのところさ吉本が最後のところに言ってる自念の概念とそう絡むんだね。自念で自念の問題であり、こういうふうに言わせる幻想エコー幻想の問題でもある。この場合の幻想は帰る方のねだからね、僕はね、そのね、吉本さんが25時と言った時とか幻想って言った時にそれはある種のね幻想を超えるね、あえて言えば有効性でもいいんだけど、そういう意味で意味というかそういうことを人間のね社会的意味とか性的意味じゃなくて、むしろ人間の存在にとってね幻想がなぜ必要なのかとね、そういう自己矛盾から生み出した自然性なんだけど、それはというふうに俺は解釈してる。そこは、確かマスイメージ論の中でそういうところをやっぱり言語にとって美とは何か以来の用語を踏まえた形で価値イメージって言ってますよね。つまり意味が消えてイメージの世界を修練していくのはその表出における価値の問題だと。でイメージ価値って言い方はしてたかな。だから価値的なものっていう形で吉本さんしていけようとしてますよね。だからイメージは価値なんだと、意味ではないんだというそこのところが
これは言語にとって美とは何か以来のね、表出論の一つの決着点でもあるのではないかっていうことは気がしてるんです。最後の親鸞の自念の概念にさ、ぐーっといく時のイメージっていうのは多分そのまあある面で幻想をね、何かのその価値に還元しないっていうか意味に還元しないという意味ではそうだけど、でも究極的にそれ自体はね、人間にとってのその現実を超えるというね、そういうその人間の生理の持っている存在から阻害されたものというかね、出てきたものという考え方を僕はその幻想っていう概念の中に持ってたから、そこはあんまり一緒されてない。まあでも幻想のその存在そのものをどこへ価値づけるかっていうと、吉本さんの最後に無意味とか、ずっとねその自伝の方でもそれを持っていく時も展開としては分かるよ。そういうことは言ってたと思う。ただ俺は吉本さんのその現からの反省意識とかいろんなことを言ってて、まあ、その反省意識の別に何かのっていうか、それ自体がもう自体性としてね存在するというような意味で、言ってると思うんだけども、そういう意味をまあある面で価値というかそのことをね一論的な意味での僕は解釈をずっとしてきたんですけどね、人間のあれとしては。僕が理解してるのはね、心っていうのは風光的に言うと自己技術だと思って、なるほどね、自己技術ね。だからその心という形で自らが自らに対してどういう関係性を取るかということのあり方を、僕はその仏教論とキリスト教論と天皇制論まで含めた心の構造で問い返してたと思うんですよ。なるほど。でその時にその心がその宗教性とどういう形での関係性を取ったらいいかという時のあり方において最後の親鸞で、あるいは親鸞のあり方を吉本さん自身がその同一化していくっていうね、そう同一化していくっていうそういう思考技術なり思想なりをこう作り上げて作り上げたっていうのがそういう引き寄せたと思うんですけども、その時に僕が一番気になってるのは応想と感想ね。だから向こうへ行ってまた戻ってくるっていう、だから別な言い方すると社会主義の宗教性のイメージ、あるいはキリスト教の宗教性のイメージっていうのは向こう行っちゃうだけなんです。行っちゃうだけ、そう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 、その通り。行っちゃって向こう行ったところに自己技術を阻害させていくっていう形を取っていくんですけども、それに対して行ってまた帰ってくる。でこれはなんだっけ、エンデ自身もそういう言い方してるんだけど、社会主義というもの、あるいは理想的な世界というものをそこに想定してそこへ飼育されるんじゃなくて、それを自分の側にもう一回持ってきた時に成立するような神と宗教性との関係を最後の親鸞で組み立てていった時に、別な言い方すると社会主義的革命論への呪縛を断ち切ったんだと思うんですよね。だから最後の親鸞は別な言い方をすれば、僕は社会主義あるいはマルクス主義的なものとのなんか決別を僕は成したものだっていうふうに僕はそういうふうに理解してるんですけども、でそうすると今度逆に前中書史論からずっと流れてきてる中で、天皇制へのじゃあ宗教性へのこう批判のロジックの立て方として、その最後の親鸞のロジックで対抗できるのかって言ったらば、僕多分ね対抗できないと思うんです。だからそこのところでその問題はもう一つ道で言っちゃうと、いわゆる仏教的な形で阻害される宗教性と、それから神道的な形で阻害される宗教性との違いをね、吉本さん自身はまだ僕はクリアにしてるというふうに思えないんですよ。だから仏教論は仏教論になっちゃってて、キリスト教論はキリスト教論になっちゃってて、それから天皇制になっちゃって、特に天皇制のところでそこの切り込みのところまで行ってないのが
ある意味では共同幻想が示する、あるいは共同幻想が解体する、あるいは共同幻想を証明するでもいいんですけども、その問題を究極的にやっぱり答え出しきれなかったということだと思うんですよね。で僕は僕なりに共同幻想の示すではなくて、共同幻想が多様的に多元的に構造されるということから、国家的共同幻想と場所共同幻想の対立というところを定めることで、今僕の言ってるその神と宗教、あるいは神と神との関係の幻想技術の新しい自己技術がそこで作り出されるだろう。でそれが一番最初に戻りますけども、政治的実践なり投機的実践なりを含めた変革行動の、基準になるんだろうっていう、そういう淵の仕方になる。ここはどうですかね、そこのところは微妙でね、結局共同幻想の次のところにさ、最後のだったっけあるじゃないですか、法というのは結局日本では法的阻害っていうのは基本的にその自然からの恐怖を縛るものだという概念があるでしょ。でこれが日本的な自然思想で、まあ僕はこれは意思でも何でもいいんですけど、幻想でもいいんだけど、その人間がねその自然から自己阻害したもの、それを人間の固有の力としてではなくて縛るというかね、恐怖感で、これが日本の思想ずっとあってね、でこれを縛るために対象をね、自分の権威、天皇とかいろんな宗教へ持っていくという形が日本人のね対多関係の中に共同幻想の起案にあるんだ、ずっと宗教性としてね。でこの時にこれをね、この親鸞は縛るんじゃなくて、この自然の中に解体する、自然性の中にね、ある意味自然の思想の中に解体するっていうのは確かに親鸞の意思の思想なんですよね。それはそうだと思う。最後のでだけど僕はもう少し吉本さんが自立って言った時の考え方の中には、その縛られる思想に対する対決っていうのがずっと戦中を含めてね、要するに自由っていう概念をね、吉本さん流にやっぱり読み替えていろいろね、あの時、吉本さん流にやっぱりちょっとその言葉を使わないでやってきたんだけどというふうに思ってた。俺はそういうふうに解釈してて、で確かに最後のその親鸞というよりは後の一番最後の親鸞でも一番死ぬ直前のやつで出して行こうとして出てるね、あそこの伊藤が編集して出てるやつの中に自然との概念でギリギリぶつかってる時、吉本さんのそのがよく出てて、ここはどこまででも一方で吉本さんはこれは自然思想でおっかないんだよ、すごいで必ずしも同知してないって非常に怖い思想だっていうことを言いながら、ある意味で自分の思想との思想をね、それに全面的に預けたというふうには言ってないんじゃないかというふうに思ってたわけで、やっぱり僕らは日本的な自然思想の最後の共同幻想論でもそうだけど、法ということにだから法に対する現れ方がね、法的なものの見方がね、多分そこはヨーロッパの意思としての法ということね、ちょっと違うのかもしれないけれども、縛るものとしての法というね、この自分の意思をね、そういうこの日本人の自然思想っていうか幻想性に対する幻想的な存在様式というか人間の存在様式に対しているそれ自体を自分がどう位置づけるかというところで発生する。でそこに僕は権力概念で天皇制っていう概念が権力的にずっと生き延びてきて、で日本人がやっぱりそこで対決できなかったということが非常に大きな問題なんだっていうことを政治形態いくらか民主的に変わってもね、根本のところにあるねそういう問題が変わらないから、日本の政治っていうのはねやっぱりそういう一種の天皇制的な形を形態変えた形で権威というかそういうものがずっとね支配する体系になってるっていうふうに僕は日本の政治論のその根本みたいなところを見てるんだけれども、そういうところでいうと吉本さんがでも一方で最後でねこの無意味というか意味のない生活存在ということを言ってたところが非常に魅力的なところで、そこはこれは大西教授もそういうふうな評価したりしてる時にそういう吉本さんの最後のイメージっていうのが
ヨーロッパの思想ではないそういうとこイシロンを超えた形でイシロンまたもっと違う形で超えた形でというそこのところにこの思想がねあったのかもしれないっていうようなことは分かる。ただ25時この当時やっぱり吉本さんももう一つ非常に強調してた25時論があってね、でこれはまあ88年に僕らが行った時も吉本龍明25時ということを一応わざわざ名前つけたのはそういういわばその25時の世界ということを吉本さんがそのやった時の25時っていうのはやっぱりああいう種の幻想の世界ということの意味なんだよ。25って幻想のそうですよ。幻想の存在意義ということなんですね。だからでも三木修行的には自然過程そうだからその問題もあるよね。だからやっぱり三木修行の問題もあるよね。こういう自然過程のね捉え方が出てきた背景にはもう一つあるのはやっぱり三木修行なんかのね捉え方で、その問題がやっぱりアジア的あるいはプレアジアアフリカ的っていう問題にも全部つながっていくわけでしょ。もう一つのつまり共同幻想の向こう側にねあるもの、共同幻想の向こう側にあるものがある意味ではその先祖返りじゃないけど循環するわけじゃないけど三木信号的に言えば生命の、ね、起源段階でありねアフリカ的なものであるとそこも自然論なんだけど、やっぱり吉本フェールバッハのねこの自然相互規定みたいな考え方はねエンゲルスにある面で自然論のそれは要素があったのかもしれないけど日本人の中にね割と受け入れられやすかったっていうのは日本の自然思想の中に割とそのなんていうのかな受け入れる傾向があったというようなことに対してさ、吉本さん自身のその戦前のその自然思想へのね日本的自然思想へのこのメリットってね、日本の左翼運動が割と対抗した時のその心的行動の中でねこのなんていうのかな幻想論みたいな形のことがないっていうかね幻想論自体が自然論と割と自然論へ行くね基盤としてその相互規定論みたいなところへ行くそのへの規範がずっとあったんじゃないかという両面性があるんじゃないかな。僕から言うあれですけどものすごく大事なんですけどね、天津神共同幻想と天皇共同幻想絶対違うんですよ。だから天皇家はその天津神を非常に巧妙に使った種族しかないんですよ。でそこにスメラミコトの天皇制の統治作ったんで、日本人の共同幻想的あるいは自然的な共同幻想って絶対天津神なんですよ。と国津神なんですよ。でそれがたまたま天皇制っていう形で入ってきたここをとりあえず選んでるだけ。これが一回解体的状況になったのがだから逆に言うと戦国時代。そうすると文国法っていう法形態が変わるんです。だからねそれはねここで言ってる吉本の教授の時は法という形で法的阻害と言ってるわけだから別に自然思想一般を言ってるわけじゃない。日本の自然思想が法的阻害として現れる時のそれの縛り方っていうかだから古代国家的な法形態としての実労的法形なんですよ。だけど戦国時代の文国法は確実に国津神の論理に基づいてくださいと。まあだからそこのところは微妙な解釈で非常に変なね質問の山本さんに吉本さんって神仏集合とかねそういう問題について何かで書いてたかな。書いてないよね。だからそこなんだな。だから今の山本さんが言った問題はやっぱりその日本の共同幻想特に宗教的ね共同幻想の問題を考えるとやっぱり神仏集合の問題はね絶対外すことできないと思う。だから本学思想って言ってもいいのかもしれないけどそこのところに吉本さん触れてないのがねすごく僕はやっぱり残念なんですよ。別な言い方するとね文国法の時にその天津神的状況に立つのが仏教なんですよ。だから国津神と仏教が全然矛盾しない。そうでしょ。その通りだよね。だから仏教と国津神の共同幻想っていうのは全然日本の場合矛盾してないんだよね。でそういう法的形態が戦国法の文国法の中に全部出てくるんです。でそれは文国法っていうかほらアミノさんが書いてるよね中世の村落社会とかで例えば村落社会って外からの敵の侵入を防ぐために何やるかっていうと竹植えるんだってね。竹っていうのは聖なる木で竹の持つ魔力によって外界からの敵の侵入を防ぐっていうそういう発想でこれは明らかにあれでしょ場所的な幻想だよね。そういうものが実は中世の日本の社会っていうものを
村落社会みたいなものを支配していた。それは実は、大名戦国大名たちですら犯すことのできないある種の神聖な掟であったという、そのあたりっていうのはやっぱり面白いし、だからそのあたりを吉本さんがね、もし論じてるとさっきね三上さんが言ったその天皇制の問題、菅山本さんが言った天皇制を批判しきれてないんじゃないかっていうねところにももうちょっと違う。結局山本さんの言い方で言えば吉本さんのそのイメージ論へと修練していくプロセスと、その山本さんが言ったような意味における共同幻想の多元化っていうところの関係の問題に多分なるんだろうと思うんですね。だから別な言い方すると天皇家のあの賢さを要するに超えてないんですよ。だから天照自分の控訴心まで追い出しても自分を守るね、それからその海を照らす神を天照の神に作り変えちゃう、それから雨の水しも含めたって天津神体制をガーッと作って自分の共同幻想を守るっていう、この巧妙な共同幻想構成の力に超える場所の共同幻想の国つかみの力を持たないと僕は天皇制ってなくならないと。ちょっとね、お家にいないんだけど、俺、すいません、今日、どうしてるんですか。なんかね、田舎からね、ちょっと上京してるやつ来てね、救急でもうすいません。それで、なんか途中の議論で申し訳ないですね。まあ、僕のあれで、本当に申し訳ないです。でも80年代のところは非常に難しくて、難しい。一番面白い。いや本当に面白いけど難しいところです。吉本さんの主張理解。僕はやっぱり吉本さんにとって80年代一種の危機的な状況でもあったんだと思う。80年代をかなり本気で解明すれば現代まで、現代のわからなさっていうのは80年代のわからなさにね、ほとんど基盤があるようなね、だいたい70年の末から80年代のバブルの頃前までのね、前後前、ここに問題があるっていうのは。どうですかね、皆さんもこれちょっと思い浮かべる、意外に80年代って、はいはいどうも。80年代って意外に忘れてません。ごめんなさいどうね。いう時代だったか、自分の中でどういう時代だったかっていうことがなかなか思い出せない時代でもある。ちょっと聞きたいんだけど、高橋さん、はいはい、いいですか、はいはい、さっきおっしゃられたそのイメージにこう80年代でね、意味が消えてイメージになるっていうのは、それ実感的にはすごく思うんですよ、意味とかなんか考えててしょうがねえよねとかこう思ったり、世の中全部だーっとそういう高度消費社会って言われるように、でもそのこととさっきおっしゃられたひび割れっていうのはね、どうつながってきます？つまりイメージの中にもちろんそのイメージ高度消費社会を支えてやるとか言えばそれにつながるのかもしれないけど、ひび割れの感覚はちょっとよく分かんない。それはさっきの三上さん言ったこととも絡まるわけだけれども、その吉本さんは別段僕は消費資本主義というかね、高度消費社会の現実を丸ごと全面的に肯定したわけじゃないです、そうではなくて、そういう習字的な現在へと修練していくような時代の変化の必然性っていうのを認識した上で、逆に言えばその吉本さんは幻想論に込めたなんていうのかな、思想的なモチベーション、どこで維持していくのか。だから最後の診断の議論が重要なのは、その幻想論の最終的なモチベーションの根拠というかね、位置っていうのはこういうところに見出されるっていうところを、はっきりと述べているっていうことじゃないかと僕は思う。つまりある面から言えば、だから吉本さんの時代認識、例えば80年代の当時の日本の社会っていうふうなものを認識するとき、あるいはそれを見る眼差しっていうのはやっぱり牽引と反発と両方の二重性を持ってたと思うんですね、両面性っていうもので、ギリギリ最終的にその自分のその幻想論という形でずっとね維持されてきた思想的なモチベーションの最後の拠り所っていうものを
つまりそれをさっきも言ったように幻想論の枠組みをそのまま維持していくのが大変難しい状況っていうのが70年代から80年にかけて吉本さんの中で生じた。これはやっぱり吉本さんにとってはある種の思想的な危機だったと思うんです。でそこのところでどこに最終的な幻想論の根拠思想的根拠を見出すのかっていうことの試みは僕はこの最後の診断、まあもちろんこれだけではないですけど、最後の診断ある意味ではそのギリギリの一つの極限的なね試みであったと。そこで見出されたのがこういうところであったというふうに僕は思う。だから反から冷えっていうのはそういう意味で。だから一方で消費社会の現実にね吸引されている部分もあることはもちろんそれを非常に大きな魅力として見ている肯定的に見ている部分もあるわけです。ただあるんだけれどもじゃあそれを肯定的に見るということがそれをもしね完全に肯定的に見てしまい受け入れていくとすればもう幻想論の根拠ってなくなるわけじゃないですか。幻想論をそもそも論として立てる思想的に立てていく意味がなくなるわけでしょ。でもその意味がある時のね、損害っていうそのこっち側の方はすごくこうそこに生きていてもね、ちょっとこう実感的に思うんだけれど、今度こっち行った時に意味が消えた時のひび割れっていうのが、こうおっしゃるその内部の岩なんだっていうのをおっしゃる意味は言葉は分かるんだけど、どういうのをこう例えば高橋さんは高度消費社会と言われる状況の中で思ってる。それが25時なんじゃないかな。25時ってのはそういうことでしょ。はみ出す部分余剰だから山本さんさっき余剰イメージ論っていうふうに言ったようにはみ出す部分はみ出しちゃう。要するに我々がもし社会というものにあるいは社会が紡ぎ出す共同幻想というものに完全に同値するとすれば、それはその共同幻想の第1章から第4章ぐらいの時点の即有みたいなね、そしたら思想なんていらないわけですよ。で事実80年代から現在至るこの世界っていうのは猛烈な勢いで我々に対して思想なんて無用だよって圧力をかけ続けている時代なわけじゃない。思想なんて無用だよ、そんなもの何の役にも立たないよと。もしかするとそれは思想だけじゃなくて言葉もいらないよとかね、そういうふうな圧力になりかねないような状況っていうのがで、そういう中でさっきの山本さんのこの言葉なかなかですね、内省しながら自己関連の軌道をたどり直そうとする努力、これを忘れないようにするとすれば一体何がその根拠になりのかっていうか絶えず模索し続ける必要があるわけで、それはまさに余剰を作り出す、だからひび割れってきたけど余剰を生み出すっていうこの内部に余剰を生み出すということでもあるわけです。でそれをやめてしまえば思想は終わるわけです。思想の終焉になるわけです。言語の終焉になるわけです。もしかすると世界の終焉かもしれないし、そういうギリギリのある種の断崖絶壁みたいなところに立たされたっていう面も僕は80年代の吉本さんにあったんじゃないかということですね。それはこの間山本さんが単位やること自体が嫌なんだよと言いましたよね。大学にいる時にね、それだけなんだとか言ってて、そのことと通じますか？今のそのつまり、90年80年からこう結構みんないいってさ、その岩っていうかその疎外的なものをほとんど見えなくなってきた中で、でも嫌なんだよとかおっしゃってたらそれだけだよとか言って、それに通じますか？そうじゃなくて、それは制度的規定性がもたらす次元の話なんですよ。ね、でその制度的な規制あるいは規定がもたらしている次元をほとんどの人が見なくなってきてる。そういうことで見なくなってるところにそこにいわゆる自由も自己技術もありはしませんよってことなんです。だから別な言い方すると、その若い学者がなんかが山本に言ってること聞くと窮屈で息苦しくなるって言い方をしてるんだけど、もうそれは自らが自らを処置する方法を持ってないってことを意味してるわけだ
だけど自らが自らを処置する方法なんてそんな難しい話じゃない。でそれができなかった。今の話っていうのはやっぱり矛盾の中に踏みとまって考えるっていうことと違いますか？それを矛盾ってみなすとですね、僕からすると弁証法的思考形態のロジックに入っちゃってるんですよ。で僕の言い方はね、むしろ相反性なの。相反するものを片一方を取らない、両方を引き受ける。そうするとそこにおけるズレだとか葛藤とか対立が起きてくるじゃないですか。その対立や葛藤を一元的に処理しようとするのが弁証法的理性。だけどその相反性の中でのズレの中で自己技術をどう組み立てていくかっていうのが権力的パワー関係の闘争なんですよ、自分自身に向けたら。だからそれがいわゆるさっき言った吉本さんのあれで内省的なその自己を磨く事実になり得る、これを若い連中らは放棄しちゃってる、僕からすると。それから若い学者も放棄してる。それで文献解釈やってる。だから今山本さんが言ったことをね、ある意味で一番模範的にやったのが僕はある意味では80年の吉本さんだと、さっき言ったようにね、消費社会の現実、サブカルチャーの現実、そういうものがあるわけじゃないですか。で古いマルクス主義者は全面的にそんなの嫌だよみたいな話をボーンと見ないっていうふうになるわけでしょ。じゃなければもう消費社会万歳でね、それ全面受け入れて肯定、全面肯定か全面否定かっていう二元論みたいなのしかない中で、吉本さんはそうじゃない、まさにその魅力と批判とその両方まさに相反するその2つの立場を決してどちらか一方に還元することなくね、やっぱり維持し続けたっていうところに、僕はやっぱ80年の吉本さんのね議論、例えばある程度重層的な非欠点、マスイメージ論、それからハイイメージ論、みんなそこのところにやっぱり吉本さんの議論で、それは何度も言うようにこういう形で見ることの中にしか最終的にね、吉本さんが幻想論に込めようとしたモチーフというものの最終的な根拠っていうのはもはや見出し得ない。ある意味では追い込まれてるっていうふうにも言えるのかもしれないけど、同時にしかしそれは逆に言えば吉本さんの思想的な可能性というものがね、一気に広がったっていうことでも僕はあるような気がするからね。そういう言い方するとさ、ここでその反の論理を取ると、自分が存在的実感を持てるような錯覚に入るんですよ。そうなんだよね。そうね。いや反権力だ、俺は、この反原発もそうだけど、ね、だけどその時にそれはそこで存在してるというふうに偽装されるものは存在してないんだっていう世界をイメージ社会や商品の過剰社会が作っちゃったの。そうだよね。そうね。じゃあそれは存在に対するじゃあその解放であるかっていうと、それは解放じゃないということを、より別な言い方すると我々世代は論理的にも理論的にもキャッチしたんだけど、吉本さん的な世代はそこのところはなかなか理解できなかったね、感覚的にも感性的にも。でもどうもそこに可能性があるんじゃないかって言って葛藤した、それをハニヤみたいな頭のいいやつが茶化したんだよ。だからそのもう僕とつと歩んでる吉本さんはもう対決せざるを得なかった。でこれ谷川さん的に言うとそんなこと分かりきった話じゃないかっていうなんでその吉本そんなことにこだわるんだみたいな話に今度逆になる。谷川がなら無視しちゃうだろうね、絶対ね。だからそこで別な言い方すると、存在が要するにアンチを出すこと、あるいは存在を否定することによって存在を設定するみたいな形でもう存在が存在しえなくなってきた、そういう関係性世界をじゃあ要するにどうしていくか、あるいはそこに関係性界の中でどうしていくかということの自己技術のなんていうのか息をだから僕はもうその後もうそこからもう山本理論になっちゃうんだけど、要するに術後的な領域でしか
カバーできないっていうふうになってきてる。まあだから実語性っていうのは別に言うとすればさっきの言うと多元性っていうことにもつながるわけだよね。主語的論理でいくと一元的になっちゃうわけじゃないですか。論理的な守備一貫性みたいなものに全部を押し込めていくっていう形になるわけだから。だから別に言うとね、西洋の連中はもう主語をロジックで立てざるを得ないんだから、言語構造で。だからもう必死になって主体論を追求していく。だけど日本の側はもう主体論になってとっくに始末しちゃってる。別な言い方すると非常に高度な形で、まあ、始末しちゃってるんですよ。言語と置いてってことですね。いや、マルクス的に誰だっけ、知ったよね、梅本とかそのレベルでももう主体理論としては高度なものです。だけどそれは日本の現実性にとってほとんど無意味なもの。今の山本先生のお話と関係ありますけど、この前アジア映画から世界を見るという催しがありまして、でタイの映画が上映されまして、でまるっきりなんていうか西洋的映画言語というか、日本の映画もそれもろに影響を受けたわけですけど、そういうのないわけでして、森とか川とか別にもう長回しっていうか何十分も回してるっていうのがいいので。ホテルのベランダで男女が会話してるとかそういう映画で、やっぱりそういう世界的な吉本龍明が世界的な思想家とスパークしましたという話はありましたけど、やっぱり今後やっぱりまだまだ向こうからいろいろ入ってくるんですよ、正直では今にも入ってきますけど、そういうのはやっぱりどういうふうにやっぱりなんていうか対応すると変なんですけど、批判的に受け入れればいいもんでしょうかね、やっぱりね。やっぱりアジアはアジアで、欧米は欧米っていう感じで。ちょっと難しい。要するにその伝統的な西洋の論理だと自然っていうのは絶対人間の側から見られるものなわけですよ、必ずね。だから要するに例えば自然を描くとすれば人間っていうものがあって、主体って言ってもいいけれど、主体っていうものがあって、その主体があるいは人間が自然を見ているという、こういう自然、私が見るって言ってもいいかな、私が見るというそのI see っていう、こういう構図で自然っていうのは必ず人間によって見られるものという形でね。でもさっき三上さんの最後の診断の中で自念と自念ってこれですね、まさに自然なの。じゃあ自念って何かっていうと、これおのずからということですね。自然っていうのはそのおのずから自分からそうなるものだと。だからここではその人間が自然を見て、あるいは自然に対して働きかけて何かを実現するというんではなくて、自然自体がそれ自身の内側から何かを生み出すんではなくて、何か向かって生成していく、まさに生成の論理だというふうに言ってもいいかもしれない。そうすると今の長回しの話ね、長回しっていうと、有名なのは溝口健二ですよね。溝口健二はあれもなんだ、お相撲みたいなところがあるけど、ローアングルでカメラを固定してずっと長回しのワンショットが非常に長いっていう、あれはもしかすると映画言語的に言うとまさに実語的なね、つまりこっちの方が見るんではなくてね、むしろカメラを回している人間は向こうの側が見られているっていうね、関係になる。だからすごい伝わってくるんだ、あれ。そう多いの。だからこっちが見ているっていう意識がなくなってくるわけでしょ、ロングショットの中でね。でそこが重要なんだと。つまり人間が見ているんではなくて、人間がむしろ自然の側から見られているっていう、そういうその反転というか相互性というか、そういうものが生まれてくる。でそれはまさにおのずからしかあるだと。だから自然
自然は同時に自然であるという、この自然っていうことの意味っていうのは多分そういうことになるんだろうと思う。そういう映画がすごい日本の映画で多いんだけど、結構この10年ぐらい。彼のあれもそうですよ、岩井なんだっけ、岩井俊二の。彼の映画ってものすごいアジアで人気あるのね。そう洋画監督が出てた。韓国とか中国とかものすごいなんかカリスマ的な人気で、なんか日本の国内よりもっとすごいんですよね。学生にゼミで報告した学生に教えてもらったんだけど、特に岩井俊二の人気っていうのはすごいと。でそれはどこがすごいのかってやっぱり画面の作り方だというね、空気映画みたいな、そうそう空気だって要するに岩井の映画が描いているのは対象そのもの、客観的な対象そのものではなくて、その場そのものである、雰囲気であると空気であると、それを描いているっていうね。それ実語的って言っていいの？いや僕見てないから知らない微妙に多分違うと思うんだけど、少なくとも今回やった高畑のかぐや姫、あれは実語的ですよ。そうだね。だけどわかるわかる。あの映画を作る元になった木を植える人、実はカナダ人の側がそれをむしろキャッチしてた。それで要するに像にしても輪郭もないし、空白がたくさんあるし、それを高畑はアニメーションの究極だというふうに感じてて、そして今回かぐや姫で完全に実語的な映像表現をアニメーションの中で確立した。でそれは別な言い方すると宮崎を超えたんだと思うんですよ。ついに高畑さんね。だからそういうふうに見ていくときに実語性っていうのはものすごく大事なんだけど、輪郭を塗って色を塗るんじゃないんです。だから色というものを逆に言うとなくしていくということが、それから輪郭をなくしていくというような形で表出されるようなものなんですよ。でこの技術は実は着物を作る技術だとか織りの技術や染めの技術の中でも日本の歴史の中でダーッと流れてるわけ。色をこう混ぜてこう重ねてなってる。曖昧なもの。それでその時に別なすごくまた乱暴な言い方しますけど、僕も含めて今みんなこの洋服着てる。これを着てる限り実語性なんて絶対に出会えない。もう完全に西洋的、死語的、主体的、要するに身体意識から身体行動にもう無意識にそうなっちゃってる。着物着ると実語的な感覚するかい？全然違う。本当に違うから。でこれはね、もうどうしようもないっていうよりも逆に言えば着物着らいろんなことがなんていうの解けちゃうっていう、逆に言うとそのぐらい簡単な話であるってことになっちゃう。だからどうしてかっていうとね、例えばここで原発がダメだ、それから分散型エネルギーの方がいい、原発がなくてそれから分散エネルギーの方が動けるんだらばいいなってことはもう99% の人間はそんなこと分かってる、ね、だけどしょうがないんだとか、今は仕方がないんだとか、電気は必要なんだとかっていう形でかぶさってくるような、そういうその働きかけは僕の言い方ですと幻想技術が切り開かれてないからそうなっちゃう。それもうちょっと分かりやすい言い方すると日本人が神を失ってるからもうそうなっちゃう。日本人が要するに着物を失ってるからそうなっちゃう。でさらに言えることは日本人が自分の話してる言語ランガージュに対して自覚を全く持ってない、ね、これ言語学者や国文学者でさえ日本は主語が欠落してるとか受け身系であるとかそんなバカなこと言ってんだから、もうこれはっきり言うけどこれ全部東大の教授だよ、本当に東大の教授らふざけてんだけども、嘘800の学問体系作ってるわけあいつら。ね、でそれがやっぱり最高学府だとかね、そんなこと言ってるようなね状態だからもう僕から言ってダメなんですよ。だから窓際のトップちゃんが大事なんだって吉本さん言ってる。だからそういうところをやっぱりね
なんかそんなに僕ね難しいことだと思えないんだよね。映画の実感はわかるけど着物着ると気分が変わるっていうのはわかんない。これねもう分かんなくなっちゃった。わかんねえ。分かんなくなっちゃった。この前ちょっとそれ古武術の雑誌ちょっと見たんですけど、やっぱり河野伝吉とか、それから昔の日本の剣術とか戦前の、それから中国武術とか、やっぱりナンバー歩きみたいなのが強調されてまして、で日本の江戸時代の頃はやっぱり農民漁民は仕事を通じて普通にナンバー歩きしたみたいなことが民族舞踊家が書いてまして、で民族舞踊もやっぱりちょっと腰を低くしてナンバー歩きするということがありまして、やっぱりそういうこととやっぱり親鸞のその自然の中にまあなんていうか規制なところに入るっていうか、そういうところにちょっと関係ありますかね。いやナンパっていうのは単純で田植えの行動形態だから、そういう百姓が耕すというね、百姓の耕しの身体行動はナンパ形態なんですよ。それが舞踊化されて、要するに盆踊りだって両手両足をこう出すし、歌舞伎も両手両足でやるしね。でこれを別な言い方すると、近代明治政府は全部これを三拍子文化と、それから右手と左手を交互に歩けっていう形で行進形態から音楽リズム形態から全部切り替えた。ああ、そうですね。だからじゃあそれによってじゃあ日本人がそれを完全に失ったかっていうと失われてないでしょ、100何年経ったって。で着物を着ればもうおのずとナンバー方向なんですよ。こうやって右と右で出してるの？いや出してないけどもナンバー方向的な行動形態になっちゃう。こんなことで歩いてたら着物バラバラになっちゃう。要するに身体図式が変わるわけ。わかるけどさ、そう簡単に言われたってわかんない。いやだから着てみりゃいいんだよ。本当にそう簡単なことなんですよ。別にそんな着物とかね、例えば呼吸法だけでもね、僕らは普段ものすごく浅い呼吸を短いインターバルで繰り返してるわけじゃないですか。ちょっと意識的にね、ちょっと意識を変えて深々とね呼吸をするっていう、しかもゆったりとしたリズムで深々と呼吸をするっていうふうにちょっと身体意識変えるだけでも全然違って見えますよ。ついでに言うといや、全然違うってちょっと大げさだったけどプールでね泳ぐ時、我々もうみんなクロールとか平泳ぎとかね、そういう泳ぎ方で泳ぐでしょ。ちょっとのしで泳いでみると全然違うよね。泳いでる感覚っていうのは全然違うんだよ。つまりね、今の山本さんの言い方で言うと、その明治近代以来やっぱり日本人はその身体を死語化するようにずっと規律化されてきた。規律化されるってことは死語化するっていうこと、主体化っていうことだけど、だから我々はもう知らず知らずに死語的身体を刷り込まれてるわけですよ。でもそうじゃないんだよね。死語的な身体だけが身体の在り方ではないわけです。それ自分の意識が自分の身体の主人公であるというような在り方ではなくて、全く逆にね、身体そのものの方がむしろ先にあって、我々はその身体によって動かされているというふうな感覚を持った時には全然違った世界に見えるはずだと。論理思考も崩れてきましたか？論理思考って論理も一つではないから、論理ってのは一つの形しかないっていうのも、これも西洋近代が作り上げた一つの幻想でしかないわけ、錯覚でしかないわけ。僕ね、今の若い学者たちの言説見てると本当にこいつら喪失したなって実感を受けるよ。喪失、論理的にも喪失してるし、日本的文化的にも喪失してるしね、西洋的な論理さえ分かってないしね、だから完全に浮いた議論になってる。でこんなものが大学の中で流通してってね、それが大学の市場の中からそういう認識なり思考行動を持った人間たちはこれから排出していくわけでしょ。もう完全ななんていうのかな、もう全体主義ファッション的現象です。
なんか昔入一が言ってた医療化した身体の成れの果てみたいな、なんか一種の産業廃棄物みたいな言い方だったけども、なんかそういう風になってきたのかなって感じはしますけど、でもじゃあどうしたらいいのかっていうと、なんか壊れるところまで壊れるしかないのか。いやだからその一元的な世界、社会空間的な均質世界は壊れるとこまで壊れればいいけども、今僕が言ってるのは場所のそのに立脚したそこの存在の環境性っていうのはきちんと取り戻していくべきだっていう、そういうことしか言えないですからね。幻想技術ってこれ羅漢から見た吉本みたいなことが書いてあったと思うんですけど、やっぱり羅漢とかがメインになっちゃう感じですか？なんかいやそれじゃなくて羅漢のロジックの中にいわゆる思考し得ないものがその羅漢の言説の中にあるというだけなんです。でもやっぱそこ通らないとわからないって感じになります。理論から思考技術から見せられない、吉本さんの議論をちゃんと理論的なところの次元に引っ張る上でフーコーと羅漢なしにできないですよ。そこのところは難しいところだな。なるほど。よろしいでしょうかね。マス目理論の方法論的な可能性をやってみましょうか。それの問題を定義してみたんですけれども、マス目理論の方法論というのは、後書きで書かれているように、一応無意識っていうものを設定して、それのテキストを表現すると、そういうの構図になっていると思うんですが、実際にその取り扱っているテキストとの関係からいけば、存在しているようなテキストがあって、それから言えば不在の無意識を再構成するという、そういう論理構成になっていると思うんですね。で具体的に言いますと、例えば例で言うと、マスイメージ論の場合、変性論だけに限定すると、テキストの配列はこうですね。まずカフカの変身、次に筒井康隆の脱走と追跡の3番、次が伊藤重里と村上春樹の夢で会いましょう、次が高橋源一郎のさらなるギャングたちっていう攻略の作品なんですね。攻略の作品からいわばその、もう少し丁寧に言うと、この作品というのは要は無意識の現在の無意識の表現としてもいうことなんだけども、実際に存在しているのはテキストですから、この変性論で配列されたテキストの変性を読み込んで、いわば不在の無意識をテキスト解読として定義する、そういう関係になっているんですね。したがって、これはっていうのは、そのマスイメージ論がやっていることは、無意識からテキストが表現された、さまざまなテキストが表現されたということではなくて、テキストを解釈することによって、いわば無意識を作り出していく、再構築していくという意味では作り出していく、そういうその方法的な概念を持っていると思うんですね。そうすると、じゃあこの可能性は一体どういうものになるかということなんですけど、例えば一つの例、フロイトの例を出しますね。フロイトの例の場合、フロイトの精神分析学における方法論というのはこうですよね。まず分析がいて患者がいると、そして精神分析医が患者の語る夢を語るわけですけど、それに語って分析をすると。でその時に分析する時にある種の抵抗があって、患者の側のその患者の側の抵抗というのは無意識という概念で一旦構築すると。でそうした上で現実の治療としては、患者が語る夢を、それを分析医が解釈をする。その解釈することによって患者自身が自らの夢の意義、患者にとっての意義っていうものを自分で理解した上で、そして治療する、自ら治っているというふうな一応はフロイトの精神分析の方法論なんですが、これと関連づけて吉本方法論を考えるとどういうことかというと、吉本の場合はこのテキストを解釈することによって、そして無意識っていうのを再構築するわけですけれども、その場合はこの理論的な効果は何かというと、それはいわば歪んだイデオロギー、つまりテキストにおいてテキストの制作者も含めた現存する無意識においては理解されていない歪んだイデオロギー的状態というのをいわば
テキストを解釈することを定することによって一定の、まあ正常なって比喩ですけどね、一定のイデオ状態に変化する、そういったいわば一種のプロセスの用語を使えば一種の治療的な役割を持っているというふうに読めるんですが、そういう意味で言えばマスイメージ論というのはいわばテキストから想定作り出した無意識の解読によって無意識自身を変えることに言語でルールしている、そういう試みとしていわば極めて能動的な作品として考えるといいと思うんですけど。全然ないよ。だからつまり何かまずね一点フロイトは治療なんかできなかったんだよ、歴史的にも。まずこれが一つ、フロイトは自分の失敗をちゃんと認めてる。それからラガンは治療は絶対にできないってはっきり言ってる、ね、精神分析っていうのは治療することじゃないんですよ。その分析者たら分析者の要するにディスクールを働かせることなの、でそれがさらに大事なことはヒステリー患者であるとかその病的な人間たちのその存在がいわゆる正常人からとって存在ではないんだと言われていることを解き放ってあげるだけよ。ね、でそこのところをちゃんと理解するためには僕がここでやったちゃんとラカンの4つの言説のディスクールの世界をちゃんと踏まえないと無意識や言語を入れた言説の関係性ってつかめないんだよ。いろんなこと僕やってみたけどこれやっぱりラカンが一番優れてる。でそうすると吉間さんがここでやったのは作品というものを取り上げて作品の中でバレされてる主人公だとかいろんな登場者そのバレされてるものがどんな意味作用を働かせてるのかを掴んでるんです、ね、でそのどんな意味作用を働かせるのかを掴むことによってその意味作用からさらに生み出されているものの次元までも問題にしてるわけだけどその時に大事なことは対象は何ら明らかになってない。そこでレスポンスすると方法論的な説明をやったために写生している部分なんですね。そこを少し付け加えるとそのテキストいただきますと編成論で出されているようなさまざまなテキストを解読してそしていわば自分の意識を構築するというその論理構成内部にテキストそれ自体はある特定の作者によって構成されている表紙という表現というプロセスにおいて構成されているといわば表紙とないという構造があるわけですよね。したがってテキストを解読するということは作家の表質および表現の内的な構造を解読するということなんですよね。そういうことに全然解読なんかできてないよ。いやちょっとできてないとは評価の問題だから。いや評価じゃないよ。方法はそういう形になってるんですよ。できないってことを吉本さんこれで一応論証してんじゃない、だからマスイメージ論でやってることはそういったテキストをやってきて全然不可能だ関係性が要するに決まんないぞってことを言ってるんです全部、だからできないんですよ。そういう不可能性の、ね、領域だからラカン的に言うと大体者は何も知らないという領域をこれで明らかにしたね。だからこの答え何にもないの。いやもちろん答えっていうような答えはないがでも吉間さん今までの著作の中では答え出してたよ、そうだね、少なくとも例えば状況論を書いた時にタキシだと何とか扱った時にこういう状況の意味なのに答え出してたよ。でもマスイメージ論出してないよ。答えっていうのはどういう意味で使うかというんだけど一応テキストを解釈することによって要約を言えばテキストを構成する作家の表紙と表現の構造を解釈することによっていわば不在の無意識を構築するというその構築したものがこれ回答でしょう。だから吉本さんは困難さに突入したんだよ。これが1980年の吉本さん。まあハイイメージ論は答えがまだ書こうとしてる。いや答えにはハイイメージ論は対象がはっきりしてる。対象がはっきりしてる。 A がはっきりしてる。これはっきりしてない。14日。まあそういう意味ではやっぱりマスイメージ論って非常に難しい本だと思うね、だってだろうとかさ、全部そこで終わってるじゃない。こういうふうになるだろうとかさ、
全部保留したよ。つまりさ今日の話全体とのつながるわけだけどね、やっぱりマスイメージ論という本の中に我々が読むべきものっていうのはね、僕はもう今日言ったことのある意味では繰り返しになるけれども、吉本さん自身が自分自身の、ある種のね方法論、今の木橋さんの言い方で吉本さん自身が自分が維持してきた方法論がね通用しない状況に直面したことをね最初にこうドキュメントしたテクストっていうふうに言えるんじゃないんだろうか。山本さんのね言い方で言えば吉本さんあるところで言ってるよね、とにかく丁寧にねテキストっていうのは100編でも200編でも丁寧に読んでいけば必ず一つの答えに到達しますと、読み方に到達すると、それは正しい読み方なんだと、そういう考え方だから吉本さんの文芸批評文学批評っていうのは基本的にはそういう姿勢でもって貫かれてた。だからそのことが例えば構造主義とかそういうふうな読み方多義性というふうな読み方に対する吉本さんの批判の根拠にもなってたわけだけど、マスイメージ論から始まるねマスイメージ僕自身はそのさっき言ったように実は70年代の古典論からねもうそのあれは始まってると思うんだけどある一義的な意味の世界っていうかね、あるいは解釈の世界って言ってもいいかな、そういうものが維持しえないっていう時代認識って言ったらいいかな、状況認識というのがはっきりと出てきた最初の証言っていうかねドキュメントがこのマスイメージ論なんじゃないかなっていう気がするんでね。だから別の言い方するとね、吉本さん答え出せば出せるんだよ、こうだっつって、だけどそれを全部自分で保留してる。禁欲してるね、だから一つの解釈へ至るっていうねそういう吉本さんの従来の方法論に対する禁欲意識に基づいた形でこの本は書かれてるんじゃないのかな。だからねある種の解釈の結果作品解釈の結果というふうにこのテクストを読むことは僕もやっぱりできないんじゃないかと思う。じゃあ何がね読まれているのかっていうのは作品そのものじゃないんだと思う。なんて言ったらいいんだろうな。さっきイメージとかね像っていうふうに言ったけれども作品そのもののこうコアなね部分が読まれてるんではなくってこの作品を取り巻いてるなんて言ったか空気ってのも変だけど何かこうアトモスフェールみたいなもの、むしろふわふわね流動しながらこう揺れ動いている。だからここに出てくる作品はそれ自体作品としては完結してないんじゃないの。完結してれば解釈の対象になりうるわけでしょ。でも僕はここで取り上げられている作品っていうのは少なくとも吉本さんの読み方の対象になっている限りにおいてはね一つの完結した作品とは言えない、あるいは完結した作品として扱われていないっていうふうに思うんだよね。かなり同意するんですけど、その上でいくつか吟味しなきゃいけない点があると思うんですね。それはまず一つは確かにですね高さんに言われているように同意している部分なんですが一応方法論としては無意識があるテキストを表現すると。それ無意識って何？そこからしてないよ。その無意識って何？無意識って何だろう。いやもちろんそれは明確な概念こそ取れないですよ。しかしここで一応あらかじめ差し当って想定している無意識っていうものはね。だから僕今さっき言ったじゃない、その無意識的な上昇って何なの？いやだからそれは無意識が上昇するなんて何それ？それはそうなんだけど一応無意識っていう用語を想定した上でそれが無意識の表現としてテキストを考えると。その場合もテキストを考える場合もいわば個々の制作品というもので想定するという言い方をしてる。でその時にですね出てくる問題はいくつか問題どういう問題かというと、まずカフカの変身というのは1912年から15年に出されているもので、ところが高橋源一郎の「ツアーナギャングたち」っていうのは1981年なんですよ。そうすると約70年間の幅があるわけ。そうするとねこの70年間の幅っていうものをいわばある一定の無意識の表紙としてね捉えるというある方法的な前提があるんですよ。そうしない限りこの方法は使えない。そうじゃない。恣意性を正当化しようとしたときにその時間の幅が高まれば高まるほど恣意性の正当化が強まるだけの話だよ。そしたら
そしたらそれはだから要するに古代まで吉本さん行くんですよ。だからちょっとそこに行く前にだからそんなのは客観的な真実性とか対称性の問題じゃないよ。そんなの客観的な真実性って私は言ったわけじゃない。それは違うんだけど、今方法の内な構造を分析して、そこで起きるいわば帰結を今、吟味してるっていうところだけなんですけど。だから別な言い方また乱暴な言い方なんだけど、僕はマスイメージ論全然評価できないんですよ。ハイメージ論がね評価する。ハイメージ論のなぜかというと、ここで別な言い方、ここでこれだけ葛藤したから出来開けたんだよ。あ、そうだね。いやまあそうだからここに何にもないの。いや私はそうだけどない。いやだからまさに対象が何もないように自分も何もないっていうところへ必死になって近づいてるのこれ。ハイメージ論の対象っていうのはその状況楽とか物とかと関係あることですか？いやもういろんな個別の領域の中で本質的な問題が出てきてる。ハイメージ論は。そのイメージがそのイメージっていう捉え方自体がその例えば状況楽とか物とかに関係してるとかそういうことではないですか？いや楽観的に関係できればそういうふうに言えますけども、いやもうちょっと吉本さん独自の領域の世界が開けて。それはですか、経済学批判要項の穴を埋めるものでもないですか？逆に言うと。それとはちょっと次元全然違うんだよね。マスイメージ論が出る直前だと思うんですけど、空虚としての次第という事情その問題ですよ。それだとそれまでのその空虚っていうことね。そうだからマスイメージ論の中で本質的に主題になったのは空虚ってことなんじゃないですかね。僕もそう思うな。意味がないって意味が確定していくっていうことも要するに空虚としての主題っていう問題に多分つながるんだと。だから吉本さんは本音のところでやっぱり一人の文学者としてはずっしりとね中身の詰まった作品っていうのを欲してると思うのよ。でもマスイメージ論に出てくる世界っていうのはそういうそのもうずっしりと中身が濃密に詰まった作品というのはもう我々の状況では不可能になってるっていうことを逆にこのテキストの中ではね探り当てようとしてる。だからまさに空虚何もない空虚しかないという状況の周りをぐるぐるへめぐってると。だからここに出てくる作品がその完結した作品にはなり得ないっていうのもそういう意味だと思うね。ちょっとよろしいですかね。これ山本さんとちょうど言わせていただいて、この中で我々も資本主義のイメージと現実の資本主義との間にズレがあるんじゃないかという思いが自分の中でどんどん蓄積されてきて、なんとかそれをはっきりさせたいと思ったことがマスイメージ論を書き始めたという動機であるということと、それからそのちょっと後の方で、これはおかしい、どうも時代が違ってきたぞという考え方が僕の中で蓄積していって、少し意識的に現在の大衆文化芸どうなっているかを考察してみようと思って、それでマスイメージ論をやる。でちょっと久しぶりにまた僕も読んだんですけど、やっぱものすごいなんていうかこの悪戦苦闘というかすごい、結果的なものであれは出てないでしょうけど、先ほどおっしゃったようにハイメージ論に向かうためには絶対必要なこの力技がなければとてもじゃないけどハイメージ論もできなかったんじゃないかって気がするんですけど、僕ちょっと共同変数論もいつも思ってるんですけど、概念の言葉がありますよね。要するに変性論とか、これは吉本さんは全部書き終わった後にこの言葉作ってるんですかね。いや最初のディレクションだと思いますけどね。ディレクションなんですかね。思考していくときの。それもでも当然これだけ自分で方向が分からなくて手探りでやってるから一つのなんかこうイメージがあるんですかね。それでも変性っていう概念が重要だっていうあれから取っかかりに入っていくみたいな感じでしょうか。でやってるうちに多分修正するんだと思うんですよ。最初変形論か変化論かなんかでやってるうちこれやっぱり生成してる変性っていう言葉に変えるんだとか。ちょっともしかしたらこれ科学やってらっしゃったからなんか宿語とか見てると科学も関係あるかなと思っていろいろ考えたんで、誰かに言うと一番山本さんとか高橋さん一緒にいらっしゃったからそこら辺のとこ聞かれたかなと思ってちょっと思った。聞いてない。それは聞いてないね。いやだから共同幻想論も言葉がですね
やっぱ同じような感じじゃないかって気がするんですよね、付け方が。とかね。でその牽制論の入り方と金星論の入り方がちょっと一番最初に出てくるのちょっと似た感じが、なんでこれが出るんだっていうイメージ、同じような感じもちょっと。よく作語ってなんか化学の言葉使ってますよね。作語はね、作語はあれ化学の言葉ですな。積出っていう言葉もありますかね。あとパライメージ論のベンゼンの和のやつ、それなんていうベンゼンのあるじゃないですか、化学の記号、パラとかオルトとかメタって、あれベンゼンの記号で使ってなんか。僕がですからその対談してた時に担当の編集者が谷川寛さんの弟さんの吉田さんですけどね、そこで吉本さんがその山本君たちはなんかスーッといっちゃうんだよなみたいなね、いけちゃうんだよなみたいなと我々の世代は若いやつら、でだから何かねすごいこう引っかかってるんですよ。そうね。昔の我々の上の世代の人、だからその引っかかりみたいなものが今このマスメディアにも書いてあるけど、自分の詩の表現でも引っかかんなくなっちゃった。でそして現実を見てみると引っかかるようなものがどこにもどうもない。じゃあその世界ってどうなってるんだろうっていうことで、はっきり言って詩的に作品を選んできて、その詩性の中で、その絶望でも救済でもない存在もないようなところで一体何が起きてるのかっていうことの視点抜刀をやったのが、まあね、だからそれはそれぞれの作者がそのことを意識しないで書いてるっていう意味で言えばね、木場さんさっき言った無意識っていう言葉が使える部分もあるわけなんだけどね、ただその無意識っていうのはなんていうか実体的なもんっていうよりはさっき言ったように空虚なんだよね。その空白みたいなもんなんだと思うんだね。どっちかって言えば空港が確か意味を要する意味をなんか本を読むときに意味という概念で見ていかないじゃないですか。意味っていうかそのなんですか、筋を追うとかですね、あの方法にもちょっと似てますよね。要するに作者の思った通り書いてるんじゃなくて、全くそういう読まずにその全く違う4次元視点じゃないですけど、そういう形で現在をちょっとなんかハイメルに行く手前のちょっと違う視点から見てるようなところを感じるんですけどね。なんかどう見ていいかわかんない、3次元でも見てないし。ただやっぱり驚くべきなのはこれ吉本さんだけだと思うね。こういう時代の変化にね反応したそれ以前からねずっと仕事をしていつつ、この時代の変化っていうものに反応した思想家っていうのはやっぱり吉本さんだけなんじゃないかなって。例えばね、典型的なケースとして、いい悪いは別にして藤田正造なんかね、藤田正造の例えばなんだろう、なんだっけあれは今タイトルを一瞬彼の一番最後に近い著作に続かれてたのなんだっけな、全体主義。ああそう全体主義の時代経験だっけ。あれなんか読むとね、やっぱりそのいい悪いは別にして高度消費社会へ向かう流れをその安楽の全体主義っていう形で一発でバサッと切るわけでしょ。でその切り方それ自体にはね非常に鋭いものもあるし学ぶものもいっぱいあるんだけれども、ただ時代の共感はないよね。藤田さんのサブカルチャーを扱ったってことが問題視されたとかいう話がありましたよね。それですごく反感を食らったっていう話でしたよね。今のところってこの一番後書きに若干書いてますよね。この制作のこの作者と矛盾する小説とみなされるというところなので、だから作者の書いた通り全然読んでないと。要するに考えてみればそれだってすごいことなのでね。その吉本さんのそれまでのさっきの解釈で言えばね、言われてることの背後にやっぱり作者の精神があるっていうそういうことがストレートに結びついてるはずだっていう前提のもとに彼の文学論というのが書かれてた。そのこと自体、いわば彼の吉本さんの文学論のある意味では根幹に関わる方法に対しても彼は見直しをしてるわけですよね。これはやっぱり大変なことだと思うんですよ。それが解けなくなったっていう実感があったそうだと思う。大半の人はその過去に持ってる枠組みで切るわけでしょ。こんなのはけしからんみたいな形で切るわけでしょ。
それは加藤周一だってね、誰だってみんな基本的にはそうだったと、僕は思う。別にちょっと言い方するとね、高橋源一郎の読んでこんなの文学じゃねえよっていうのを僕は吉村さん片っぽあると思ってる、絶対思ってたと思う。自分は絶対思ってる。でもそれをやっちゃダメなんだと。そうそう。もうそれをやっちゃったらもう今の時代にもう対応できないんだ。じゃあこれをどう評価してどういうふうにしていったらいいのかっていうことで全面的に自分を向こう側へガーッと持ってったんだと思う。ただ高橋自身はなんか僕よく知らないですけど、吉本さんに褒めてもらおうと思って書いて褒めてもらったんだっていうそれは自己になるし吉本さんが吉本さんに褒めてもらおうと思ってなんかあれを書いたんだって本当はどうか知らないですけど、だからそうするとさ、今例えば携帯のね言葉ってあるでしょ、絵文字が。それでパッと見るとこんなのはもう言葉じゃねえ、日本語になってない、構文もなってないと一方で思うけれど、でそっちの方がこれからの日本語だよねというふうに山本さんも思う。なんだよだからやっぱり吉本さんのやったことはすごいことであることは間違いない。そういう時代への付き方っていうのが、でもさっきの方法の話でアメリカ人の直後で時々来日してカメラ持って面白いものをこう映したのが暴走族の若者が一番面白いってことで、で東京の10代の若者にすごい人気があって、あの人はやっぱり暴走族のパラソンが面白い。それで彫刻のバッグに使ったらしいとかってね、なんだか分からなくしたようなあれなんですね。あれですね。いやね、でも本当にそんなに知ってるわけじゃないけれども、おそらく世界の都会の中でね、東京ほど混沌としてて多層的でなんだかわけが分かんなくてね、そんな都会ないですよ。パリなんてある意味じゃ古代都市だし、ね、ローマとかね、パリなんて本当に古代都市がそのまま現在つながってるような町だしね。何年も何十年もなってうちに直してってもんね。何百万年のうち使ってるってもんね。東京なんて3年来ないと絶対分かんないもんな。もう全然分かんないよね。3年なんて言ったらもう古代と変わりないよね。3年前の東京なんてもう3000年前と変わらないみたいなさ、こんな町っていうのはないだろうと思う。でそういう意味では多分外国から来れば東京って町は本当に面白いんだろうと思う。こんな町本当にないですよ。強いて比べられれば上海ぐらいじゃない。ニューヨークも違うし。それはそれだけ変化が激しい、早いってことですか。それとも感覚が若い人の感覚が展開しやすい。しかしね、すごく単純なので規模。東京みたいにこの面積の広い都市ってない。だってね、例えばね、オーストリアのウィーンなんて町ね、人口180万だけど、端から町の大体都心の端から端までだったら30分あればね、着いちゃう。30分は十分着きますよ。パリだってせいぜい1時間ぐらいじゃないかな。こんなね、東京の端から端まで歩いたら1日あっても1日歩いてもつかない。その大きさが多様性を作ってる。すぐ作ってるのなんてね、横へとね、つまりまあこれ単純な比喩だから割り引いて考えてほしいんだけど、ヨーロッパの都市っていうのは垂直だと思う。こういうふうに作られてる。東京ってのは横へぶわーっと水平に広がっていった街だと思う。どんどん都市化が野放図にね、周辺広がっていったっていうね。30年くらい前、何年前、もう30年ってことはないから70年くらいかな、70年80年ぐらいまでは豊島郡池袋村だったわけでしょ。北豊島郡。そう、江戸じゃない。郡だったの、郡部だったのね。昭和の初めぐらいまでは池袋のあたりにまだ郡部だった、ね。でも山本さんはそんなでっかくと変化があったってダメだと思ってるんでしょ。東京のさっさと
いや別の言い方するとこれほど歴史をぶち壊したそれは確かに破壊はものすごいって最も破壊されてるってことなんです皇居の姿になってるぐらい。いやだけど新しいのがどんどん出てきてる中に吉本さんは見ようとしたわけでしょ。でもだからそれはもうそうしたけども結論はやっぱりダメだってことです。ダメだっていう部分を俺は考えるぞというだって最初からそんなことダメってしかし吉本さん個人はね、吉本さん個人はやっぱり駒込吉祥寺にね、で駒込吉祥寺の前が千駄木でしょ、千駄木の前が田端でしょ、絶対あの辺から出ないんだから、でそれは現実の東京なんて全然認めてない証拠じゃないですか。お友達だね。いやゆうべ見た映画でね、フェールフェイスフェールセーフか、ジョージ・クルーニーが制作で作った新しい映画ね。それで2000年ぐらいだった。これで単純なんですよ。だからコンピューターが僕ちょっとなんかちょっと誤作動して、それでモスクワ攻撃に行くわけですよ。でそのモスクワ攻撃に行くことのが要するにアメリカ政府としては意図じゃないんだということの保証として、もしモスクワに起こったらばアメリカ側は自分の大統領の責任でニューヨークに核を落とすと。ね、それで結果やっぱり防げなくてモスクワが要するに原爆が落ちて同時にニューヨークに原爆を落とすんです。これで映画終わるのね。要するにこれはもう救済もない。だけどそれを要するにアメリカのあれだってニューヨークを爆破しないと人類としてもっと滅亡状態に入る。だからニューヨークのところで止めておこうっていう絶望でもない。っていうところで止まるってこういう状態のイメージの世界を吉本さんのマスイメージ論がやってる。だけどイメージ論ではそんなことはもう誰でもやってる簡単にある意味で作っちゃった話です。まあそうですね、漫画とかアニメの世界なんか言えばね、そういうのいくらでもね、もう凄まじい勢いでその世界って広がってるわけだ。ちょっと一個だけ最初の頃の話なんですけれど、プラスチックって日常プラスチックですよね、日常で。それでその時に高橋さんがなんかちらっと根拠地っていうなんか言いましたよね。で根拠地ってそれをあちこちでそういうのを作って、それが世の中をあれしていくっていうようなイメージがあって、そういうのをずっと思い出したんだけれど、つまり僕なんかの中だとそういう根拠地じゃなくてそういう一つの共同体の集団の中でその中でこそそのプラスチックっていう一つの関係性を変えていくことでプラスチックを、変化させていくことができるんじゃないかという、僕はプラスチックなんて言葉は知らなかったけれど思ったんだけれど、そういう風な辺はどう思われます？それを根拠地のイメージと僕思ったんだけど。プラスチックの定義概念で重要なのは2つあって、だからディスポジションとディスプレイスメントなんですよ。でディスポジションというのはこの配置替え。だから今例えば僕と純ちゃんがここからこう喋ってる。これ例えば純ちゃんがあそこに座ってやったとする。これ関係性全然変わっちゃう。これがディスポジション。でこれをまた役者たちは成功というような性質が向かうという成功という形で全部訳すわけ。だからブルデューの本もフーコの本もわけわかんなくなる。単純に配置がいいですよね。ディスポジションは本当にそうだよね。だってディスのポジション。辞書でやっちゃうからそうなっちゃう。で結果として成功性が出るだけなんです。でもう一つはデプラスマン、ディスプレイスメント。プレイスメントで場所に置かれる状態をディスする。だからそれをひっくり返す。で例えばこの局面で言うと、例えばこういうテーブルをなくしちゃうとか。みんなでこう要するにここで座ってやるとか、あるいはもう別な場所で外行ってやろうとかね、これディスプレイスメント。たかだかこれだけの話。たかだかそれだけの話。
それによって人間の諸関係や関係するプラスチックの世界って変わりうるんですよ。そうだよね。変わりうるの。何もこれを目的主的に変革しようってなんて大胆にやらなくても大丈夫。だけどここでね選挙で勝とうとか、あるいはこの原発を叩き潰すことかっていうふうにやった時は目的意識的行動を取らないとそれはできない。でそのプラスチックと目的意識のプラスチックとの関係を上手に作り上げていくときにそれを両方規制している概念コードの、組み替えをやんなきゃいけない。例えばさっき今のここの位置が変わると関係が変わるし、そうすると発想も変わるでしょうっていうのはすごくよくわかるんだけど、その概念構造って絡めるとどういう？それはもうちょっと別な言い方をすると、そのパウロ・フレーレがやったように、要するに文字なら文字、要するにファビューバビブブダリリロ、だからファベラという要するにスラムっていう現実は、その文字の読み書きができない農民たちにとって変革不可能だというコードが入ってるわけね。それに対してファーベラっていうのをやって、ファはファフィフエボ、バはバビビベボ、ラはラリルレロってことで分節化すると、現実っていうのはいじくれるんだって、操作できるんだってことは農民の頭に入るんです。ね、そしてそのファベラからベラとかファラとかっていう言葉を組み立てていくわけ。そうするとその言葉によって新しい現実を作れるんだ。ね、6週間で文字の読み書きできない人間が革命変革可能だという意識行動形態にストーンとかある。でこれはもう実際にパウロ・フレイやって人口の半分ぐらいそうになっちゃった。それで慌てて軍部政府のクーデターで暴力的に抑え込むんです。それは抑圧者の曲とかって書いてあるんですか？そうです、パウロ・フレイ。それはですからセクシュアルハラスメントという言葉がパッと出ることによって、その今までなんかこうぐじぐじ見えにくかったものがパッと見えたっていう実感があるんですが、その男と女のその、嫌がらせ的なことっていうのはずっとあったんだけど、やっぱそれはおかしいんだっていうのが一つの言葉によって見えたみたいなところがあるんだけど、それに近いとしていい。いや別な言い方すれば、僕の言ってる非分離述合性場所っていう概念で常に考えてれば、変わってきますよ、行動形態。具体的だね。だからね、さっきの根拠地云々っていう言い方は、例えば根拠地を作ると。で、あの頃で2つの問題があったんだよね。根拠地作ってもその政治的な実践の構造は変わらんわけですよ。根拠地にバリケード作ってね、そこで武装部隊入れてそこから出撃するんだみたいな話でね。じゃあ何も変わらんわけですよ、基本的な構造。それともう一つは、これは吉本さんが生涯政治的に一番嫌ってたのは構造改革派だったわけですね、公開派というグループ。じゃあなんで公開派嫌ってたかっていうと、基本的にその要するに根拠地というのは個別的な単位で何かを変える。例えば東京で都知事選でこれ一つ取ると。で横浜も取りましょう、川崎も取りましょうって。それを積み重ねていくと日本全体の構造が変わりますよと。あの時代だとこういう議論をしたのは典型的にはハニ五郎だったわけですね。でもこういう発想は一番トンマな発想だっていうふうに吉本さんは考えてたわけですね。そんなの算術的に合わせてて絶対全体が変わるわけではない。今でも覚えてるけど、羽五郎がここに来て東大に赤旗たち、東京都庁に東京の方々たちが来て大阪にも変わる嘘つけこの野郎って。でもちょっといいかなとか思ったね。いないよ、それはこのあるにただそれよりも今山本さんが言ったような意味で、そういう場それぞれの場でね、まさにプラクティックを変えていくようなそれはずっと伝播していくとこれは変わる可能性あるわけでね、僕もなんかでこれの中も書いたかもしれないけれども、例えば東京都庁に革新都知事がね出るよりも、あの時代で言えばね、やっぱり由井中之進さんが首相官邸前で焼身自殺したことの方がはるかにインパクト大きいわけですよ、政治的行動としてはね。我々の言い方で擬化化して言うと、
反旗派が丸太を持って防衛庁に突入してるよりも我々はバリケードの中で麻雀してた方が有効性がある、そうですね。まあそういうふうに言ってもいいかもしれないね。有効性しかしね、それはさっきの日和見のさ、口実だっていうふうにも言えるわな。なんで有効なわけ？別に変えるプラティックを変える。変えるっていう意味。麻雀屋で麻雀をしない、下宿屋で麻雀をしない、バリケードの中で麻雀をする。入るまでちょっとね。ぶん殴られたけど。そりゃそうだ。そりゃそうだ。新鮮なバリケード、なんと心得たろうっつってぶん殴られた。そんなやついたんだ。中華料で。今のところ関連して要するにそういう形で、場所共同幻想というのが実語的な形である意味で共同幻想、通幻想、個人幻想、どっちかというとその個人幻想の方のところの方を要するに、共同幻想に一応権力としたら反権力という形の革命で全然そんなのじゃ何も意味ないんで、そんなやり方はもう時代的にもう間違えてるということで、今その形がある意味で言ったら革命的な形のその時に当然反権力要するにみんなが嫌がるその共同幻想ってまだ当然あってしょっちゅうちょっかい出したりするわけですよね。こういうものとの関係はもう基本的に考えなくていいよっていう形でいいんですかね。そういうことじゃなくてですね、南相馬で国際会議があった時に名前知れたコメディアンでやってる彼がですね、岡工業の岡工業の彼がね、要するに南相馬の野馬追を取り戻そうね、で野馬追の祭りやってその前期で東電向かって馬を蹴散らそうそれで東電の面前でまさにおのおの方、ね、原発はやめようっていうね、そういうデモンストレーションをやろうって彼は言ったわけで、もし僕が言うやつそれをもしできたら僕それすんごいパワー持つの。でもできないです、やらないです、真面目に。でも函館市長がなんか原発のなんか拒否するっていう話がなんかあったけど、なんか提出するっていうのをなんか名護市の例とかなんか個別にはどんどん染まってくる。函館って大間の原発で事故が起きると一番直線で深刻な影響を受けるのは函館市なのね。だから大間原発の工事再開の差し止め訴訟を函館が起こすというふうに言ってるわけです。でもうすでに新潟の牧町で、原発を作ろうとしたときに住民投票でまず市長が変わって住民投票で原発いらないでね、それで何したかっていうと原発予定地のこの売却のこの土地を牧町が売却しないと、それで原発を作れなくなってだからそういうことです。それは住民のエゴだって言ってた松添さんが土地なんじゃないかって話になって、だから松添なんて社会ズムの典型的なやつで、もう全然政治の背の字も分かってない、猪瀬も政治の背の字分かってないけど松添も政治分かってない、これは我々同世代からするとね、お前ら一体何やってたんだって感じ。今回小泉純一郎はなんか来年の統一地方選をなんか睨んでて、来年統一地方選までになんか県知事選とか首長選がかなりあるらしいんですよ。だからもう国政は選挙ないから地方から今の政権倒そうとしてるんじゃないかっていうふうに。ただそれがさっき言ったようにね、それは多分変えることにはならないであろうというふうに。吉本さんは少なくともそう。でも高橋さんさ、今おのおの方ってねやったらさ、山本さんの聞いてるとなんかすごい世の中変わるよみたいな。いや世の中変わるわけじゃない。いやだけどこの町が何がじゃあ南相馬とそれから東電との関係性は変わる。南相馬の野馬追をキープしている人たちの共同幻想的なものと、それから東電が持っている共同幻想との関係性はもう絶対変わる。第三者の我々には関係ない。と同時に野馬追を維持してきたその場所のね、今頼本さん的に言えば場所共同幻想、その意味も変わるでしょう、おそらく。今まで野馬追を続けてきた
わけだけれども、今そういう形で野馬追をもう一回復活させるというやり方で野馬追を地元の人たちが取り戻すとすると、その時その場所に根ざしたね共同幻想のあり方っていうのは多分野馬追をめぐってね成り立っていた共同幻想の構図っていうのはすっかり変わるんじゃないかな。ここで位置が変わる。そうそうそう。だからやっぱりディスポジションが起きるんだと思う。でも小泉でさえなんかそこで電力自分で賄えばいいんだって言ってるから、脱原発っていう感じで地方を動かしていけばなんかそういうのにリンクするのかなとも思ったんですけどね。まあでも分かんないですよ。それは分かんないけどね。しかし小泉っておさんもよう分からんでしょ。いや一つこれ山本さんに僕一つ聞きたいと思ってたことがあるんだけれども、80年の吉本さんの問題っていうのは、高度化した消費資本主義あるいは消費社会の問題だったわけだけれども、その後にね、冷戦が終焉した後今度は新自由主義が来るわけでしょ。この高度消費社会から新自由主義へっていうね資本主義の流れっていうのをどう歴史的に捉えたらいいのかっていうのははたと僕ね悩んじゃったっていうか分かんなくなっちゃったんで、これ歴史的な逆転っていうか対抗なのかなっていうふうにもう考えたんだけど、でもそれでもちょっと納得できないし、どういうふうにこの高度消費社会の段階一旦到達した後期資本主義がねもう一回90年代に新自由主義へ行ったっていうこのことをねどういうふうに捉えるかっていうのがね僕にとってもう非常にわからないと。フーコーをやってるよ。ああそうか、社会を防衛する。ああそうだね、社会を防衛する中であれはそうか、その問題を使ってるわけですか。生態政治の誕生が自由主義だけが使ったような、そうだね。ああそういえばそうだな。あそうか、あれまだちゃんと読んでなかったな。でもクレジド・フランスの講義ね、消費社会そのもの、高度消費社会っていう経済を動かす論理そのものは、新自由主義でなってとしてもね、それはいやそれがねなんでそうかなっていうと、要するに高度消費社会から新自由主義に至るね、流れともう一つ並行している問題っていうのはこれは経済の問題をもうちょっと広くなるいわゆる管理社会論で、管理社会の反発っていうのがね60年代あって、それが68年の反乱になったわけだけれども、ところがこの管理社会っていうのはもう一つの側面から見ると福祉国家なわけですよ。福祉社会あるいは社会福祉国家で、これが破綻をしたっていうとこれが変容したっていう問題もあるわけでね。つまり福祉国家からその新保守的な暴力性の強い国家へ90年代にほとんどの国が編成替えしていったっていう。だから高度消費社会から新自由主義へっていう流れは同時にその福祉国家から新保守国家へっていうで、しかもそこのところに微妙にね管理社会の変容っていう問題が絡んでると。この辺りの歴史的な流れっていうのをねトータルにどう捉えたらいいのかっていうのはちょっと僕に今この問題多分どっかで吉本さんのね80年の問題にもつながるはずだと思う。80年代以降って言ったらいいかな、むしろ以降の問題、最晩年の吉本さんの思想の問題考えるときに一つ関わる問題じゃないかな。明日東電前で小泉がもしかしたらこれ細川がもたもたしてるから一人で場合によっては宇都宮と一緒にやってもいいみたいなこと言ってるみたいな話があって、そうなってくるとなんかもうなんかしかしそれは一体どういうふうに考える要するになんかあんまり新自由主義と関係ない動いてる感じ、そうだからね日本に新自由主義政策を正面切って導入したのは小泉だけだから、あんま考えてないんじゃないですか。なんか利用されたとかしかし本当に勝手にそういう風になったとか。小泉ってあれ何も考えてないんじゃないかな。本人は何も考えてないと思うんですよ。で、あれずっと詳しく来たの飯島っていうやつがいますよね。今あれ安倍のところにいますよね。そう飯島だって絶対反原発なんていう小泉と一緒にやれるはずないわけですよ。だからもう飯島が離れた時点でバック違うんじゃないですか。福祉国家なんてダメになったからっていうふうに単純に思ったけど、つまりそれじゃ
財政破綻になっちゃって、だいたいいやまあそれはそうでね、うんそのことと高度消費社会を生んだ論理との関係なんですよ。次元が違うっていうのは次元が違うわけだけどね、しかし同時代的に起こった現象としてね、明らかに無関係ではないはずなんだ。高度消費社会と管理社会と福祉国家とね、この3点セットみたいなので動いてた世界っていうのが新保守主義と新自由主義がね結託した極めて暴力的なねその国家装置へと90年代に一斉にまあ冷戦の終焉によって変わって単純に最だけでは、こう経済を動かせなくなったっていうあ話とと単純にオイルショックも抑える人が違うじゃないですかね。いやまあもちろんオイルショックから始まるわけですよ。始まるんだけれども、ただ今この問題は80年代っていうよりもやっぱり90年代の問題になる、90年代以降の問題になる。高橋さんのあれなんですけど、正確な概念標語じゃないのでいろいろね問題が起こるかもしれないんですけど、いわゆる高度成長というのは、資本のグローバリゼーションのいわば一環で、金融資本のより変ですが核金融資本の運動の特定の形態として捉えることができませんか。そういうふうに考えれば、1980年代後期のバブル崩壊というのと、リーマンショックに代表されるようなバブル崩壊というのは類的に考察できて、かつ1990年代のバブル崩壊、日本におけるバブル崩壊っていうのはいわばリーマンショックに代表されるような金融的な政治形態という考えができると思うんですが、それはどうですか。まあちょっともうちょっと考えてみないとあれなんで、これはまあ宿題ということになるかね。まあちょっと山本さんはまあ不幸そうね。聞いてなかった。疲れてて頭まあ疲れてちょっといい加減限界だな。じゃあ一応まあ一応締めくくりしたらどうでしょう。19ですので。ありがとうございました。